ですか。もう1分。いやー、緊張すんな。本当に。うん。暴言吐くしかない。皆さんこんにちは。ドキュメメント 2020Day2 ただいまより開催いたします。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介させていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます高橋紀之です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、昨日に引き続きまして北品川の一流屋台村さんの場所をお借りして、今 YouTube と会場で配信させていただいております。会場の方はですね、人数を制限させていただいておりますが、20人30名ほどのですねご来場者の方がいる状況でございます。こちら屋台形式でお酒とお食事を楽しみながら登壇を皆さんお待ちしている状況でございます。毎年ですねここでオフラインでイベントを行っておりましたが、コロナ影響もありまして今年は初のオンライン開催でございます。オンライン開催ですので本当に全国各地、また世界に向けて発信できる状態でございます。ぜひですね今見ていただいている YouTube の方々ですね、コメント欄に昨日もたくさんコメントいただいてありがとうございます。今日もですね登壇者の方に共感していただいたりだとかしたらぜひとも質問とかもですね受け付けておりますので積極的にコメントの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。まずはですねイベントに先立ちましてドキュメメントの説明を行いたいと思います。ドキュメメントとはどういうイベントなのか、ご説明させていただきます。もともとはテレビの、制作を行っていた制作者たちが現場で見たことを十分に伝えきれてないというジレンマからですねドキュメメントは生まれております。よりダイレクトにドキュメンタリーを届けたいという思いからこのドキュメメントは生まれております。作品で利益を出すことが目的ではなく社会問題の当事者の語り手たちに耳を傾ける、普段この社会ではなかなか居場所がない人たちやアウトサイダーが集まり自由に語れる場所、それがドキュメメントでございます。ドキュメンタリーというと専門的に感じてしまう方もいらっしゃると思いますが、わからないことや気になることがあればいつでもコメント欄や会場の方々も積極的に手を挙げて質問等もしていただけると大変助かります。ぜひ皆様もですね同じことを感じていたり自らのエピソード、私もこういう経験がありますとかもありましたらぜひ積極的にコメントいただけたらと思います。ツイッターと SNS でもですねハッシュタグドキュメメント2020と発信していただけてこのドキュメメントを盛り上げていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。コロナに限らず混沌とした世界で埋もれてしまう声というのが実際に存在いたします。ドキュメメントはそんな声を発信できる場所です。登壇してくださる方だけでなく皆様の声の発信もお待ちしておりますのでコメントよろしくお願いいたします。これから登壇が始まりますが今皆様に演奏は聞こえておりますでしょうか。毎年登壇をですね生演奏で演出してくださっている方々はこのエコスティックの皆様です。 YouTube の皆様もご覧いただけますかね。エコスティックの皆様が演奏して登壇を演出してくださいます。今年もサポートありがとうございます。それでは早速一つ目の登壇に移りたいと思います。一つ目の登壇の紹介をさせていただきます。全国に広がる新型コロナウイルス、政府や自治体が警戒を呼びかけたのはいわゆる夜の街と呼ばれる歓楽街。新宿歌舞伎町でも世間の風当たりが強まり客足は激減。感染対策を徹底しながらも先の見えない苦境と戦っております。そんな歌舞伎町に耳を傾けました。ご覧いただきましょう。歌舞伎町からの SOS。 ある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんねこの域に。人がやっぱ離れていくのが一番俺は心配というか温かみある場所がなくなるのがすごい嫌だなっていうのは思ってて、風俗とか飲み屋とかそういうのって
娯楽じゃん、まあ、娯楽に対して別になくてもいいでしょっていう話気持ちしかないだろうねと思って一応国民じゃんみたいな。学費を稼ぐためにコロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。この店も自分の子供みたい。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。Koskoca Japonya'da bize yer yok. Yer kalmadı bize. この間放置してきた問題があぶり出されてきてるからそれをやらざるを得ない。すごいよね。だから現実がね。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。このまま何もしないままなんか死を待つだけっていうか、そんな風な感じになってしまうとやっぱり嫌なので。いや怒ってるやつ多いでしょ。だってもうむちゃくちゃされたくねえと思ってるから。2020年東京オリンピック目前パンデミック国家緊急権発令愕然とするために降りてこないシードマネー首都東京新宿歌舞伎町今くたばるなんて冗談じゃね焦りと怒りと絶望というか、金も回んないしどうしようもなくなっちゃって、死んだ方が楽なのかな。いやこんなことあっちゃいけないよなと思って。何か信じたいっていうより良い社会が出てくるとは思わない。子供たちに対する申し訳なさ、終わりかなと思ってさ。Yeah ドキュメント Day 2俺から送るぜ@POLO Yeah セッション on the microphone 2020年東京オリンピック目前パンデミック国家緊急権発令愕然とするために降りてこないシードマネー首都東京新宿歌舞伎町コロナでくたばるなんて冗談じゃねえ。理性が本能に調和が独占に知性が感情に博愛が増悪に H が無知に負けてしまう時代に人も死すれば骨刻む8小節のポエムまだ生きてる People is talk 味覚も嗅覚も感じねえ政権にはファック一喜一憂焦りは禁物手にするリソースレノンウォールにメッセージを貼り付け街はすでに音が眠り静けさを増し怪しい人影もねえが前は空車のタクシーまず出かけようが一人歩き日銭稼ぎかける命どこに消えたネズミ税金神頼みなんて無意味不義理不意に無知がゆえに焦り出した小池都知事明日は我が身だとしても自粛しない昭恵夫人アスピリン飲みが頼み味がしなくなると終わり生物兵器また犠牲になる庶民ゲームオーバー終わりそうなダイバーシティゲームオーバー今日の感染源はどこだゲームオーバーどこの誰がジョーカーゲームオーバ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 ー終わりそうなダイバーシティゲームオーバー今日の感染源はどこだゲームオーバーどこの誰がジョーカーゲームオーバーゲームオーバーゲームオーバー群がる消毒液消えたトイレ紙マスク2枚しのいだら消えた税金一般家庭に1人10万配って何も養えねえそんな日本に誰がしたそんな日本になぜなった国会ではおっさんたちが居眠りして中継そんなんで国のことが分かんないよ老害バレ出して二世議員がぶり出して金だけもらって結局何もできねえファックザバビロンシステムゲームオーバー終わりそうなダイバーシティゲームオーバー今日の感染源はどこだゲームオーバーどこの誰がコロナゲームオーバー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 終わりそうなダイバーシティゲームオーバー今日の感染源はどこだゲームオーバーどこの誰がコロナゲームオーバーゲームオーバーゲームオーバー、yeah. よろしくお願いします@POL アポロですレペゼン新宿歌舞伎町道端路上アンチザバビロンふざけんなポリス俺と一服決めてみるかチャリスたまには鼻からウェルカムチャリスエンジェルみたいに意味を踏むスタイルよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございます。改めて紹介します。新宿を拠点に活動されているラッパーアポロさんに登壇していただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ座ります。はい、ここからはですね、はい、アポロさんに本当お酒を飲みながらですね、トークセッションという形でお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。乾杯。私も今日はお酒を飲みながら話させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。距離が遠いけどいいですね。そうですね、この距離でこうそうですね、今歌っていただいたのは SOS 新宿オブサイレンスという曲だと思うんですけども、どういった思いが込められたか改めてお話聞かせていただければと思います。いやもう身動き取れないような状況だったんで、せめて自粛中に何かできることないかなと思って、まあこういうパンデミックは一生経験することないだろうから、言いたいこと言おうと思って、はい、現実を伝えたくて書きましたね。ありがとうございます。ぜひここからですねトークセッションなんですけども、会場にいる皆様からも質問を受け付けたいと思いますし、YouTube をご視聴いただいている皆様からもコメント欄で、アポロさんに伺いたいことあればぜひ受け付けたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。早速ですね、コロナ禍では歌舞伎町夜の街としてこの目の敵じゃないですけど、される動きがあったと思うんですけど、当時の状況っていうのはいかがでしたか？いやマジで一っ子一人歩いてないって感じでしたね。もう真っ暗で街ももうなんだろうな、ね、なんかみんなが避難したみたいなもう戦時中じゃないけど分かんないけど戦時中でみんな避難したばりに人がいなかったから、いやもうどうしようかなとしか思ってないですよね、お店の人たちも含めて。はい、それこそ働いている方も、飲食店だとお店閉めちゃう人がいたりだとか、歌舞伎町っていうところでも歌舞伎町から離れちゃった人っていうのは実際にいらっしゃるんですかね？いやもうあれでやっぱり半分ぐらいはやめましたね。僕の知り合いはお店もそうだし道端で路上で客引きしてるやつらも含めてもう半分はいなくなりましたね。はい、現状としては、コロナもまだまだ全然収まってない状況だとは思うんですけど、歌舞伎町の状況っていうのは当時のその3月4月っていうところからどういう変化があったりしました？いや今もでもやっぱり結局全然戻ってきてなくて、人はいるんですけど若い子たちが多くて、やっぱり夜の街の歌舞伎町はやっぱりそのサラリーマンとかそういうきちっとお金使って遊ぶ人がやっぱ戻ってこないと全く元通りにならないんですよ。でもそう学生とかそういう子たちはいっぱいいるんですけど、学生とかが居酒屋とかで飲みには戻ってはきているけど、やっぱそのキャバクラだとか、そのホストクラブとかってそのお金の落ちるっていう言い方あれかもしれないですけど、お金を落とすところがまだまだ。いやまだまだでしょうね。でもこの間も本当にホストクラブがまたコロナ出て1週間営業停止だとかってまだ終わってないんですよやっぱり結局。それこそやっぱニュースの報道を見ると本当にクラスターってどこでも起きてると思うんですけど、やっぱホストクラブとかっていうところだと報道されやすいじゃないですけど、本当にまたかと思わせるぐらいの印象付けを感じるんですけど、そういった報道のされ方っていうのはどう感じられます？いやでも実際やっぱコロナが出てるのは間違いないんですけど、その原因がやっぱホストクラブってなんですげえ叩かれてたかって言ったら、やっぱ量があって集団生活してるんですよ。だからそこでクラスターが起きてるから、やっぱお店で起きてるっていうよりもその量とかのやっぱ問題を改善しないと一向に解決しないなっていうのは思ってるんですけど、やっぱそこまで対策してる委員会の人たちも分かってないから結局もう言わざるを得ないじゃないですかね。ただでさえ悪いイメージなのに、やっぱりその根本となるこの寮生活ってその従業員の方の体制、支えるサポートっていうところはなかなか急に変わるものではないと思いますし、ってなると本当に出口の部分、お店の営業っていう部分だけまず閉ざしてしまおうっていうところで対策してしまってるっていうのが現状になるっていうんですかね。だからやっぱ一緒だけど自粛させるんだったら保証もしないと結局お金ないからみんな出回るじゃないですか。そう2週間隔離されたら例えばその2週間分取り返そうとしてもっと必死で働くから、やっぱり保証がないと一向に俺はコロナは終わらないと思ってて、そうですよね。やっぱりこの今営業停止っていうところの規制で抑えようとはしていますけど、それでじゃあ生活が継続できるかって言ったらなかなかできないと思いますし。いや無理でしょ。だってねまた40万払うから営業10時までしてくれっつって、もうだって歌舞伎町の有名な居酒屋なんて40万なんて1日で売り上げるんですよ。それも分かってないじゃないですか。なんだろう40万やっときゃいいだろうぐらいのノリでやってるんですよ。まだ半年コロナが流行って何ヶ月経ちます？全くですよ。駅とかそうだし道端とかそうだし歌舞伎町あんだけクラスター起きてるっていうのに
どこも消毒してる場所とか見たことないし、場面とか街を、まずそこでしょ。十分な対策がされないまま、対策されないまま40万っていう具体的な数字だけ出して、しかもかかったやつが悪いみたいな感じじゃないですか。そんなのって本当に今までこの人たちが国を動かそうとか思って頑張って政治家になった人たちが考えついた結果がこれなんだと思うと、もう愕然としますよね。一切、それこそ本当歌舞伎町に関わらず飲食店とかで、今その一時的な一時金で10時までにしろっていうところで苦しめられている、本当歌舞伎町に限らずいうところはあると思うんですけど、やっぱ十分な保障がないまんま規制で出口だけ閉ざされている状況っていうところで、実際に働かれている方、経営者とかは今困窮しているっていう状況は未だに変わってないっていう。変わってないですよね。だから先が見えないじゃないですか。人間って習慣ってやっぱり一回こういう風に家でリモートで飲んだり、その家で家飲みとか覚えちゃうと、やっぱりもう出てこなくていいと思うんですよ。結局外に行ってよっぽどのこと楽しみがない限り出なくなっちゃう。やっぱそういうの覚えちゃうと、だからその習慣をまたもねぶっ壊すのは簡単だけど元通りにするのは難しいんで、もうこっから先やっぱ娯楽っていうのはやっぱもうどんどん排除されていくと思うんですよね、僕は。今娯楽が排除という言葉がありましたけども、やっぱり本当景気がいい時って本当に夜、いわゆる夜の街っていうところに出かけて、キャバクラにお金を接待で落としたりだとか、領収書でバンバンそういったところがにぎわっていて、でもこういうイレギュラーな面とかになると急に絞ったりするわけじゃないですか。じゃあこれが5年後10年後もしこの復活した時に、またじゃあ今までの規制がなかったかのようにまた人が戻ってきたりだとか、その夜の街とか歓楽街っていうその娯楽がこう消費される場所でしかなくて、こうサポートが受け入れてないのに都合よく使われているような印象が私なんかはこう感じてしまうんですけど、実際に働かれていてその辺はどうですか？まあそうでしょうね。もう夜の街って結局あぶく銭があるからこそじゃあ行こうかって話になるじゃないですかね。だからやっぱりもうこれからは栄えることはないと思います、僕は正直言って。そういうことです。絶対にないです。テレワークでやっぱ東京から引っ越した人もいっぱいいるし、そうですよね。相当ですよ。そうですね。東京から本当に千葉とか神奈川とかに、外れて仕事ができるっていうので、関東っていうところにこう分散され、今までは東京集中してた部分があると思うんですけど、その辺に分散もしていることもあるので、元通りの生活とかっていうところはなかなか難しいのかなっていうところですかね。もうみんな気づいたでしょうね。このコロナで自粛して、ちょっと家とかにいて、いや何が大事かって、やっぱり朝満員電車であんだけパンパンになってくったくたになって、会社行くまでくたくたになるじゃないですか。それでそんな生活してね、行き帰りでも気づいたらテレワークできたじゃんこれみたいな、今まで何だったんだろうっていう。だからやっぱね、なんか生活の質をみんな自分ねちゃんと見直すタイミングだったと思うんですよ。そうするとやっぱ娯楽とかってやっぱりね、もうこれでいけるじゃんっていうのがなっちゃうと、それこそコメント欄でもGoTo のメリットはありましたかっていう質問が全くないですね。ない、GoTo イートとかでやっぱ消費を促すアクションとかあったと思うんですよね。あったとしても歌舞伎町には来ないでしょ絶対行かないよ、わざわざ歌舞伎町を目指して、よっしゃーっつってない。そうですね、なかなかその GoTo の対象がオッパブ GoTo 使えるわっつって、あオッパブじゃねえやこれみたいなさ、そう食いに行かないでしょ。なかなかその行政の方のアクセルとブレーキっていうところで、アクセルがじゃあそこの停止してたところにまた再加速になってるかって言ったら全くなってないでしょ。GoTo なんてコロナだって全国にばらまいてさね、大阪で非常事態とか今更出しちゃうじゃん。もう金運んで、だからやっぱねターミナル駅でちゃんと除菌作業をして毎日やれば多分こんなに増えなかったと思うんですよ。逆に増やしたいのかなと思って、俺はなんかぐらいの悪意が感じますよね。それこそできるところがやれてなくて、本当一時的なパフォーマンスの行政ばかりが目立っちゃってるっていう印象なんですかね。だって結局 GoTo でやっぱコロナばらまいて困るのはやっぱ自分の国じゃん。でもそこにお金流さないとなんだろう、政治家たちはなんか理由があるわけだし、でもその GoTo とか例えばテレワーク推薦とかの金があれば、まずは例えば1ヶ月30万渡すから、2ヶ月50万渡すからもう一歩も家から出んなっつって、早いでしょそっちのが。ロックダウンって本当にそういうことだと思うし、終わるまでやめない。もう実効性のあるものにどうせなら
エネルギーを使うそういうところに金使うのが普通だと思うんで、でもあんなじゃあもう旅行ね、全国コロナで人が来ないから困ってるからそこ行ったら安くしますよとかいう政策に対して本気で考えてそれしか思いつかまないのかなと思って、いい大学とか学歴出て真面目にやっててバカなんですよ、中身が。やばくない？国会でみんな居眠りしてさ。日本はあれでしょ、だって世界で一番国会議員の給料高いしさ、2世3世多いじゃん。そうですね。何の話なのって。そうですね。コロナ中にボーナス300万とかもらいましたとかさ、マジで。今このアポロさんのこの伝えていることにもね、こう反応が観客席からもありましたけど、観客席の皆様からも何かこの GoTo とかの行政のやり方で思うこととか、歌舞伎町に対するイメージ、3月4月から今までにかけてとか、なんかこう今までの話の流れでお伝えしたいこと、ありますね。じゃあちょっと私の方からコメント、ちょっと一応消毒のやつあります？私伺いますよ。消毒液のなんかあります？それいいです。ありがとうございます。忙しいですね、やっぱいちいち消毒ね。俺昨日検温したら 27.5 度しかなくて、嘘でしょっつって、もうエイリアンみたいな目で見られちゃってる。いいですか。最初にその小池が夜の街って連呼したじゃないですか。あれ俺とっても失礼だと思うんだけど。そうですよ、そういうのを聞いて、まずどう思いました？いや結局夜の街って昼も夜もみんな外に人出てるの一緒じゃないって話じゃないですか。夜だけ人が出なかったらコロナ収まる問題じゃないと思うので、結局どっか敵を作んなきゃいけないから、それに名指しして、しかも新宿なんて夜の街で持ってるような街なのに、歌舞伎町なんて夜の経済で回ってるのに、そこを名指しして、相当みんな怒ってますね。さっき今おっしゃってたその対策のね、ちゃんと保証しろって話が、小池は何もやらずにパネルばっか読み上げてるじゃないですか。あれ見るとすごい腹が立つんだけど。そうですよ。ああいうのってもうやめてほしいね。いや全く意味がないですよね。一番頭にきたのが、なんか限界体制だから都庁を青く照らしますとか赤く照らしますとかあったんですよ。あれの電気代が1日20万とか聞いて、俺マジで頭にきて、おかしいでしょ。レインボーブリッジをさ、なんかライトアップするとか、そんなことしか考えられないですよ。医療従事者にね感謝を込めてとか、何の話してんだろうっつって、そんな発想しかできねえやつらに今まで支配されてきたっていうのをやっと分かったから、マジで頭にきます。俺はだからヒップホップはレベルミュージックと思ってて、やっぱ反逆だから、そういうことどんどん言っていく、なおさら、やっぱだからコロナの歌も作ったし、今後もやっぱり敵はやっぱ俺はもうセーフだなと思いますよ。もうそれしかない。ヒップホップらしく、そこのバビロンのシステムに、バビロンシステム、ファックポリスですよマジで。それこそ歌舞伎町という街の特性として、なかなか学校とか社会に居場所が感じられにくくて、ホストクラブとかキャバクラとかにこう働いている方、そういう方ばかりではないと思うんですけど、なかなか他に居場所を見出せられなくて働かれている方が多いのかなという印象もあるんですけど、なかなか夜の街っていう形でそういう言い方をしてこう人を遠ざけてしまうと、ようやく見つけたこう唯一じゃないですけど、本当に貴重だった歌舞伎町っていうこの受け口、救いの場がまたそこから追い出されるようなことが今起きてないのかなっていう、その心配もあるんですけど。あるでしょうね。やっぱり歌舞伎町って結局いろんな人種、いろんなとこ出禁になったやつも結局受け入れてるぐらいの街なんですよ。でじゃあやめろ、いざやめろと言うと、やっぱりね、そのやめるからには代わりの場所を作ってやらないといけないと思うんですよね。例えばここに車止めるな、こっちに止めなさいって駐車場作るのが当たり前の話じゃないですか。それもないからやっぱりでも本当にその風俗の内勤の人とかもホームレスになった人とかいるし、実際にいる。だからもう歌舞伎町で働いてた子たちはもう地方に今なんだろうな、行ってるらしいです。出稼ぎ、地方にまだ行ってるらしい。歌舞伎町で稼げないからっつって、ですごい話聞いたんだけど、それで12月クリスマスあるじゃないですか。風俗嬢の子たちは地方に出稼ぎ行って12月のクリスマスのために200-300万持ってホストクラブにバンバン行くらしい。指名しにポッキーとかティッシュの箱に札束入れて、お菓子の箱に入れて行くんだって。それ聞いてマジで狂ってんだこの日本はと思って、なおさら本当
だから根本的にそういうのをやっぱ今回の件で見直さないと俺はダメだと思うんですよ。やっぱね、性的に搾取されてる人とかも多いし、やっぱ途方もない金額でふっかけてるようなとこも多いから、やっぱ夜の街は娯楽だけど、娯楽の中にもやっぱりちゃんとルール作んないといっぱいまた繰り返すんですよ、こういうこと。そうですね、本当に今までは歌舞伎町がこう、福祉を受けられなかった人のさらに受け口として機能してた部分があるんですけど、それをこういった形で国がこの締め出してしまうっていうところに本当に危機感を感じていて、居場所を奪ってしまったりとか、その状況がまたじゃあさらにこの別の場所を求めてこう劣悪な環境になってしまって、またその大金を稼ぐためにとかっていうのが負のループが始まっちゃうのかなっていうところがあるので、そういったところの懸念は今アポロさんの話を伺いながらも感じましたね。やっぱなんだろうな、この、夜の街はやっぱり本当に必要なのは必要だと思うんですよ。やっぱり接待したりするのに、やっぱり綺麗な女の子がいて、ね、みんなで話が弾むからそれは必要だと思う。ただなんだろうな、悪い部分も相当あるよ。いろんな変な部分も流行るし、夜の街からでやっぱね、お金の動きもすごいし、やっぱお金のために一線越えちゃうやつとかもいるから、もう一回首都東京新宿なんで、もう一回なんかいい意味でちゃんとメスを入れてほしいなと思います。そうですね、今回は本当にコロナっていうところでどこが悪いとか、本当に感染源も多くある中で、ネガティブなイメージを持たれやすい歌舞伎町にスポットを当てて非難の対象をそこに絞らせたみたいな印象がやっぱ強くどうしても受けてしまうので、そういったところはもう本当にフラットに考えて、もっとその娯楽も残すところは残すべきだったし、ちょっと本当にネガティブイメージを持たれやすいところに非難の対象を集めるっていうその悪意みたいなところをなんか感じられちゃったかなっていうふうに個人的には思いました。そうだね。だから昼間働いてる人がまとも、夜の人がまともじゃないみたいなさ、その分類もおかしいと思うし、仕事になんだろうね、いい悪いとかってあんまないと思うんですよ。本人が自分のためとか人のためと思って働いてる仕事に関しては、でもやっぱり過剰にやりすぎてるところもあるから、夜の仕事してる人も、そういう部分は本当にちゃんとメス入れて解体していかなきゃいけない部分はあると思うんです。それこそ先ほどこれからも一ラッパーとして発信し続けるというところはあったと思うんですけど、同業の歌舞伎町で働いている方々として今後のこの今の状況を改善するために、この歌舞伎町で一概には言えないと思うんですけど、歌舞伎町を復活じゃないですけど元に戻す、より短く戻せるためにはっていうなんかアクションとかは今起こされてるんですか？いや結局ね、みんな不景気だって言うけど、そういうアクションを起こしてないんですよ。結局歌舞伎町って地元の人が少ないじゃないですか。そうですね。結局全国から出稼ぎ来てるから、結局金さえ稼げれば自分さえ良ければいいってやつがいっぱいいるんですよ。だからいつまでたってもなんか汚いし、衛生的にも良くないし、だからもういつまでたってもまとまんないから、もうオリンピックもね来年に本当にやるんだったら近いから、俺はすげえ危機感を持ってて、だからやっぱもうだって歌舞伎町あんだけ言われてるけど手の消毒すらしてないですよ。まずはそういうさ、手の消毒するやつとかも小池配ればいいじゃん、飲食店に。そうですね。それすらもないから当たり前でしょそんなのって。それは分かんないですよ。それが分かんないですよ。あんだけなんかエジプトのカイロ大学出て、お前ツタンカーメンについて学んだんじゃねえのみたいなさ、それだけですか、ピラミッドの作り方覚えて帰ってきたんですかみたいな。でたまに歌舞伎町ずらずらっとこうパフォーマンスでねやってますよね。あいつらもう一回来るみたいな予告出してて、みんなでねリトルネロ撮ってる時に貼ってたんだけど誰も来ないの。もう疲れちゃったんでしょ、一回回っただけで。多分もう疲れちゃったんで、もう本当にしょうもないから。でやっぱり本当に従業員の方も、もちろん中には復活のためにこうパフォーマンスアクションしてる方も中にはいらっしゃるとは思うんですけど、なかなかやっぱ地元意識じゃないと稼げないなら他の場所行こうっていう形で分散してしまっているっていうのがやっぱ現状としては大きい印象なんですかね。もうあとはもう飲食店なんて結局デリバリーで食ったらいいやって話になったじゃないですか。だからもうわざわざこの空間を楽しみに人が来なくなったんですよ。だからもうなんだろうな、本当娯楽に対しての価値観変わってくると思うんですよね。本当に人数とかじゃなくて、今後はどこで
誰といるかっていうか、そういうのが大事になってくるじゃないですか。だからそういうのを、ね、人数じゃなくてこじんまりなイベントでも、内容重視だから逆に配信もできるから、内容重視なのが生き残るんじゃないかなと。まあいい意味で整理できたんじゃないかなと思うんですけど。なるほどですね。まあコメント欄ではそれこそいずれ新宿歌舞伎町にも人は戻ってくると思いますって言ってる方もいて、やっぱりこう歴史を紐解くと過去にパンデミックがあっても結局やっぱ戻るところは戻るっていうところの、人間の本質はあまり変わらないんじゃないかっていう意見もあるので、まあ戻ってくる部分もありますけど、やっぱりアポロさんのおっしゃってるようにリモートでできることが増え、もう宅飲みでリモートでいいじゃんっていう人も当然中にはいるでしょうから、完全元通りではなくまた新しい形で生まれ変わるのかなっていう。もう戻ってくる戻ってこないの前にやっぱね、みんなね相当お金ない。びっくりするよ本当に。もうコロナ前からそうだけど、やっぱ景気よく飲み歩いてるやつなんて誰もいないから。昔はいたんだよね。声かけたらお兄ちゃんも一緒に来いよっつって朝まで付き合っているような、そういう人もいたけど全然いない。めっちゃくちゃだから分かるよね。本当に景気悪いから。やっぱりそれは街に立ってるからこそ気づける違いですよね。全然みんな渋い顔してさ、今まで景気がそうなやつだったらもうきつそうだし、かなり幸せきてるよこれ。間違いないか。今ね本当に YouTube でも多くの方見ていただいてらっしゃいますけど、やっぱりこう歌舞伎町にもやっぱり人が戻ってきてほしいというところはあると思うので、やっぱ今安全対策とかも徹底しているところは徹底していると思いますし、そういったこう歌舞伎町に不安を感じてなかなか行けない人もいると思うので、その歌舞伎町に対して不安を感じている方とかに最後コメント等があればぜひとも歌舞伎町を代表してじゃないですけどもコメントいただければ。まあちゃんとした店、昔からファンがいる店は残ってるんで、逆にもうどうでもいい店は潰れちゃったと思うんで、そういう店をちゃんと探して、まあ、古き良き店も残ってるから、そういうところに遊びに来てほしいですね。はい。先ほどの娯楽がなくなればいいっていうのはやっぱりそのちゃんとしてる店も中にはあって、そうじゃない店が淘汰されるんじゃないかっていうところだとは思うので、そういう意味ではお店を選んでしっかり遊べるところは歌舞伎町も娯楽として必要な場所だとも思いますので、お店を選んで残ってる良質な文化を楽しんでくださいっていうメッセージなんでしょうかね。そうですね。残ってる店はやっぱり耐えれるぐらいの余力があった店っていうことはだから。しかもまあ余計にサービスは良くなったと思うんですよ。これで人来なくなってみんな今まであぐらかいてる場合じゃねえなと思って、だからそういう店をちゃんと調べてきてほしい。でもまあ戻ってきてほしいと思うけど、やっぱり行儀悪いようなやつらは来てほしくないね、正直言って。そうやっぱ夜の街は夜の街だけど何でもありってわけじゃないから、お店もお客さんもお互いを選ぶ時代にこれからはなっていくっていうところですかね。お店がお客を選べる時代にもなると思う。そうですね。ぜひとも歌舞伎町の活動ももちろんですし、ラッパーとしての活動もぜひともこれからも楽しみにしております。今日は戸田ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう一度アポロさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ライブもめちゃめちゃかっこよかったです。ありがとうございます。また何かあったら呼んでください。もちろんです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。それではもう続いての登壇に移ってしまいましょう。それでは続いての登壇紹介させていただきます。夜の街が感染源である、ニュースでの発信によって性風俗で働く人々への差別的な発言が強まりました。登壇者の声には耳を傾けず、部外者だけで議論される性風俗の是非、実際に働く女性は何を思い、どんなような声を発しているのでしょうか。ご覧いただきましょう。夜の街に生きるコロナと風俗。学費を稼ぐために一番いい職業だった。うち母子で弟が2人いるんですけど、なんか中学生と高校生で、やっぱ自分しかまだ稼げないから、親以外に奨学金とか借りてるし、コロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。網タイツとバニースーツ黒ですね。
お付けいたしますので、総額27,000円ですね。そうしますと、料金の方が、130分35,000円でのご案内となります。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。F カップは横なので、おすすめですね。もしもし、今、7999のお車到着したので。仕事が終わって事務所に歩って帰ってる時とか、電車の帰りとか、なんか普通の女子高生とか夜のお仕事とかやってなさそうな女の子見ると、なんでこんなことやんなきゃいけないんだろうとか、そのお仕事続けててもいいのかなとか、あとなんか彼氏が本当はどう思ってるのかって考えると余計孤独感はある。今日東京都が確認した新たな新型コロナウイルスの感染者は39人で、およそ半数がいわゆる夜の街に関係する人でした。今日はお仕事は問題なかったですか？問題あり？問題ではないんですけど、なんか困った。女の子の日5日目で、なるほどですね。なんかそれを了解の上で今日リピーターさんに遊んでもらったんですけど、リピーターさんだったらよかったです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱいろんな事情があって皆さん働いてるんでしょうから、やっぱ聞かれたくない方もやっぱいらっしゃると思いますし、あんまりこうそういう意味では女性にこう深く入り込まないような感じになってるんですよね。不思議なもんですよね。こういう業種ぐらいじゃないですかね。普通は一緒に働いてる人たちのことを知りたいって思うのが普通のような気がしますけどね。閉店って書いてありますね。36年間こういうお店が潰れちゃって残念ですね。すごい。どうなるんですかね、これからこうやってまた増えてって、また緊急事態宣言とか出ちゃうかもしれないですよね。立ち上げの時も本当しんどかったですけどね。なんとかやってってようやくここまで来れたのに、また振り出しみたいな感じですかね。今日なんかもまだ一件も予約がなくて女性もどんどん減ってっちゃって困っちゃいますね、本当。もう崖っぷちでしたよね。もう1ヶ月ってなったら、もう団長の上ですけど、閉めてましたね。女性なんかやっぱ、もう生活成り立たなくて、本当はお金貸してほしいって思ってたと思うんですけどね。
でもお店きついの分かってて、それは言わなかったですけどね。彼女には、また収まって、また再出発して、またこっち来ることがあったら、力になるから、っていうことぐらいしかやっぱ言えなかったですね。何食ったんだ俺。すごいな。ボロ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 ほどして。来た時もこういうふうに歩いた？歩きましたね。めっちゃ歩ったと思います。すごい電車も乗ったし、なんかモバイルバッテリーもなくて、気づいたら充電 3% しかなくて、その 3% 無駄にできなかった。3回くらい知らない人の家行って泊まらせてあげる代わりにやるよって感じだったから、何されるか分からなくて怖かったけど、もう親から離れたいのことしか頭になかったから。ただいま戻りました。お父さんの記憶が全然ない。家を出ていく寸前に喧嘩した光景が印象深すぎて、それしか思い出せない。すいません、お待たせしました。行きましょう。はい、お願いします。風俗の女の子たちを偏見とかだけで汚いとか、ただセックス好きとか肉便器とか思うのはやめてほしいかな。なんかいろんな事情があって、多分人それぞれ働いてるから、なんかそう、ちっちゃい頃からの癖で髪の毛を自分の以外でもこうくるくるやってると自然と落ち着いちゃうっていうのがあって、やっぱ一人で3人育ててくれた親のことはなんかもう信頼もしてるし、尊敬もしてるし、感謝もしてるから、少しずつ恩返せていけたらいいなって思った。あ、そういえばそうだ、親一人で今まで育ててきてくれたんだ。ご覧いただきましてありがとうございます。会場にはですね、今の映像と撮影されたディレクターの内山さんに、ご登壇いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、今の映像を撮影するきっかけ、取材するきっかけというところからお話しいただければと思います。はい、これ撮影したのが今年の6月頃です。その頃ちょうどさっきラッパーのアポロさん言ってたけども、夜の街が感染源っていうこと、あとは週刊誌なども含めて風俗で働く女性たちがすごく困窮したり残酷であるっていうようなことがどんどんこう喧伝されていくっていう中で、基本的には僕はその立場のなんかこう追い詰められたりする人だったりとか、何かレッテルを貼られた人たちっていうところの本当その貼られた側にすごく立ちたいなっていう思いがあって、
それで出てきた店長に依頼して撮影したっていう形ですね。はい、すごく印象的なのがこの風俗にスポットライトを当てるときに結構映像では、店長さんにも結構フォーカスされてたと思うんですけど、このキャストっていうかその働かれてる方とは別にこの従業員店長さんっていう方にもこう声に耳を傾けたっていうのは理由はあるんですかね。これも一般的には多分その風俗店経営者っていうのは女性を搾取するだったりとかそれこそ人身売買のように虐げているというようなイメージあるかと思うんですけどもそういったケースも確かにこの社会にはあると。ただその全部が全部そういうものなのかっていう、疑問があるし、彼の場合も田舎から出てきて派遣労働かなんかで働いた後に自分がようやくたどり着いたのがこの風俗業界だったっていうことを車に乗りながら言ってたんだけども僕はこの人はそんなに叩く人なのかっていうのは本当に正直思うんですよね。でもちろんその自分がその風俗業やってるっていうことに対する負い目っていうことはないんだけど、その多く人の前に立って語るようなことではないっていうことも認識してるんだけど、ただなんかそのキャストの女性の方もそうだし、風俗のそのスタッフの方もそうだし、そのありのままのその姿だったりその命っていうことをそのまま見つめないで何が映像やだっていうのは俺ずっとあるから、そういう思いで作ってるっていう感じなんですけど、でもこれ賛否両論あるっていうのはもちろん分かってます。はい。でもそれこそ本当に風俗で働いているっていうところでその言葉でシャットアウトしてもう他を知ろうとしないことが非常に多いじゃないですか。だけど本当に今の短い映像だけでも部屋キャストの部屋を掃除してる店長の姿あったじゃないですか。あれでその店長のことを信用できるとあれだけで言うことはできないですけど、なんか人柄を感じることが私自身はあったんですね。そうですね。あれはなんかもう誰もいなくなって感染で待機所なんですけど、待機所に女性たちはもういなくなったと。でそこで掃除もう誰もいないんだけど掃除でもするかって言った時にそのキャストさん女性たちが食べこぼしたものがすごい絨毯にこびりついてたんですよね。だからそのかつていたそのキャストさんたちになんつうのかな、もうこんな汚しやがってみたいなニュアンスで掃除してるっていうような、店長の姿だったんですよね。僕もあれすごい印象的でした。そうですね。なかなか私自身も直接話す機会がない方ですし、人柄を感じる機会はないですけど、本当に短い映像の中だけでもなんか人情を感じる話し方であったりだとかその態度っていうところで非常に感じられる部分もあるので、本当に我々がいかにこの風俗で働いているっていうだけで他を知ろうとしてないでシャットアウトしている部分がいかにあるかっていうところなんか私自身はなんか気づかされたような感じがする映像だと感じましたね。ありがとうございます。で今日はですね内山さんの他にもゲストを招いてここからはトークをしたいと思っております。で早速ですねそのゲストを紹介させていただきたいと思います。障害者の性問題を解決するための非営利組織ホワイトハンズを設立した後、風俗店で働く女性に対して無料で生活法律相談を、行っていらっしゃる風テラスなどを運営されている社会的な切り口で現代の性問題の解決に取り組んでいらっしゃいます坂爪慎吾さんを今日はですね Zoom で接続させていただきながらトークセッションをさせていただきたいと思いますので、早速ちょっと坂爪さんアクセスしたいと思います。坂爪さん聞こえますでしょうか。坂爪さんこちら映像来ております。聞こえてますかね。なんかミュート解除したらいけそうな。坂爪さん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。ありがとうございます。ここからはですねディレクターの内山さんと坂爪さん交えて、あとはですね会場の皆様、そして YouTube を視聴のご覧の皆様からも質問を受け付けながら、会話させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。坂爪さんは映像はご覧になっていただけましたでしょうか。
はい、見てます。はい。ありがとうございます。ちなみにどんなところ注目されましたでしょうか。そうですね。いろんななんかポイントが多分たくさんあるんですけど、まだやっぱ女性の方がやっぱその普通のなんか女子高生とか見ててやっぱすごいなんか羨ましいというか、そういうことをなんかおっしゃってて、やっぱ普通になりたいってだけどやっぱなれないっていうふうに思ってる方も非常にまず多いと思うので、そこはなんかやっぱり拝見しててグッときた部分ではすごい感じました。はい。そうですよね。なかなか家庭の環境とかもあって、はい、本当は選びたくない道だったかもしれないけど性風俗で働くっていう選択をして、はい、覚悟もあって前向きに働いてるとは思うんですけど、やはりそうじゃない他の学校の友達を見ると、私ってやっぱ普通じゃないのかなって、そこで他の子を見て初めて自分の特別さに気づいてしまうみたいなところが感じられたんでしょうかね。そうですね。本当やっぱ風俗で働いてる彼女性って結構自分もたくさんお話しする機会があるんですけれども、やはり普通になりたいんだけれどもなれないっていうふうな思いだったら本当に多くいらっしゃると思うので、そもそも普通っていうのはやっぱ普通ってそもそもなんだろうっていうことも含めてですけれども、そこはなんかすごく身につまされた部分ではありました。そうですね。ちなみに相談を受ける中でこのコロナの影響っていうのは、この性風俗で働かれている女性の中で変化っていうのは与えたんでしょうかね。そうですね。本当多分コロナがその原因になったっていうよりかは、多分そのコロナの以前からずっとやっぱりいろんなその課題とか事情を持って働いてる方もたくさんいらっしゃる世界だったので、多分そのコロナが一種の引き金になってですね、多分今まで抱えていたいろんな住まいの問題とか家庭の問題とかですね、あとは借金の問題とか、あとは心身の問題、多分いろんな問題が表面化どっとしてしまってですね、なかなかその生活とかがうまくいかなくなってしまったっていう方が多分非常に増えた時期だったのかなというふうな印象を受けております。そうですね。坂爪さんのお言葉でもありましたけども、本当に人それぞれ違ったシチュエーション状況があったっていうところが本当に必要だと思っていて、やっぱり性風俗で働く人っていうくくり方をしてしまうのじゃなく、本当に一人一人違うストーリーだとか状況があると思うんですね。で一人一人違うことを思っていると思うんですけども、坂爪さんもいろんな女性の方の相談を受ける上で、その女性の方からどういった声を伺うことがあるんですか？そうですね。もちろんその個人個人皆さん全て違うんですけれども、やはり多く上がる声としましてはですね、やっぱすごい風俗で働いているってことをやっぱそもそも言えないっていう人が圧倒的に多いんですよね。そのコロナで生活に困って、いろんな行政とかで福祉者の相談に行きたいんだけれども、でもその風俗で働いてるってことを言ったらきっと怒られたり、説教されたり、変な顔で見られるんじゃないかなっていうふうな懸念というか思いがあって、やっぱり相談したいんだけどやっぱできないっていう人が非常に多い印象を受けました。やっぱりそれは話すと、やっぱりさっき言ったみたいに風俗で働いてるって言った時点でもうそこで情報がシャットアウトされて、もう差別とか偏見を持たれてしまうんじゃないかっていう恐怖があるっていうことですよね。そうですね。でもちろん実際はそういったいろんな相談の窓口の方々も、そんないきなり風俗だからっていう理由で拒否とかそういうのはまずしないと思うんですけれども、でもやっぱその女性の方々が、きっとそうじゃないかっていう不安がすごく大きい部分があって、やっぱ相談したらダメなんじゃないかっても自分で思い込んで、自分から全部道を切っちゃうっていうようなケース、やっぱ非常に多かったのかなと思います。そうですよね。それこそ内山さんも本当に実際に働かれている女性に声を聞きに行っているっていうところがあると思うんですね。それはやっぱり性風俗で働いているからっていうところで差別の対象とするんじゃなく、その一括りにするんじゃなく一人一人の声を聞こうっていうところからのアクションだと思うんですけど、実際女性と話してみてどういった声というかと出会いましたかね？後でこの後ちょっと何人か別に聞いた女性の言葉をちょっと朗読させてもらえたらと思うんですけども、その前に今回僕思うのこれ坂爪さんぜひ聞きたいんですけども、当事者ではない非当事者の人たちがいろんな言葉をツイッターだったりとか報道も含めて言葉を発することで、その非当事者がその断絶を深めているというような状態をすごく感じたんですね。でこれをなんていうんですか、これ性風俗に関わらず、その非当事者が何かをなんていうのかな、炎上させようってするわけじゃないけど語ってどんどん火が大きくなるような状態を止める、もしくはそうならないようにするにはどうしたらいいのかっていうのは僕すごく思うところがあって、坂爪さんはそれはどういうふうに思いますか？
そうかな、本当いいご質問だとは思うんですけれども、ただ自分としてはやっぱその非当事者の方にですね、多分これが一概に悪い面だけではないというふうには部分も思っていて、今回結構コロナの影響もあって、いろんな署名キャンペーンとかもですね、風俗関係でも立ち上がったんですけれども、やっぱりそういった今まで風俗に全く関心を持っていなかった層の方々が、ちゃんと声を上げてくださったり、賛同してくださったりっていうことで、結構割と世論が動いた部分がたくさんあったんですね。だから非当事者の方が一概に悪ってだけでは全くないとは思うんですけれども、ただどうしても一部でですね、そういった差別的なことがどんどん広がっている部分も当然あるので、そういったことに関してはですね、当事者の方が声を上げられれば一番ベストではあるんですが、例えば風俗の世界って当事者の方がやっぱなかなか声を上げづらかったり、そもそも当事者意識を持っていなかったり、もしくは持ちたくなかったりという方も非常に多くいらっしゃるので、単に当事者が声を上げればいいっていう話でもないかなと思うんですね。だからそこを踏まえると、やっぱ我々の支援団体がいい感じで通訳っていうような形で現場の声をうまく社会に届くような形でですね、うまく通訳して発信していくことが多分できればですね、もちろんそれが当事者の意見との 100% 重ならないところもあるとは思うんですけれども、ただその世論を少しでもいい方向に動かすことができていくんじゃないかなというふうなことは思っています。ありがとうございます。あと単純にその SOS の内容としては、どんなことが何千件っていうふうに相談寄せられたと思うんですけども、どんなことが起こってましたか？相談が寄せられましたか？そうですね、やはり一番多いのがコロナの影響でお店が休業自粛してしまってですね、収入がガクッと減ってしまったんだけれどもですね、いろんな支払いとか返済が当然続いているので追いつかないっていうものであったり、そういった困った状況においてもいろんな行政とか専門家とかですね、支援の窓口になかなか行きづらいとかですね、なんか言ったら怒られるんじゃないかっていうような不安があって動けないっていう相談が非常に多かったですね。それこそ福祉の部分で受けられないから風俗で働くっていう部分がそもそも前提として存在してしまう状況なのかなと思うんですけども、よくこういった議論の中で福祉は風俗に勝てないっていう言葉は耳にする機会もあるんですが、そういったなかなか福祉と風俗っていうところの関係性っていうのは橋爪さんとしてはどういったご理解をされてますかね？確かにやっぱ福祉は風俗には絶対勝てないと自分も思うんですが、ただ福祉って風俗には勝てないんだけど負けないことはできるんじゃないかなというふうに思っていて、今回のようなコロナ禍においては本当にお店がもう全部閉まってしまって全く稼げないという状況になったんですけれども、多分それはもう頼るのはやっぱ福祉、いわゆる控除しかないと思うんですよね。だからそういった意味で福祉があらゆる面で風俗に負けるってわけでは全くなくて、当然福祉には福祉のその強みがあるので、そういったところをきちんと組んで発信というかですね、届けていくっていうことは多分大事なのかなというふうに思ってですね。だからどっちが勝ち負けとかっていう話よりはお互いの持っている部分でうまく補い合って一緒に共闘していこうぜぐらいのノリでいいのかなとは思っております。具体的に言うとその控除の部分っていうのはどんなサポート、ホワイトハンズ団体の方ではどんなサポートっていうのを、これ当事者の方だったりとか風俗業で働いている方にもぜひ見ていただきたいし、何らかの役に立つような発信になればいいなと思ってるんですけども、実際にホワイトハンズの方に相談して、としてどんな控除につなぎ方だったりサポート受けれるっていうのはありますか？そうですね。やっぱ今一番多分生活保護ですね。やっぱ生活保護、しか多分もう現状打開できる解決策がないっていう方もたくさんいらっしゃるんですね。でもやっぱいろんな事情というかその不安とかですね、ハードルがあってなかなかそれを受けられる申請できなかったり、逆に申請してもいろんな手続きがうまくできなくてダメだったりというケースが結構あるので、そこできちんとフーテラスの弁護士のソーシャルワーカーのチームがですね、お話をお伺いしてですね、一個一個困りごとを全部整理してですね、で解決していって、もしも必要であれば実際に申請に同伴したりしてですね、お隣にするっていうことですね。これは結構今力を入れてやっている部分ではあります。それこそ先ほどおっしゃってたようにこの第三者の重要性っていうところがそういったところにあるっていうことですよね。そうですね。なかなか働かれている方は他の人には話せないっていうベースがある中で、いかにじゃあ第三者の方がその行政とか控除っていう部分につなげてあげるかっていうところのサポートっていうところの第三者のアクションが非常に重要なのかなというふうにお話を伺いながら感じました。ですね。本当だと思います。はい。
そしたらお時間も残り少しにはなってきてるんですけども、それこそお二人にこのご相談をいただいた女性からそれぞれどういった声が一人の女性としてあったかっていうところを、なんかこの具体例じゃないですけども、こういった SOS がありましたみたいなところのお話を伺えればと。さっき僕がちょっと言い忘れたんですけども、このコロナ禍で何人かの性風俗で働く女性のお話聞いてきて、一人紹介させてもらいます。30代の女性で、大衆ソープ店で働いている方でした。その人の言葉です。親に電話してお金もらえるんだったら風俗とかやってないし、土下座してお金が出てくるんだったらいくらでも土下座しますよ。死ね以外だったら何でも言うこと聞きますよ。それぐらい辛いから私風俗しているのに。別にブランド品買いたいとかホストに貢ぎたいとかそういうのじゃなくて、本当に生活したくて。私なんか悪いことしてますか？私なんか迷惑かけてますか？私そんなにひどいですか？だって国に頼れないし、親に頼れなかったら自分で何とかするしかないじゃないですか。例えばこういうことを聞かせてくれた方いて、このもともと孤立したりとか経済的に困窮した中でこう風俗の道に入ってって、さらになんかこのコロナで他の選択肢も失われていくみたいな状況はすごくお話聞いてて思いました。そうですね、やはりこう今の声を聞くと、家庭であったりだとかそういったところで経済的な問題があって、この国とかにも頼れなくて、じゃあ親にも頼れるかって言ったら頼れないってなった時の選択肢として風俗が存在していて、だけどそこで働くとやっぱり周りの声の批判とかを受ける対象になってしまう。ただそこが決してその風俗を選んだ選択が悪いことではないはずなのに、やっぱりそういった対象として見られてしまうというところで悩みを感じられている方が多いのかなというふうに感じましたけど、初目さんからもこういった相談を受けることっていうのはあるんでしょうかね。そうですね、本当に皆さん普通に生活したいだけなのにそれができなくて、当然その国にも家族にも頼れないから自分で何とかしなきゃなっていうふうに思って風俗っていう方かなり多いと思うんですよね。やっぱとりあえず自分が頑張ればとか自分が我慢すれば全部問題が解決するんじゃないかっていうふうに思われて、本当もう自助努力だけで頑張ってこられている方がたくさんいらっしゃるんですけれども、でもそこはやっぱ構造、背景にやっぱ社会構造の問題があるのは、そこは多分明白だと思うので、だからそういった普通に生活したいだけなんだけれども、それができないから風俗、ひたすら自分が我慢するって、それは明らかにやっぱり世の中的にはおかしいと思うので、そういったところを少しでもいい方向に変えていけるような発信が今後できればなというふうにはすごい思っております。ありがとうございます。それこそコメントでもいただいておりますが、性風俗で働いている方には人それぞれ、違うシナリオとかストーリーがある。それを知ることがまずは変化の第一歩なんじゃないかというところもあります。私も非常に同意見ですね。あとは第三者のサポート、行政とかそういった公助とつなげる第三者のサポートっていうのの重要性っていうのが非常に大事なのかなというふうに感じました。坂爪さん、最後に、これ坂爪さん個人的な考えで構わないんですけど、ぜひ聞きたいんですけども、風俗の世界に共助の世界っていうふうに坂爪さんはおっしゃってたのがすごい印象的で、つまり何か困った時に共に支え合う機能があると。でそれがコロナによって完全に停止したと。こんなことは今までなかったっていう言葉がすごい印象的だったんですね。その意味みたいなものをまたちょっと聞きたいっていうことと、あとあまりにもこの優しくない状況、言葉が先行して差別が拡散するような状況、それは俺個人的にはすごい嫌なんで、それをどうやって緩和していけるのかなっていうあたり、坂爪さんに最後聞きたいなと。わかりましたですね。まず共助に関してなんですけど、どうしても風俗って女性ばっかりに焦点が当たりがちなんですが、やはり女性だけじゃなくて、スタッフとか店長の方、特に男性陣もたくさん関わってるんですね。ドライバーも含めてなんですけど、そういった男性側、店長、スタッフ、ドライバーとかいった方々と女性がチームを組んでですね、男性側がウェブを更新してですね、車で送迎して、女性が接客してお金を稼いで、それをみんなで分けるっていうですね、一種のチームプレーでやっている部分が非常に大きいと思うんですよね。だからそういった意味で同じような事情というかバックグラウンドを抱えた男女がですね、力を合わせて稼ぐっていう
ってこう距離の部分も非常に大きいと思うんで、多分そういった視点から見ていくと、多分風俗って言いますか、多分違ったなんかものが見えてくるんじゃないかなというふうなことは非常に思っておりますですね。あとはいろんなその後されている発言に関してなんですけれども、これやっぱある意味やっぱ当事者とやっぱほぼ接点がないからだと思うんですよね。やっぱ接点がない人ほどやっぱ強い言葉でどんどん言ってしまう部分があると思うので、やっぱできるだけそういったその風俗の世界の現場であったり、当事者であったり、そういったものの接点を増やしていけるような、いい形で、そういった活動が広まっていければ、ただ全くその現場を知らないで、そういったなんかその差別的なことを言う人は、それなりに減るんじゃないかなっていうふうな思いがあるのでですね、そこなんかうちらもちょっと力を入れて頑張っていければとは思っております。ありがとうございます。坂爪さん、お忙しい中お時間作っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね。先ほどのコメントにもあったように、やっぱこう女性一人一人に目を向けて声を聞くっていう、それで当事者を知るっていうところが非常に大事だなというふうに改めて感じました。ありがとうございました。それではこのまま次の登壇に移りたいと思います。次の登壇、映像からご覧いただきます。紹介させていただきます。前代未聞のコロナによって医療現場はパンクしている。そんな困窮した医療現場で患者のために誠心誠意働く医療従事者。感謝や敬意の対象であるはずの存在が差別の対象となっております。我が身の保身ばかりで思いやりの欠けた社会で医療従事者は何を感じているのでしょうか。ご覧いただきましょう。コロナ病棟、看護師からの SOS。いやもうなんか今まで15年間やってきた中で一番辛いなっていう思いますね。本当に精神的にきついなっていう。そのコロナ患者さんを受け持ちして初めてから家族に感染させちゃうんじゃないかっていうことがやっぱ一番怖くて、しばらく私ちょっとホテルとかに住むって言って今離れてるので。本来ならばそのマスクとかは使い捨てなんですけど、今はもう3回は滅菌かけるっていうような状態で、それがとにかくきついんですね。もう顔が跡残ったりかぶれてしまったり、防護服っていうのがとにかくきついので、それを夜勤とかだと16時間着続ける。で休憩も時々あるんですけど、その頻回にその防護脱ぎ着するのも大変なので、なかなか休憩やらトイレやら水分補給っていうのがやっぱできないので、この間みたいなちょっと湘南の映像だったりとかっていうのを見ると、なんかもうこんなに頑張ってんのになみたいな感じでちょっと精神的に落ち込んじゃうっていうのはあります。一生懸命やってきた病院が院内感染を起こしてしまったがために、もう犯罪者扱いみたいな感じでものすごい叩かれていて、なんかその中でも一生懸命やってるスタッフとかのことを考えると、もう涙が出そうになるなって本当思うんですよ。もうちょっと日本人って温かくなかったっけってすごい思っちゃったりしたんですよね。こんなに冷たかったっけってすごい感じちゃいました。日本人ってこんなんだったっけって。中には辞めたいって思う子もやっぱり出てきてますし、この先もこの病棟でやっていかなきゃいけないのかなとかこの先はどうやってお家に帰ればいいのかなとか。疲弊っていうよりももう士気が下がっちゃって、嫌です、働かないですとか、それこそ違う意味での医療崩壊というか、
組織が崩壊してしまうんじゃないかなって自分は強く思いますけどね。でその私が来たのが3月の中旬から下旬ぐらいだったと思うんですけど、どういう感染症かも分かってない中でその自分たちが決めたマニュアルだったりルールが合ってるのかどうかもよく分かんないんですよ。やってください、受け入れてくださいって言ってでも丸投げされたっていうところと、最初から言ってたその休業だったりとか、その手当の部分っていうのが具体化されずに今日に至ってるというか、やっぱりこういう病院の対応で快くじゃあ私は協力して働きますとかっていう人はほぼほぼいなくて、現場の看護師として思うことは何度も言ってますけど、まずその病院側がその働いてる人を守るというか、何かあった時にこうしますよ、じゃああなたが移ったらこうします、誰かが同僚が移ってあなたが休みになったらお給料はこうですとか、病院内でのその偏見だったり差別はしっかり我々が指導して注意しますとか、それをちょっとでも安心度を上げるというか、そういう働きを自分は病院にはしてほしいなって思いますけどね。このウイルスがいつまで流行してるか分かんないですけど、5年10年を考えた時になんていうんですかね、例えばその看護師になりたいって思う人が減っちゃうかもしれないですし、国としての医療が崩壊してしまったりとか、長期的な目で見ると非常に心配というか、そういうのは感じてますね。本当すぐなくなると思います。これガウン、マスク、N95、ここにあるもので全て週末入荷予定なしですね。まず医療者を守ってほしいっていうのが一番ですかね。何もないままそういうリスクが高い現場に立たなきゃいけない、なんて言うんでしょう、葛藤がすごいんですよね。この仕事すごく好きで、患者さんとの関わりも私はすごくやりがいも感じてたりするんですけど、その反面すごく怖いし、あれなんかいつもと違うなとか、ちょっと変な咳してるなとか、そういう普段と違うところにもアンテナ張ってより気を張る瞬間がやっぱすごく多くて、最近すごく仕事終わった後疲労感がすごくて、一人一人の思いをどこにぶつけたらいいんだろうっていうのは、いろんな看護師の友達とか助産師の友達とかと話してる時にすごくそれは感じて、本当の現場の声ってどうやって発してったらいいのかな、どうやって誰に話したら届くのかな。ご視聴いただきましてありがとうございます。ここからはですね、映像にも登場しておりました看護師の助川さん、そしてディレクターの内山さんと一緒にトークを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは助川さん、登壇の方お願いいたします。ありがとうございます。あちらの席でよろしくお願いいたします。マイクはそちらの方をご使用ください。
それでは早速映像を見て医療従事者の声というのを集めさせていただきましたが、映像をご覧になって改めていかがでしたでしょうか。率直な感想を。そうですね、普段は自分の病院の看護師としか関わることがないので、はい、内山さんの映像を見させていただいた時に、他の病院でもみんな同じような思い抱えながら頑張って現場に立ってるんだなっていうのを感じたので、ある意味ちょっと勇気づけられたというか、自分だけじゃないんだなという思いはすごく抱きました。そうですよね。改めてこの医療が緊迫し始めた、3月頃ですかね。3月頃からのこの今までの1年間、10ヶ月というところはどういった経験をされてきたのでしょうか。そうですね、私は直接関わることはほとんどなくって、疑いがあるっていう患者さんの対応をしたりとかはもちろんあったんですけれども、すごくですね、やっぱり一時期ものすごい医療資材が病院になくなってしまって、何にもないまま目の前の患者さんの対応をすることへの恐怖心ですとか、本来の看護の楽しさっていうのを本当に見失ってしまった時期ももちろんあって、なんで私この現場に立ってるんだろうとか、命がけでやってるのになんかそれが現実に届いてないというかいろんな看護師の思いを聞きながら、友達とかのすごく辛くなりましたね。そうですよね。それこそ私が映像を見て感じたのが、本来この医療の従事者っていうのは、感謝であったりだとか敬意の対象となる本当にそういった存在だと思うんですけど、このコロナ禍においては国民一人一人が自分の保身を最優先にしてしまって、その医療従事者の方々に感謝とかよりも前に、あの人病院で働いてるからあの人に近づかない方がいいとか、リスクとしてそれこそ見られてしまうっていう、その本来の尊敬からのこのギャップっていうところが非常に辛いなっていうふうに感じましたけども、やっぱり実際に周りの人からの目線だとか声とかでそういったリスクとして見られてしまうみたいな経験っていうのはございましたか。そうですね、私もありがとうって言われるために現場に立ってることはもう絶対ないんですけれども、やっぱりその一言ってすごく励みになったりとかはしてありがたいなって日頃から感じてはいるんですけれども、例えば美容室に行った時に職業の欄に看護師って書けなくなってしまったっていう人もたくさんいますし、看護師っていうことを伏せて例えば自転車の修理を出しに行ったりとか、みんな本来自分の仕事に誇り持っていいと思うんですけれども、それを隠して病院の外で生活していくっていうことが今までみんな経験したことがなかったと思うので、そのギャップにものすごく落ち込んじゃった人もたくさんいるんじゃないかなって、私含めてなんですけれども、それは感じますね。そうですよね。内山さんも取材をする中で看護師さんであったりだとか複数の医療従事者の方とお話しする機会があったと思うんですけども、そういった不安とかは実際にありましたかね。そうですね、僕まず助川さんにすごいリスペクトするのは、なんか今回十何人お話聞いたんですけども、顔を出して面と向かって語ってもらえたのが助川さんだけで、声聞かせていただいた方もすごい勇気だったと思うんですけども、まず顔出しで喋ってくれたと。で私は今まで12年キャリアあって、もしねこれ本当のこと言って何か病院に言われて辞めることになってもだったら辞めますよっていうふうに笑いながら言ってたんですよね。それがなんか本当強い人だなっていうふうに思って、まずそれリスペクトするんですね。で僕その取材していく中で一番感じたのは看護師の皆さんの声がかき消されて消えていくっていう時期がすごいあったんですよね。それは4月5月は本当にみんな叫びのような言葉をツイッターだったりとかいろんなところに病院の休場だったり病院の対応がなってないとかってなってたんですけども、5月の緊急事態宣言明けた頃にそのツイッターアカウントだったりとかがどんどん消えていくんですよね。でつまり内部告発したいって思っていても自分の組織にいる一人の看護師としてその発言できない、言葉を失っていくっていうプロセスがあったんですよ。
で俺それは俺当事者じゃないけど、悔しくて、なんで本当のことを言えないんだっていう、なんでかき消されていくのかっていうのが、本当に取材してて思いましたね。で例えばですね、一人実際映像まで作ったんだけども、一緒に発信しようっつって辞めた人いたんですよね。その人が最後に言った言葉が印象的で、結局看護師は捨て駒なんです。でも嫌でも辞めないのは自己責任なんで仕方がないです。私は諦めた看護師ですっていうようなことを言ってたんですね。この私は諦めた看護師なんですっていうのがなんかすごく印象的だったんですね。あとは自己責任っていう言葉だったりとか、どう考えても自己責任じゃないだろうっていうふうに思ったっていうのが僕の体験ですね。それでいうと、それこそ私も4月5月っていうところでツイッターで医療従事者の方がこう叫びに近いツイートをされていて、現場の状況を伝えてくれてたんですよね。そのツイートに対して、いやお前が選んだ仕事だろうみたいなコメントが平気で来るんですよ。今もあるんですよそれ。ツイッターデモでその医療従事者の声を聞いてくださいってやってる方もいらっしゃるんですけども、それに対してその自分で選んだ仕事だろうと、医療従事者だけが、特別ではないっていうようなことで、そのツイッターの言葉をこう消していくような動きがあるっていう。でこのあたり助川さんって実際なんていうのかな、当事者現場に立つ人としてなんていうのかな、なんで本当のこと言っちゃいけないんだっていう思いなんかは強いんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけども、どうですか？そうですね、みんなもっと声出せばいいのにって正直思ってしまうんですけど、やっぱり病院の圧力もありますし、言ったら何されるんだろうとか、どんな仕打ち受けちゃうんだろうとか、やっぱり出る杭打たれるじゃないですけど、言った分だけ叩かれることも多いし、目立つ分だけ影もあるから、それがみんな怖くて言えないっていうのは私もものすごくわかるし、本来私もずっとそういう風な看護師だったんですけども、やっぱり今のままじゃ何も変わらないし、このままコロナが流行った時に現場にいた看護師で私は終わらせたくなくて、この将来教科書に載るであろうパンデミックな時期に医療の最前線に立てたことを私は誇りに思うし、それをこれから看護師を目指す人たちにも絶対伝えていきたいなって思うし、諦めないでほしいし、本来の看護師のやりがいとか喜びとかも感じられるような職場というか働き方を取り戻したいって思ってます今は。ありがとうございます。それこそ今視聴していただいているYouTube の視聴していただいている方からも、本当にきつい現場だと、現状をこう外に発している余裕なんかなかなかないと思いますが、きちんとそれを世の中に伝えている人が本当に必要だと思いますっていう形で応援共感のコメントもございますし、ありがとうございます。本当にこういう声があるからこそ発することができると思うので、先ほどのツイッターのコメントのような批判的な言葉がその後に来てしまうと、やっぱ声を発するっていうことがなかなかできなくなると思うんですよね。で声を発することのできる強い人に頼ってしまうという姿になりがちだと思うので、本当にそこは重要ですよね。そうですね。例えば欧米の状況なんか見てると、看護師の人たちがストライキ、一斉ストライキやって基本給のその賃上げに成功してたりとか、個人が発信してその病院の現状なんか発信してるのをよく見てたんですね、僕ら。これがなんでこう日本の医療現場、医療者の中から起こらないのかなって。個別にストライキやってたりとか、医療連って労働組合でやってるのは知ってるんですけども、一般の看護師の皆さんがこうなんていうのかな、声を上げるっていう集団、群れにならないのかなっていうのは疑問なんですよ。そのあたりは助川さんっていうのはなんでこう声が上げられない、戦わないのかっていうのはこう現場にいてどんなふうに思いますか？私も声を上げればいいのにっていう方なので、なんで上げないんだろうとか、みんなで言おうよっていうこともちょいちょいあるんですけれども、やっぱり上の圧力ってものすごい想像を超えるもので、労力もエネルギーもものすごく使うので、日々の仕事でもクタクタになった中でもっと良くしてこう自分たちの労働環境をって言って立ち上がる人って本当にいなくって、みんな今やっと現場に立ってるのが精一杯な状況
なのが正直なところなんです。私もたくさんの人に支えられながら今看護師続けられてるなって思うんですけども、もう心折れそうにもう涙流しながら防護服着てる看護師を私はたくさん知ってますし、看護師もこんなはずじゃなかったのにって言って辞めてった看護師も知ってますし、今想像を超えるような看護師の現状というか想像もしなかったことがやっぱり起こってるので、みんな立ってるのが精一杯というかなんとか立ってられるような状況なので、多分もうそこまではいけないんじゃないかなっていうのが正直なところですかね。それこそ今本当にフィジカルの部分でも非常に大変な状況だとは思うんですけども、その精神的にも非常に追い込まれやすい環境下でなんとかサポートし合いながら働かれている現状もあると思うんですけども、働かれている方はどのようにお互いをケアしながら、メンタルの部分でも支え合っているのかなっていう、その医療現場のサポートの部分、支え合っている部分のお話も伺えたらと思うんですけど。そうですね、支え合い、看護師の医療の話じゃなくって全然関係ない話で盛り上がるのがやっぱりちょっとした気晴らしになるし、患者さんとの何気ないやり取りとかでものすごく癒されたりもしますし、私は与えてるものなんて本当に微塵だと思ってて、患者さんからもらうものって本当にたくさんあって、それで支えられて看護師やってられる部分も本当にたくさんあるので、看護師同士でできることってなんて言うんでしょう、もう本当にプライベートの話とかで盛り上がるとか、あと個人的にはもう逆に医療とは全然関係ない人たちとZoomで飲み会したりとか、気晴らしに何とかして自分を奮い立たせようとしてるのが現状ですかね。やっぱそれだけ日常で周りの人の咳のアクションが気になったりだとか、そういったところで常にアンテナが気を張り詰めてるっていう部分があるから、そこを緩められるっていうのが今救いの一つなのかもしれないですね。そうですね。ぜひともこの会場の皆様からも医療現場の方々にぜひ伺いたいこととか、YouTube をご視聴の方も助川さん、そして、声を拾って聞きに行っている内山さんに聞きたいこと等があればご質問もよろしくお願いいたします。すいません、じゃあ質問させていただきます。看護師さんのお子さんが通ってる保育園で看護師さんのお子さんだから預かれませんみたいなものすごい差別だったなと思うんですけど、そういうことが起こってましたよね。はい、でやっぱり本当にコロナが起こって人がいっぱい死んでる中で必死に働いてくれている看護師さんをなんていうかなやっぱり差別して、その差別っていうかな金を運んでくる人間みたいな形で受け取ってる、そういうふうな風潮っていうのがすごく悲しかったんですけど、本当に看護師さんたち傷ついたと思うんですよね。でそういうことをどういうふうにしたらねいいのかな。あの時やっぱりその時点ではコロナっていうのがどういうものなのかっていうのが分かってないこともあって起こったことではもうあると思うんです。昔エイズの人のところに石投げたり家に放火したりとかってそういうことがあったっていうことも昔ありましたけど、分かってくるとそういうことなくやっぱり一緒に暮らしていける。だけどやっぱりそういう本当に頑張ってくれている医療従事者の人たちに対するそういうのって本当に辛かったなと思うので、なんとかそういうことのないような社会になってほしいなってすごく思うんですね。看護師さんとしてはやっぱり辛かったなと思うんですが、どんなでしたでしょうか。ありがとうございます。
そうですね、私はこの仕事すごく好きで12、13年やってはいるんですけれども、やっぱり初めてこんなに辛いなって思ったことが、そうですね、現場に立つの、仕事に行くのがこんなに辛いんだって思ったことが初めてだったっていうのはあります。で、もっと誇り持って胸張って私は看護師ですって言いたいのに、それを言ったことで自分たちのやってることが間違ってることだとか、なんかまるで病原菌扱いみたいにされてしまうのがやっぱり辛かったし、 GoTo で、どんどん旅行に行けとか帰省しろとかありましたけれども、やっぱり医療者は全然帰ってないし、旅行にも行ってないし、会いたい人にも会えないし、でそんな中命かけて防護服に袖を通してやってる人たちがいることを、私も自分の仕事ながらそういう人たちに敬意を持ちたいなって思うし、この経験は絶対自分の今後の将来の糧になるって信じてるので、こういう思いを絶対書き消しちゃいけないし、記録に残していくべきだし、行動に起こさないと自分たちの仕事も将来いつか毛嫌いされて看護師目指す人が本当にいなくなっちゃうんじゃないかとか、それは私も感じてて、でも本来もっとやりがいもあって胸張っていい仕事なんだっていうのをやっぱりこれから証明していきたいし、変えていきたいなって、もっと希望があるっていうのを私自身示していきたいなって今思ってますありがとうございます。それこそ助川さんもきっと誰か他のもともと目指すきっかけとして医療現場で働かれている方に希望であったりだとか力強さを感じて目指していると思いますけども、今の助川さんの姿を見てきっとまた目指す人も出てきてくるのではないかなというふうに感じます。それこそ先ほど保育士の方のお話もありましたけども、なかなか心ない扱いを受けたりだとかっていうのがありますけども、実際にコメントで今来て、コメントを送ってくださっている保育士の方がいらっしゃいまして、同じ保育士として、そういった方もいらっしゃるかもしれませんけども、全てのこの保育現場がそういう考えではなく、この方保育士の方コメントくださってますけど、同じ命に関わっていますが命を助ける医療現場の方には頭が上がりませんと。自分にもこの看護師の免許があればと何とも思いますというふうに共感のコメントもいただいてますので、本当にいろんな場所でいろんな方がいて、きっと心ない言葉もあると思いますけど、共感してくださっている方も非常に多いのかなというふうに感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ他にもお話ししたい方がいらっしゃればぜひぜひ。いいですか？佐藤さんからぜひこちらで。はい、すみません、ごめんなさい、ちょっと声が出ないんで聞き苦しいと思うんですけども、現場で今実際ずっと働いていらっしゃっていて、僕テレビで見ていて PCR の陽性者を感染者って言ってる言葉、すごく疑問を思ってるんですね。症状のない感染者ってそれ感染してるのかなっていう、なんかこの数字をすごく増やして怖がらしてるっていう思いを持っていて、あと現場で実際働いていらっしゃっていて、そのコロナの重症者の方とか、今までのインフルエンザの重症者の方とかの違いっていうんですかね、本当にコロナってあるんですかって僕すごく思っちゃっていて、聞かせてくださいコロナはそういう反応が出たら、陽性者っていう風になってしまいますけれども、そうですね、本当に難しいと思っていて、その病院の対応も正直合ってるのかわからない部分もあって、
患者さんのご家族さんからもよく言われることが多いんですね。こんなに会えなくて認知症とか進んじゃったり、私たちの顔すら覚えてもらえなくなっちゃったらどうしてくれるんですかって言われたこともありましたし、その気持ちもすごくわかるし、なんか国から言われたことをただはい分かりましたっていうふうに受け入れてやっていくのが本当に正しいことなのかっていうのも私もすごく日々感じていて疑問だらけなんですけれども、それを上に発していく余裕すらないのが多分現状で、みんなすごく疑問に思ってることたくさんあると思うんです。葛藤も疑問もたくさん不安も抱えながらよくわからないコロナっていうのに戦ってるっていうのが現状だと思うんですね。ちょっと質問の答えになってるかわかんないんですけども、私も今すごく勉強中です。勉強します。ありがとうございます。ありがとうございます。それこそ今コメント欄でも質問がありました。非常に前向きで、コメントなので読ませていただきます。医療現場について目にはするものの、実際に働いている方のお話を聞くことはありませんでした。自分の想像力の乏しさを感じております。医療現場では働いていないものに何かできることはありませんかっていうふうにご質問をいただいております。非常に前向きなコメントです。ありがとうございます。ぜひ助川さんにお答えいただければと思います。ありがとうございます。まずそういった声を聞かせていただいたことが私はすごく嬉しいなと思っていて、病院で働いてる中でやっぱり心ない言葉を浴びることもありましたけれども、それ以上に大変な中頑張ってくれてありがとうって、みんな世の中の皆さん仕事頑張ってるはずなのに、私たちにそうやって心を向けてわざわざ連絡くれる友達とかもたくさんいたし、すごく支えられたので、もうそういった言葉だけでまず本当に嬉しいなっていう思いがあります。で、そうですね、私は外に出るなってよく外出自粛とか言われてますけども、それが本当にいいのかわからないですし、例えば病院も面会禁止のところが多いんですけれども、それが本当に正しいのかどうかすら分かんないし、患者さんにとったら残りの人生の中で家族と会える時間が限られているのに、それを奪ってしまっていいのだろうかとか、本来の私たちはすべきことに反しているんじゃないかっていうのを葛藤がものすごくあって、それをもう上にどんどん言っていきたい気持ちはあるんですけども、やっぱり圧力に負けてしまうってところが大きいところではあるんですけどもね、負けずにやっていきたいなって思ってます。ありがとうございます。それこそね、今本当に多くの人が医療現場の方だけでなく、何か自分にできることはないかというふうにもがいているとか、何ができるんだろうって模索している方も非常に多くいるんですけど、まずは自分自身、外に出ないとかではないですけど、感染リスクとかそれぞれを対策して、まずは自分自身が感染しないようにっていうこのケアをするっていうところを見直すことが、医療現場への負担も減らすことになると思いますし、そういったところの当たり前を見直しながらも、本当に人として大事な人と会うということであったりだとか、今まで当たり前にできたことができなくなっているので、そこの大切さっていうのももう一度今噛み締めるタイミングなのかなというふうに今お話を伺いながら感じました。はい、ありがとうございます。これから助川さんすごく看護師として誇りを持って働いてるし、もっと魅力を伝えたいって先ほどから言ってるけども、今後どういう生き方、看護師としてどう生きていくのかなっていうのを聞きたいなっていうのがあります。はい、私はずっと看護師になってから病院をメインに働いてきたんですけども、日本だったりアフリカだったりちょっといろんな現場で働かせていただいたんですけれども、患者さんと関わる、生死と関わる仕事の中でやっぱり精神的にきつくなったりとか、メンタルやられてしまう時ももちろんあったんですけれども、一人の人間が人生の中で一番辛い時期に関われたことってすごくその人にとって心に残ることだよっていうふうに
患者さんに言ってもらったことがあって、それがすごく心に残ってて、今もその辛い時そのことを思い出してるんですけども、看護師としての、先ほどと同じになっちゃうんですけども、やりがいとか喜びを私はこのコロナのせいでかき消したくないし、むしろこれがチャンスだと思って、もっともっと魅力ある職業なんだっていうのを胸張って言っていけるような看護師になりたいし、これから看護師を目指す人の希望になりたいって思って、それを今度は伝えていける側に立っていきたいなって今思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでも今この瞬間も病棟で働いてる人がいるんだなっていうのは、本当に僕いろんな声聞かせていただいたんで思うんですね。で今救急の中に入ってたり、コロナ病棟で働いてる、夜勤これが今夜勤になるのかな、始まってる人もいると思うんですけど、その仲間に今働いてる仲間どれくらいいるかわからないんですけど、何千何万いると思うんですけども、どんな言葉かけてあげたいのかなっていうのを聞きたいです。そうですね、大変なこともあるけど、必ずこれは意味のあることだと思います。この時期に、コロナの時期に看護師として働いてることも、みんな必ず自分の人生に意味のあることだと思うので、それをどう生かすかは自分次第だし、マイナスに捉えてそれで終わるのか、プラスに捉えてもっと自分の人生良くしていきたいって思うのか、それは本当その人次第だし、その人の行動次第だと思うので、私はもっともっと厚みのある看護師になっていきたいって思ってます力強いですね厚みのある看護師ってなんかすごい凄みがあるよねどういう看護師なのかっていう感じだけど本当に言葉からこう、先ほどにもありました圧力であったりだとか、周りからの批判を恐れて声を発することができない同業の方々っていらっしゃると思うんですよね。今助川さんの言葉から発していただいてますけど、僕からの景色は助川さんの後ろに同じ仲間、声を発することをなかなかできない仲間の姿っていうのもなんか感じられて、それをなんか代表して、医療を代表して、そうですね、多分その複数の声ってよくここの場でも言ってるけども、それを背負って今日来てくれたんだなって本当に思いますね。ただ一方で、なんかやっぱり俺はその国の責任って間違いなくあるなと思ってて、なんかその病院と看護師、その労使の問題みたいな感じで、言いたくても言えないっていう風になんかごまかされてる感じがして、そもそもやっぱり今一番の優先事項って言ったら医療現場だっていうのをもう皆さん分かってることだと思うから、なぜそれが進まないのかっていうこと、あとはもう1980年代ぐらいから診療報酬を削減していく中で、人員がもうそもそも少なかったりとか、給料も夜勤やらなかったら17、8万円っていうふうに伺ったんですけども、そういう世界じゃないですか。だからそれはなんか、俺が言ってもしょうがないかもしれないんですけど、やっぱり国が起こしてる今の状況だよっていうのは、むしろ俺が言っていかないとっていうか、ここにいる皆さんも含めて俺らができることとしては多分そういうことだなと思うんで、改めてこの場でやっぱりこれ人災だからっていうのをしっかり言いたいです。はい、私も言いたいですもっと待遇良くしてほしいですし、そうですよね、本当にもう夜中も例えばアルコール中毒になって運ばれてきた患者さんの話をベッドサイドで聞いたりとか、暴力受けてもなりふり構わず押さえつけて、もう自分の身を削ってまで患者さんに寄り添う看護師の待遇はもっとよくされるべきだと私は思います。そうだよね、はい、そこだよな。てかなんでそんな安いんだって話ですよね。安すぎなんです本当に今国の支援だとか制度っていうところがなかなか充実とはとてもじゃないけど言えなくて、じゃあそこの責任はどこにあるんだって言ったら個々の病院に委ねられていて、じゃあその個々の病院はじゃあどうするかって言ったら、
こう看護師だとか働いてる方にその無理強いじゃないですけど、どうしてもそこにしわ寄せがいってしまう現状があると思っていて、なんかここのそもそものベースがいやいや本当そう思うんですよ。最近で言うとその経営破綻しそうな病院がその病院としてクラウドファンディングをしてるっていうことなんかもあるじゃないですか、はい、なんで病院がクラウドファンディングするんだっていう話なんですよ。そうですね。いや絶対変だなと思って、でそれはなんかクラウドファンディングしてよくやったっつってみんなその共感でお金集まるかもしれないけど、そうじゃねえだろっていうのがやっぱまあ普通に思う、シンプルに思いますね。はい、命かけて戦った結果がボーナス削減とか、ですね、もう辛くて、もう私も、まあ、違う病院ですけども、もうそれ聞いた時もう涙が出そうに辛かったし、もう実際働いてる看護師はどれほど肩をもうなんか落ち込んだんじゃないかなと思って、もうそれこそやりがいを失って看護師辞めようって思った人もたくさんいたと思うので、本当に待遇を変えてほしいなって心から思ってます。助川さん勤め始めてやっぱりその給料が例えば減ってったとか、その全然変わらないとか、なんかその辺の実感12年の中でありますか？医療現場に対するその軽視というか、そのサポートが不十分っていうところは、まあ、コロナ以前からあったと思うんですけども、はい、どんなことをこう実体験としてありますか？正直自分がどれだけ頑張ったとしても看護師って給料は上乗せされたりとかないんですよ。本当にサービス残業とか多くって、夜勤前も1時間前に行って患者さんの情報収集して点滴作ってとか、それで勤務に臨んで休憩もないまま一晩夜勤することだってありますし、もう本当にサービス残業がもう当たり前の世界で、それをみんな目つぶって当たり前にこなしちゃってるのも良くないんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりなかなかそういった現場の声が全然外に届いてないのが問題かなって感じていて、そこまで実態を僕らもちゃんと把握してないっていうのは、まあ、間違いなくあるなっていうふうに思いますね。はい、でもこうやってこういう場で助川さんがこう声を発信することでこう少なからず届いている部分があって、実際今コメント欄でも先ほどの保育士の方がすごく助川さんの言葉に勇気をもらって自分自身のインスタとかツイッターで声を発信していますと早速アクションを起こしている方もいらっしゃいますので、そういった意味では非常に力強さ、勇気、助川さんを見てまた自分も医療現場働きたいと思う人が生まれるのかなというふうに改めて感じました。ありがとうございます。それでは最後にですね、助川さんの言葉からもう一度こう会場の皆さんと YouTube の視聴していただいている方々に向けて働いているこの誇りであったりとか伝えたいことを一言いただけたらと思います。はい、私は12年看護師をやってきていて、患者さんにもらったものは計り知れず、本当にいつも助けていただいて支えられて、患者さんの言葉があったからとか患者さんのありがとうの一言でもう看護師は本当にどれだけ助けられて支えられるんだろうっていうのをもう毎日のように感じてます。で看護師もやっぱりどんな状況でも私はやっぱり嫌いになれなくて大好きな仕事で、この先も多分一生、現場に最前線で立つことは分からないんですけども、何かしら関わっていく生き方をしていくんだろうなと思ってて、一人の人の生死に関わる仕事ってもうすごく誇り持てるし、自分と関わったのが最後でよかったって思ってもらえるぐらいの、自分の親を私に預けたいって思ってもらえるような看護師になりたいって私はずっと思ってやってきたので、その思いはコロナになったからって消したくないし、この思いもずっと死ぬまで持って生きながら働いていきたいなと思ってますので、今看護師を辞めたいと思ってる人も多分世の中にたくさんいると思うし、ギリギリでなんとか現場に立ってる人もたくさんいると思うんですけれども、どんな道でさえどっちの道を選んでも後悔はしないような生き方をしてほしいなって思いますし、でも看護師やんなきゃよかったって思うのはすごく悲しいなと思いますし、やってよかったって、人の生死に関わる仕事をできてよかったって思ってもらえる終わり方をしてもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。改めて助川さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
ここにいる多くの方、そして YouTube をご覧の皆様にも大きな勇気、与えていただいたのではないでしょうか。ありがとうございます。ここで登壇は一旦お休みでございます。ここからはエコスティックスの皆様の演奏をお楽しみいただければと思います。お楽しみ、引き続きお楽しみください。ありがとうございます。
加藤茂。とりあえずこういう場ができただけでもすごいなと思います。松井さん、内山さん、米本さん、皆さん引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。エコスティックの皆様ありがとうございます。すごいですね。 YouTube を見てくださっている方からもすごい演奏に共感して拍手の嵐です。ありがとうございます。ここからはですね、改めて登壇の方に移りたいと思います。登壇に行く前にですね、簡単にご連絡事項ご説明させていただきたい事項があります。我々ドキュメメントですね、世の中社会でなかなか声を発信することがしにくい方々の声を耳を傾ける活動をしております。ぜひですね、ご支援についてのお知らせを下の詳細欄に記載させていただいております。使用目的としては本当に運営資金でございます。冒頭でも申し伝えました通り、作品で収益をというところの活動ではございません。運営資金、そして勇気を出して声を発してくださっていた登壇者のために資金使用はさせていただきたいと思いますので、ご支援についてのお知らせの方もご覧いただければ幸いでございます。
そうしましたら早速次の登壇の方にも移りたいと思います。続いてはトークセッションでございます。ご紹介させていただきましょう。歩く、見る、聞く、そして考えるドキュメンタリーと哲学でございます。まずは映像をご覧いただきたいと思います。映像の方準備はいかがでしょうか。お願いいたします。新型ウイルスの感染拡大が止まらず、世界では医療体制の逼迫が深刻な問題となっています。入院した患者が PCR で陽性になったって言っても看護師が検査してもらえない。先週から都内におきましては感染者数がさらに増加をいたしております。日本の政治っていうか本当に何もしてくれなくて、東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。もうちょっと日本人って温かくなかったっけ、日本人ってこんなんだったっけって。全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと緊急事態宣言を発出いたします。学費を稼ぐために一番いい職業だった。コロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。300件の接待を伴うお店を個別訪問をしてまいります。でバブルになったらキャバクラとかいい女求めて、ね、ギャラ飲みとかってガンガン呼ぶけど、なんだろう、そうでいざ自分がピンチになったらそういうやつらばっか先に切り離して、なんだある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんね、この域に。この店も自分の子供みたい。終わり。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮お前の生活は大した変わりがないと思いますね。Japonya büyük geldik biz. Koskoca Japonya'da bize yer yok. Hadi Baykal bir üstte diye baba derim onu. まあ自分の責任なんですかね。今こういう社会にしたのは誰ですか？安倍は貧乏やってみろ。安倍は貧乏やってみろ。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、本当に来てくれたみたいな感じになってる。そんなことは世の中であるんですかみたいな形になったから泣いてたよ。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。2020年東京オリンピック目前パンデミック国家緊急権発令愕然とするために降りてこないシードマネー首都東京新宿歌舞伎町今捕まるなんて冗談じゃねえ。焦りと怒りと絶望というか、金も回んないしどうしようもなくなっちゃって、そんな方が楽なのかなって、こんなことあっちゃいけないよなと思って。何か信じたいっていうより良い社会が出てくるとは思わない。子供たちに対する申し訳なさ。終わりかなと思ってた。ご視聴いただきましてありがとうございます。会場にはですね、ただいまの映像東京リトルネロのディレクター松井さん、内山さん、そしてですねゲストをお招きしております。ゲストはイメージ論の観点からドゥルーズをはじめとする現代哲学のほか、文学、美術、映画を読み解いていらっしゃいます立教大学兼任講師であります黒木さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。ここからはですねドキュメンタリーと哲学という観点から、対談をさせていただきたいと思います。黒木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初にですね今の映像を撮影された、きっかけをですねディレクターの松井さんにお伺いしたいと思います。はい、松井と申します。よろしくお願いします。まず東京リトルネロのタイトルのリトルネロという言葉を黒木さんから教えていただいたことが非常にこの制作において重要なことでした。
というのは僕は全く知らなかったんですけど、リトルネロという言葉、これ哲学の概念なんですけれども、いろんな意味があるんですけれども、一つの意味としてその圧倒的な不安の中で、歩いている例えば子供がいてですね、その子供がその不安に押しつぶされないように繰り返し口ずさむ小声の歌というような意味があると。で、自分の中のその安定性を取り戻したりとか、カオスに飲み込まれないようにするというような、そういう意味があるということを知ったんですね。でそのことがずっと頭に残っていまして、この先ほど見ていただいた花見の時期、3月の後半ですけれども、これを撮影する前後で、東京リトルネロというタイトルを思いつきました。というのはやっぱり日本社会の特徴として、その声が上がりづらい、やっぱり、労働運動だとかもそうですし、いろんなデモとかもそうですし、数も規模もやっぱり怒りとして結実して社会を変えていくということがなかなか起きないということもこの数年の体験で分かってましたので、その中で自分がどこに焦点を合わせてドキュメンタリーを作っていけばいいのかということを考えていて、やっぱりこれは人間の情動っていうところまで遡らないともうダメなんじゃないかっていう感覚があったんですよね。それはつまり火に触れると熱いだとか、喉が渇いたら水を飲むだとか、そこら辺まで当たり前に生理的なところまで突き刺さないと映像というものがもしかして入っていかないんじゃないか、すぐに忘却されてしまうんじゃないか、この大量の映像に埋もれてしまうんじゃないかということをずっと考えてきて、その時にやっぱりコロナが来て、こういう状況になった時にさまざまな抑圧が生まれることはもう分かってましたから、そこで、個人のこの体液みたいな自分が孤独の中で繰り返し口ずさむ、そういう体液みたいな歌、リトルネロというものを取っていったら、もしかして人間のその情動のところまで、僕はつかめるんじゃないかというか、そこまでいかないんじゃいけないんじゃないかということを考えて、そのイメージの種みたいなものがそこでできたんですよね。なのでそれをまず僕らに投げてくれた、黒木さんに非常に感謝してるんですけれども、黒木さんからそのリトルネロの概念について、僕らの映像を見た上ででもいいですし、少し広げていただけませんか。はい、ありがとうございます。哲学と聞いてなんだまた小難しい話かよっていう思う人いるかもしれませんが、リラックスして聞いていた裏話ですね、東京リトルネロの制作者の裏話を引き出せればなと僕は個人的に思ってますので、そのつもりで聞いていただければなと思います。でなんで僕は普段大学で教員をしてまして、いろいろ教えたりもしてるんですけれども、なんで哲学やってるやつがドキュメンタリーの話に関わってくるんだっていうふうに思われる方多いと思うんですが、実は松井さんとは古くからの旧友でしてね、彼がやってきたことっていうのを遠くからですけど、見てきたわけです。でその関係もありますし、また僕自身が哲学における、イメージ論みたいなことを考えている、そういう関係でドキュメンタリーの話なんかを大学でしたりしてますので、その関係でちょっと会って話したりなんかを、ここ数年続けてきました。でその中で、話の中でこういう概念があるよみたいな話で、リトルネロっていうのをお伝えしたんですね。でなんでそういう概念が出てきたかっていうと、このドキュメメントみたいなイベントをすごい不思議なイベントじゃないですか。ドキュメンタリー映像、普段テレビとか映画とか、あるいはインターネットとか通して見るっていうのが、ドキュメンタリーの在り方なんだけれども、こういう人が集まってまたみんなでいろんな意見を出し合って、当事者の方被写体の方をお呼びして発言してもらうみたいなことを、感覚的にやられてきたと思うんですね。でその中でじゃあドキュメメに関わってる人も
どういうふうにじゃあもっとこの輪を広げていったらいいのだろうかって考えて、どういう言葉で伝えればもっと広まっていくんだろうみたいな話の中で一つ出てきたのがこのリトルネロっていう概念です。でこのリトルネロって概念はもともと音楽形式を指す言葉、英語で言ったらリフレインみたいな音のなんか繰り返しメロディーであったりリズムであったりってものの繰り返しの中の最小単位のことを言うわけですね。なんですが、これを哲学的に概念化したちょっと小難しく聞こえるかもしれませんが、僕が主に研究してますドゥルーズっていう哲学者であったり、あるいはドゥルーズとフェリックス・ガタリという、精神分析ですけれども、この2人が、概念として提示したものです。でこれが、どういうものかって言いますとね、今松井さんがおっしゃってくれたこともそのままですね。で僕なりにもうちょっと分析すると、一つはこう暗闇の真っ暗な中で何にも音が聞こえない中でもう目を開いても何も見えない時に暗がり自分がなんか自分の存在というものがなんか溶け出すような、本当に自分ってあるのかなみたいな感覚に陥ることって多分あると思うんですよね。でそんな時に自分が何だろう、自分はここにいるよってことを示すために音を発する、そういうのが、まず自分ってものの始まり、自分がここにいるよっていう、主張だし、そして、それからそれは一つの音楽にもなるわけですよね。つまり全く音がない中、あるいは雑音に埋もれた中で、その中で一つメロディーとして立ち上がってくる、一つの塊として聞こえてくるもの、それが音楽にもなり、そういうなんていうちょっと硬い言葉で言えば美学的な側面、それから自分がここにいるよっていうことを他者に対して主張するならば、それは政治的な次元も含まれてくる、そういう複数の層がある概念なんですが、これをいろいろ話の中でリトルネロって言葉をディレクターの2人に投げかけたら、それいいねって。で彼らが感覚的に、理解してきたことを表現できるような概念なんじゃないかってことをおっしゃってくださって、それが題名になったかというふうに、思ってます。ありがとうございます。僕リトルネロの裏話になるんですけど、編集室をリトルネロの放送の前、1ヶ月前に決まったんですけども、前の予定していた NHKBS の放送が突然なくなってしまったから、お前らやってくれないかというふうな声がかかって、それで急遽やることになったんですね。で、僕と内山さんともう一人久保田君で3人でマンスリーマンションを借りて編集してたんですけど、最初の試写の時に非常に面白いことがあって、その風俗嬢、先ほど見ていただいたその風俗嬢の映像をですね、内山さんが作っていまして、その印象的なカットでシャワーを浴びたりとか背中が見えたりというところがありました。これが非常に公共放送でかけるのはどうなのかというところの判断っていうのがやっぱり一試写っていうのはあるわけなんですけど、そこでやっぱり、これなくてもいいんじゃないっていう話にやっぱりプロデューサーの側からあったんですよね。逆にその勘違いされちゃうんじゃないとか、その受け取り方が複雑だから話が濁るんじゃないかっていう言い方ですね。それに対してちょっと内山さんが答えたことが非常に面白くて、いやこれはこの体がこの言葉なんだよっていうふうに言ったんですよね。でそれでもう誰も何も言えなくなってそのまま使うことになったんですけど、ちょっとそこら辺のことを僕も聞いたことないんで、教えてもらえれば。僕は単純な人間なんで、なんか自分の心が動く瞬間みたいなものにただ乗っ取って映像を作ってる、だけの人間なんだけども、言葉が宿るところどこなんだろうって思った時に、その体の中から発しられることだし、心っていうものが形があるかちょっと分かんないんですけど、その中から出てくるものだなと思った時に、
風俗で働いてる女の子はまさにその体が言語だなっていうふうに思いながら映像を撮ったんですよね。でこれに尽きるっていう感じなんですけども、その体身体が発する、響きっていうか、小さなあれ撮ってて本当に思ったのは、もう本当まさにリトルネロだなと思いながら、歌ってはいないんですよ。歌ってはいないんだけども、彼女が歌ってるように僕には見えた。でもっと言うと街でさっき言い切れなかったけども、本当に行き場がないようなさまよう人たちをこうなんていうのかな、抱擁するような街に見えたんですね、僕には。でそれはなんかもっと言うと、なんかお母ちゃんのその体内にいるような感覚に思えた。だから渋谷の最後街の大福館で終わってるっていうのもあるんですけども、なんかこうどんどん遡っていくと、その母体に戻っていくような感覚、これもすいませんね、感覚の話で申し訳ないんだけど、そういうものを映像にして届けたいなっていうことを思ってたから、何言われようが、こうなんですって言い切ってまま放送したっていうのが背景です。よろしいですか。まずですね、単純にこのドキュメンタリーの話はいつもしてきたんですけれども、このコロナ禍になった時に、僕自身は大学で教員してますんで、オンラインってなって、今でもオンラインでずっとやって、一日中家で画面に向かってずっと作業してるんですね。で学生も画面に向かって、もう人と話すより多分一日中画面に向かって、画面とね向かってる方が普通の自然とか眺めるより圧倒的長い時間になって、そういう生活になっている。いやそれはもちろん改善したいとは思ってますけれども、そういった状況の中でまず外に出て、題名にもなってますけど、現場にまず出て行って人の話を聞いてくる、何が起こっているのか歩いて聞いてくる、見てくる、そしてその場で現場に行ってその声を拾ってきてそれを届けようとする。でそれを実際にやってる人がいるっていうのは単純にかっこいいなと僕は思って、僕は哲学とかやってますから、ずっと家で本ずっと読んでるわけですよ。そうするとこの言葉に全然本当こんな言葉を何に現実に役立つんだろうみたいなことを思う時は当然あるわけですね。なんだけどそれを現場を歩いてる彼らに振ると手応えが感じられて、それがもう僕は嬉しくてですね、そういう対話を続けてきた。だから僕自身は外出て人の話を聞いたりとかしたくてもできないし、じゃあお前がドキュメンタリー撮れって言われて多分できない、そういう才能は全くないんで、そういう単純にかっこいいなっていうふうに思って、で今のお話っていうのはただ単に、画面にイメージを映し出せばじゃあそれが何か伝わるのかって言ったらそういうことではないってことだと思うんですね。でじゃあ例えば報道番組とかでいろんなインタビュー、街頭インタビューとかいろいろありますけど、そういったただ声を取ってくれば視聴者に伝わるかって言ったら、そういうわけでもない。じゃあどうすれば伝わっていくんだろうってことを、いろいろ2人はさまざまなことを考えられて、それでああいう形の作品になってると思うんですね。でその時の一つのキーポイントがその身体性であるみたいな話はなるほどなっていうふうに思いますね。逆にお聞きしたいのはこの声を届けようとする時に当事者の方とかその現場の方とかの声を届けようとするドキュメンタリー電波に乗せて届けようとする、作品にして届けようとするときに何を一番ポイントにされているんでしょう。俺は短いからまず言いたいんですけど、その当事者とかその出てくれる人のそのありのままの思っていること、
それがストレートに届かないんだったらもうこの仕事やる意味ないっていうことを、その挫折も含めてあったんで、まずそれがキーポイントにあるんですよね。でそのテレビとかやってると、その編集の都合上だったりとかナレーションでナレーションがあってこう聞いてくださいっていうような、こう見てくださいっつって聞かせるみたいなこと、それはなんかその誰の声なのっていうのがそもそもあるんで、リトルネロはナレーションもありません。それはやっぱりその本人たちの思っていることだったりつぶやきみたいなものをこう重ねていくことで、そのなんつうのかな、ナレーションを必要としないで、もっとその情感に訴える、感情に訴えるみたいなことを意識してやってますね。はい。はい、そうですね、ちょっと思い浮かべたのが、こう編集していて、そのリトルネロの中に仮放面のアリさんが出てくるんですね、クルドの方で。で、久保田君ディレクターが撮ったんですけども、変なもんが撮れちゃいましたっていうふうに編集室に帰ってきたんですよ。でそれを見てみたら、そのインタビューしてる途中に寝ちゃいましたっていう、アリさん寝ちゃったんですよって言って、で電話でそれすごいねっていうふうに俺言ったんですよね。そういうことが起こるんだっていうね、一番無防備な姿をカメラの前で見せる人がいるんだっていうこと、しかも1対1で話してる途中に寝ちゃうわけですよね。でそれはもちろん背景としてはずっと仮放免の生活をしていて、たくさん精神病の薬も飲んでいてっていう中での睡眠なんですよ。だから深刻な意味での突然寝てしまったっていうふうにも取れるんですけれども、それにしてもあまりにも無防備な姿を見せてくれたわけじゃないですか。僕はやっぱりそれをどう編集するかという立場になった時に、どうとでも撮れるわけですよね、映像は。非常に失礼な言い方をしちゃうと、すごくだらしないようにも描けるし、その先ほど言った精神病の話を入れた上で、その理由があるというところも見せれるし、それに気づかせることができるわけですよね。つまりただ一つ確かなことっていうのは、アリさんが全部を晒してくれたこと、カメラの前で。だからカメラの前で出ている人がもう全部やってると思うんですよ。こう自分の体全体を使って何か綴ってくれてるんですよね、物語というか、その肉体を使ってやってくれてるんですよ。つまり僕らは肉体を運んでることになるわけですよ。だからそれをずっと考えていくと、そこから何か方法が決まってくる。つまり僕は結局入管のロングショットで、中から手を振っている人がいて、その後に、アリさんが眠るっていうところを入れましたけども、つまりその文脈、彼が示してくれた、彼が全身で綴ってくれたことを僕は文脈の中で間違えてはいけないんですよね。だからそれがやっぱり映像っていう像を立像することなんだと思ってるんですよ。だから僕に何かテクニックがあったりっていうことではないし、そんなに器用な人間でもないんで、それをもうすでに示してるっていうことですね、カメラの前で彼らが。だからそのことを僕はどれだけそのモードレスに聞いて見て拾えるかっていう、そういうポジションに常に最後まで入れるかっていうことが問われてるんですよね。そんな風にして声を運ぶっていうことをやってると思います。はい。非常になんていうんだろうな、こう創造性の根源的な話にいきなり入ってしまったシーンとなっている。だけど非常に面白いなって思ったのは、一つはやっぱりこうドキュメンタリーを撮る人っていうのは、こう自分自身の世界を表現するためにそれだけに全てをこう従属させる形で表現するんじゃなくて、被写体の方とかがいて、被写体の方との関係性で生み出していくものであると。でそうなった時にやはりこう
どういう関係性を持つのかによって出来上がってくる作品も変わってくると思うんですよね。でどう撮るかってことも変わってくるし、その人の現実の関係性がその作品として生まれたところにもこう反映してくるわけで、そういったところこの倫理的な問題とそれから美学的な問題が交差してる。でそこを真摯に考えてできたのがこういった映像なんだってことが非常に分かって面白いなっていうふうに思いましたね。でそれからやはりドキュメンタリーの声を届けるってことが非常に大事だと思うんですが、その声っていうのはこう必ずしも音声の声だけではなくて、その人たちがこう振る舞いであるとか表情であるとかそういったものを全部こう含めたものであって、むしろこう情報として流通しているようなものとは違う具体的なものをこうイメージによってどう伝えるかってところを非常に深く考えてるんだなってことがよく分かりました。単純に僕思うところは、その撮られてる側の人たちっていうのはどういうなんていうのかな、その変化だったりとかその映像にしていく中で何が残ってるのかなっていうのは逆の立場でなったことがそこまでないので、それはすごく考えることあるんですけども、この話してっていいのかな。一個だけ印象に残ってるのがドキュメント第1回にも出てくれた中国残留孤児2世として日本に来日したワンさんで、その後チャイニーズドラゴンっていう今準指定暴力団に指定されているドラゴンっていうところの創設メンバーの方、今日も来てますけれども、その人が言ってくれたことですごい印象に残ってるのが、そもそもその当事者が発信すればそのまま発信すればいいじゃないかと、なんで第三者が介在するのかっていうことはよく思うんですね。でワンさんが言ってくれたのは人が生きていくときに誰か自分のことを記憶とかしてくれない人がいなかったら自分がいなかったことになってしまうっていう言葉を言ってくれて、だからその第三者が何かこう映像だったり関わって残していくってことは、僕にとってはその外部ハードディスクのようなものなんですっていう言い方をしてたのが、すごく彼らしくて面白いなと思ったんですね。でもう一個思うのは多分その当事者発信、自分だけでは発せない領域って必ずあると思っていて、でそれをその第三者だったりとかカメラを持った人間が介在することで、その当事者発信がさらになんかこう違った形でこう変化していくと。でそれは本人撮られてる方にしてはもしかしたらこう嫌だったりとか違うっていうことも多分経験されるんだと思うんだけど、いい方に作用すれば本当になんていうのかな、この人間と人間のこう間っていうかね、響き合った間の中で残っていくものになるんだな。でそれは自分が生きた証になったんだなっていう、ワンさん言ってくれたからそう思ったっていう感じなんですよね。でワンさん今日来てるんで、なんかこう撮られてる側の話をちょっと僕自身が聞きたい。ちょっと呼んでもいいですかワンさんいらっしゃいますか。ご登壇いただけますかね。ありがとうございます1年目突然呼び出してしまったです。失礼しましたよく聞いてなかったんです。改めてそのワンさん、ワンさんと歌舞伎町に飲んだ時にゴールデン街か、なんかタバコ吸いながら言ってたじゃないですか。なんかやっぱり映像があるから俺って10代も生きてたんだなって分かったっていう話だからその映像がなかったら俺が生きてたってこと分かんなかったっていう、逆に言うとね、そんな話をしてたじゃないですか。はい。なんか刑務所に15年いて、その時に錯覚を起こしてて、俺が刑務所で生まれて
今までそうだったんじゃないかみたいな錯覚を起きた時期もあるし、で刑務所に入ってもともと更生する気もないし、ただ記録を残したいと。やっぱこれからこの場所に15年生きるっていうことは良くも悪くも変化するはずですよね。だから日記じゃないけど今世間に対しての見方とか残してて、で、出所してから内山さんと知り合ってなんか映像撮りたいって言われて、その時あんまり深く考えてなくて、その自分に対しての記録の延長で撮ってもいいよみたいな話してて、それでそういえば10代も撮られてたなと思って TBS の報道特集のそうです、ね、昨日赤平さんって報道特集のキャスターが来てくれましたけど、僕も見たけどすごくワンさん14歳の頃の映像でしたよね。だから今48ですけど結構記憶って美化するから何歳何してたか全然ちょっと辻褄合わないとこあって、それを改めて自分で過去の映像を見るとあの時のことを思い出して生きてたんだなって。しかも結構恥ずかしいことを言っててそれは照れながらも実は首相後に5回ぐらい見て、で内山さんに映像を撮られる時にYouTube にアップするとかその話してて、ちょっと YouTube どういうもんか理解してなくてって OK したんだけど1年ぐらいしてから普段いつもネズミのトラップとかそういう YouTube 見るんですけど初めて自分の見たんでってしたらコメントも載ってるの見てすごい面白くて、実はその YouTube のおかげでその後テレビ新聞取材いっぱいあってちょっとプチ有名人になってちょっと本も売れそうでありがとうございました何を話してるのかはい、ありがとうございます。すみません急にお呼び出し、黒木さんにちょっとお聞きしたくて、今ちょっと撮られる側の話として出てもらったんですけれども、非常にカメラっていうものはやっぱり僕ら使ってと思いますけども、取材してるとこんなにうまくワンさんとカメラの関係のうまくいくものばかりじゃなくて非常に暴力的なことの方が多いわけですよね。すごく僕らもなんか撮ってて拒まれたり逆にものすごく愛されたりとかすごく極端なんで、なんか自分らってどういう存在なのかなっていうのがよく分からなくなるんですよね。ある取材先ではすごく求められて、ある取材先ではものすごく拒まれたりするんですよ。なんかでもやっぱり何か記録することには、ワンさんみたいに話してくれた何か誰かの記録なんですけど誰かの記憶になるっていうことが起きるんじゃないかっていうことは僕らにとってはすごく希望でもあって、なんで続けてるんだろうってすごいボロボロになりながら思ったりするんですけど、そういうことっていうかな、なんていうかな、自分が信じていいものとして今僕はドキュメンタリーの制作っていうのを思ってるわけですよね。何かそこのこと例えばよく黒木さんがドキュメンタリー制作者っていうのは何なんだっていう話をお互い2人でしたりすると思うんですけども、なんか僕らのことを見ていたりとかドキュメントを毎回参加してもらってどんな風にその考えっていうのは今変化してっているんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そうですね。2つぐらい言えるのかなと思います。で、1つはやっぱり、今のこの記憶とか記録の話がありましたけど、なんでそういうことをやっていくのか、撮る時点では、後に記憶になるのもそうだと思うんですけども、その撮る時点では、
被写体との制作者との関係で新たな物語をこう作っていくことでもあると思うんですね。だからワンさんの物語を作れたってことだと思うんですよ。でこれ今度この未来も続くかもしれない。ワンさんが有名人になってで、ね、撮った方にも撮った方のドキュメンタリーも生まれるかもしれないわけですよ。本も売れて本も売れてね。でそういうふうにするとこう物語がでそれっていうのはもうすでに作られた物語と違う物語を紡いでいくっていうことだと思うんですね。それをドキュメンタリー制作者はこう被写体との関係において一緒に物語を作っていく。でそれが何で意義があるかっていうと昨日の Day1 の時とか聞いてていろいろ考えたんですけどウイグルの方とかモンゴルの方の今の苦境のお話があって、で彼らはこう言葉を奪われてるんだって話がありました。であれはもう中国政府の中国の物語に自分たちが従属させられてしまってる。そうじゃなくて中国の民主化も求めるんだけどそれ以上に自分たちのアイデンティティを作っていきたいんだっていう発言がありまして、非常になんていうの感銘を受けたというか非常に刺激的だったんですが、それなんかもまさに自分たち今既存の物語から脱出して自分たちの物語を作っていくでそういうことなんだと思うんですね。でやっぱりこう抑圧する人っていうのは言葉をとにかく奪いますから、言語を奪うなんて一番極端な形ですけどもっとこう忖度しろとかって喋らせないようにするわけですね。だから喋らない言葉をどんどんすごく巧みな仕方でこう言語を奪うっていうのはもうあからさまですけどもっと巧みな仕方でどんどん人の言葉を奪っていく、声が届かなくなっていく、そこが一番僕は大きな問題だと思ってます。でそれに抵抗するっていうとちょっと大げさかもしれないけどそういう物語を作っていくんだっていうところですね。でその際にそれでもやっぱり自分の人生なのになんでこう第三者が介入してドキュメンタリーにこう作品にしなきゃいけない、普通におとなしく生きていきたいのになんで自分がこう人様に出てってそういうことを取られなきゃいけないんだって反発ももちろんあると思うんですが、そういう時重要なのは僕はこれは今日一番言いたいことですけど最近こう言葉を発信するってことも大事なんだけどその前にまずこう聞いてあげられる言葉をこう発信できる環境を整えてあげるってことの方が、もっと根源的に重要なんじゃないかなと思っていてドキュメンタリーの方はそれをやってるんじゃないか。でその際にじゃあこの被写体にとって一番いい方法はどういうなのかなっていうのを共に考えていくと思うんですね。例えばただ単に声が小さいだけだったらマイクをこう渡して音量を上げれば伝わるのか、あるいは他の人と結びつけてあげることで語りにくかったことが語れるのか、あるいはもうすでに力強い言葉を本人は持ってるんだけどチャンネルが持ってないからそのチャンネルと結びつけてあげればいいのか、そういったことをメディア横断的に考えていけるのが今のドキュメンタリー制作者なんじゃないかな。そしてドキュメントってこのイベントもまさにそういうこと、なんじゃないかなっていうふうに僕は感じてます。ありがとうございます。本当になんていうかな、僕が何をやってるかっていう話を思い出しながら聞いてたんですけど、やっぱり何かの準備をしたりステージを作るっていうことをずっとやってるんだと思っていて、ディレクターを始めた頃は例えば質問をちゃんとした質問をしなきゃいけないみたいなことで何度も質問を書き直して10個に絞って質問は忘れないようにしてカメラの前に行ったんですけども、それがどんどんなくなっていったんですね。何か聞くっていうこと、相手に問いかけるっていうことだけをこんなに研ぎ澄ませていいんだろうかっていう気持ちになってきたんですよ。っていうのはまだ喋れる状態じゃないかもしれないじゃないですか。喋れる関係じゃないかもしれないじゃないですか。
そういうことを無視して鋭い質問ばっかりしてどうするんだろうって俺思って、そしたら相手も言葉だけになっちゃうじゃないですか。いろんなものをなんかもうその時点で自分が能動的になることによって相手をすごくなんていうかな、欠けた存在として取ることになってしまうわけですよね。それはやっぱり何かが違いますよね。なんでなんていうかな、僕はすごく曖昧に喋るとかいろいろ言われるんですけど、話が長いとかつまりこうはっきりとこう喋らないとか、なんていうのかな、相手の方が喋りたくなるっていうか、あ、それこうなんだけどねっていうふうにこう喋り出しちゃうのを待ってるんですね。それ促してるっていうか、そういうもう存在というか、ぐるぐる回ってその舞台を作って、その人の声がこうポンって出てくるところまで待ってるっていうことなんですよね。なんかそんなことを思いながら、はい、聞きました。すごくヒントになりました。ありがとうございます。いや、今黒木さんのポイントでなんかその既存の物語から自分の物語を作っていくことっていうことと、あと聞く環境を整える仕事、職人みたいなことなんだと思うんだけど、それが自分たちはそういう認識はあんまりないかったから、そのワードとしてもらえるとすごく再認識できるなと思ってて、今その聞く環境を整えるっていうことがあまりにもないっていうことを言ったのは、僕の普段の生活でもすごく分かるなって思ってて、この会場にいる皆さんも多分ゆっくり誰かにこう話を、取り留めもない話、意味があるかないかも分かんないような話聞くっていう時間がないっていうのが現状だから、それをこうなんていうのかな、整えて何でも言ってくださいとか、まだ言葉になってなくても聞きたいですっていうことは常に意識してるんで、なんかこう今黒木さんが今日一番言いたいことって言ってたのはなんかすごく腑に落ちる感じがしますね。でもそれなんで今日言おうと思ってきたんですか？それはすいませんね単純に聞きたいの。いや、単純にそうですね、やっぱりこう、僕が最近考えてるのはラディカルなことって本当なんだろうって、声でかくしてなんかしびれるパンチラインとかもあるし、なんて言うんだろう、大きな声出した人がこう届きやすいけど、もちろんそういう怒りとかっていうのはどんどん出すべきだと僕は思ってるし、当事者の方とかしかわからない事実っていうのはたくさんあると思うから、怒りだけでも共有した方がいいし、でここにいらっしゃる方なんかみんな得意な人っていうかなんで、そういう人たちがどんどん発信してくれればこう視聴者の方とかも共感しますとか、そういう輪が広がるだけで変わってくると思うんですね。でそれは大事な一方で、やっぱりこう声が大きい人の中でこう埋もれてしまうこととかってもあるし、なかなかこうブラック・ライブスマッターみたいな感じで運動とかって大きくならなかったりするじゃないですか。でもこうみんなそれぞれ考えていろいろ辛い思いもしてるし、でそういうことをちょっとでも声に出せるような、小声でも声に出せるようなそういう環境っていうのは僕は非常に特にこの日本では重要なんじゃないかなと思って、なんで喋りやすい空気を作れるように率先してわけのわからないことを喋ってます。ありがとうございます。それこそ本当に埋もれやすい声に耳を傾けて届ける、その声を届けることでその人の新しいストーリーがこう生まれていくっていうところのこの現場にドキュメント自体もなれればいいなっていうふうに改めて感じましたね。いや、うまくまとめてくださってありがとうございます。これが仕事だからね。いや本当に概念っていう部分が映像を通してディレクターの力でこう体現というか形になって現場に足を運んで声を聞いてそれを形にすることで本当にこういう場が生まれていると思うので、その概念を改めてねベースを再確認させていただいたなと思っております。ありがとうございます。黒木さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。なんか呼んどいて何しに来たんですかみたいなすいませんねでも本当に再確認できましたね、ドキュメントのあるべき姿が。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いては映像の登壇ですね。ご紹介させていただきます。続いては、コロナ禍で、戦う姿勢を見せている若者たちの姿を見ていただきたいと思います。20代、30代に特に呼びかけたいという思いが強くあります。まずは映像をご覧いただきたいと思います。私たちは戦うことにした。毎月ちゃんと給料が支払われないと生きていけません。アルバイトの私たちが自らユニオンで立ち上がって休業保障を求めています。私たち自身が戦うしかありません。この町ただひたすら会社に通うためにあるような分刻み秒刻みでどんどん働く人が都市部に送り込まれていくっていう、父親日本のサラリーマンみたいな、大企業に就職して働いてきた人なんですけど、企業で働く中でどんどんそのメンタルが要はやられて、で母親が低い給料でなんかすごい働かなきゃいけないっていうのを見てなんでこんな家に生まれたんだろうみたいな、同じような道たどるんじゃないかみたいな、運命なのかなみたいなのは思ってたんですよね。大学院進学したいと思って塾講師ならお金を貯めれると思って始めたんですけど、4月に休業になって給料支払われてないので、僕が休業保障ありますかって聞いた時も、なんか休業保障するのが最善だと考えているが義務はないみたいな感じで、もうそんなんで休業保障しないって決めちゃうことができちゃうんですよ。それ全然別に企業はなんていうか僕らのことなんてどうでもいい存在なんですよ。もう先があまり良くないので、だったらもう自分たちで戦って働いてる人がバカにされないような、社会を作るために戦いたいというか。休業していた期間の賃金を 100% 保証してください。生徒の都合で生徒が来なくてってそうなことで、んですよね。はい。それ何コマ分？それは1コマですね。1コマで。じゃあここも請求しよう。ここ払われてないんだよね。払われてないです。ただそれでもなんか口頭でいや休業出ないよみたいな感じのはあったんで、みんな多分それでもう結構巻かれて出ないんだ。はい。もうちょっとだってこちら、赤文なんですけど山田です。100% の休業保障と労働環境の改善を求めて、ブラックバイトユニオンに加入し、団体交渉の申し入れを今日行いました。この間、ブラックバイトユニオンに寄せられているちょっと相談を簡単にご報告します。19歳女性アルバイト、塾、3月から4月、生徒が来れないという理由でシフトが完全になくなった。その間の保障に関する連絡は一切ない。母子家庭で生活に余裕がない。20代前半の女性、居酒屋アルバイト、仕送りはもらっておらず生活費として月に13から15万円程度稼いでいた。それがコロナの影響で3万円から4万円にまで減少。休業保障が出るかわからない。20代前半のアルバイトの方、居酒屋で働いています。休業保障は出ているが月の給料の10分の1程度生活ができないため有給を申請しましたが、休業保障も出してやってるんだから有給とかいきなり何と拒否されました。店長に休業保障はないのか聞いても無視されている。来月から学校に通うための交通費を捻出するのに困っている。突然解雇されました。雇用保険に加入していないが失業手当をもらいたいです。4月の下旬、コロナ等で
6月末で退職してくれと雇い止めにあった。戦わずしてより良い環境、より良い社会が出てくるとは思わないんですよね。もう一人一人がもう最前線で自分とその仲間のために戦うみたいな。あ、こんにちは。本日の団体交渉の件なんですけども、事前にご回答をいただけなかったので、いやメールをお送りしまして、じゃあそうしましたら、こちらが、3名の、人数制限をさせていただくことに関して合理的でないっていうご返信いただいたんですけども、合理的でない理由をお伺いさせていただいてもいいですか。とりあえずちょっと会議室にさせてもらっていいですか。それ見て判断します。で、定員が10名の、会議室になりますので、こちらの3名広めの会場を用意してくださいって伝えてるんですけど、広めの会場を用意していただきたいっていう旨は昨日の、メールになりますし、その広さの定義っていうのは、なので最初に伝えてるんですよ。人数制限受けられないし、だったら Zoom でやりますかってご提案もこちらしているのにかかわらず、どちらこの会場でやりたいっておっしゃったので、そちらが入れる人数、広めの会場を用意するのは当然ですよね。なんで用意してないんですか。Zoom に関しましてはセキュリティの問題に関して授業普段 Zoom でやってるじゃないですか。生徒の個人情報全部出ちゃうんですよ。それはいいんですか。だからさんここに来たらもう交渉できるじゃないですか。なんでやらないんですか。わかりました。じゃあこの場でお待ちください。本社の方ですか。どなたですか。関係ないなら、方ですか。の人誰。私が株式会社、でこの人とこの人誰。いやいいですじゃなくて、いや団体交渉立場はっきりしてくださいよ。だって団体交渉の場には直接労使関係にある人しか来れないんですよ。ね、誰だから本部の人です。の人ですか。どっちですか。誠実に対応するって言ったんだから。今団体交渉の場ではありませんので。いいから誰なのかはっきりしてください。団体交渉には誠実に対応します。だからしてないから。口だけ誠実言ってもダメだよ。こちらのご要望にお答えいただけないようであれば、労働委員会の方に申し立ていただいて構いません。それは今断固拒否ですね。じゃあもういいよ。じゃあ団体行動を行いますので。はい。不当労働ですよ。団体交渉拒否ということで。まるで今コロナの危機が去ったかのようになっていますが、一人で泣き寝入りをしたり誰かが助けてもらえるのを待ってる暇なんてありません。そんなことしたら簡単にアルバイトのやつらなんか使い捨てすることができるって思わせてしまいます。私たちの生存権を守るために当然の権利を守るために一緒に戦っていきましょう。これって別に父親が弱いとかじゃなくて、満員電車で揺られてそうやって暮らしを保とうとしても結局、体壊すし心もやられるっていうのはなんかもう選択肢がなくなってるんだなっていうのは気がつくようになって。ユニオンの戦い方っていうのは誰かに助けてもらうために戦うんじゃなくて、自分たちが暮らしていくために生きていくためのものをなんか勝ち取るためにあるので、戦うのはただ単純に生きるためっていうか生きているってことですよね。ご視聴いただきましてありがとうございます。それではですね、登壇のしていただくお二人を紹介したいと思います。 NPO 法人ポッセ事務局長の渡辺さん、そしてニューヨークに留学中に社会運動を学び労働運動に取り組む Z 世代山本さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。じゃあまずはお二人にですね、2020年の活動内容といいますか、活動内容についてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はじめまして、NPO 法人ポッセの、渡辺と言います。
今映像を見ていただいたのもコロナ禍の取り組みの一つなんですけれども、僕たちは普段ポステはもともと若者の労働問題貧困問題に取り組む NPO 法人で、ブラック企業とかブラックバイトってそういう問題ずっと取り組んできたんですけど、やっぱコロナが起きたの、が来たのが2020年の2月、今年の2月ですね。その2月末からコロナ関連の相談がすごく増えてですね、で11月末までにコロナ関連の相談が3300件ぐらい来てる。その量来てたんですね。めっちゃ来ました。で僕たち普段年間で2000件から3000件ぐらい受けてるので、もうちょっと半端じゃない量でしたね。だからどれだけやっぱりコロナで働いてる人たち、労働市場への影響がどれだけ大きかったのかっていうのが、この数字だけでもすごくよくわかるかなと思います。でその中でやっぱり僕らが取り組んできたことっていうのは特に今回コロナで影響を受けた人たちって女性、それから学生、それから両者に共通するんですけど非正規で働いてる人たちなんですね。で休業になって、全然休業保障されないで、もともと給料も低いし貯金もないし、休業保障されなかったらもうほとんど失業してるのと一緒ですよね。でもう家賃も払えなくなるとか生活できなくなるとか、そういう人たちがものすごい4月5月いたんですよね。でその中でじゃあその人たちかわいそうだねとか助けなきゃいけないよねと言っていても状況一切変わらない。やっぱりそういうふうに切り捨てられてしまった人たちが自分たちで声を上げて、でコロナだから仕方ないよね、ステイホーム頑張ろうねみたいな空気が4月5月半端なくあったと思うんですけど、で企業の側も言うんですよ。いやコロナだから仕方ない、不可抗力だから私たちは休業保障しませんみたいなことを、すごい言ってきたんですね。その中でやっぱり切り捨てられてしまった人たちと一緒に責任を取らせるっていう、いやあなたたち普段非正規を使って非正規を活用して利益上げてるんでしょ、企業回してるんでしょ、でそれ危機が起こったら簡単に切り捨てるってそんなん許されませんよって、きちんと休業保障をしっかりやってください。で今回政府も雇用調整助成金とかいろんな制度を拡充してきちんと休業保障してください、雇用を維持してくださいってことをやっていったわけですね。だから企業の持ち出しなしで休業保障が本来できたはずなのに、その中で非正規がどんどん切り捨てられていく、その問題にどう立ち向かっていくのかってことが本当4、5、6月の僕らの取り組みでした。でその中で、今日映像出てる映像の中では山田さんになってましたけど山本君が休業保障やっぱり求めて戦っていくことをやらないとこの状況変わらない。でもなかなか非正規の人たちって生活も厳しいし、戦ってこの状況を変えていくっていう文化が日本にあまりにもないから、戦いましょうって言ってもいや怖いし、いやそんなことできるんだろうかみたいなやっぱ思っちゃいますよね。だからその中でまずは戦う姿を示していこうってことで山本君と、5月か、5月やろうってことを決めてやったって感じですね。やっぱ僕もこれ休業保障を求めてるんですけど、僕その休業保障が欲しい、それだけじゃなくて実際にやっぱさっき渡辺さんが言ったようにやっぱ戦う姿を見せて他にもやっぱ休業保障が支払われてなかったりコロナ禍で散々な目に遭ってるような労働者たちと一緒に戦いたいっていうことで声を上げるためのきっかけを作るために僕はこれを始めて、でこの僕の戦いの途中にも6月だとかに新たにブラックバイトユニオンにその学生がなんか相談とかに来て、それでいや私のところも休業保障支払ってないだとかそういうのがあるのでちょっと一緒に戦いたいですみたいな感じで戦いを作っていくっていうことを僕たちはこのコロナ禍でやってきました。ありがとうございます。それこそ本当に企業側としてはいやコロナだからっていうこの切り札かのような回答で全部それで済まそうとするけど、
そうじゃないよねっていうところで戦う姿勢を見せているっていうことですかね。なかなか自分の立場、個人だとそこで個人対企業で戦うエネルギーっていうのがなかなか持てない方も多いので、そういった方の相談を受け付けているっていう形ですかね。そうですね、やっぱり権利行使って、個人でやるのって本当に大変っていうか、無理だと思います。やっぱり企業の方が圧倒的に力が強いですよね。お金も持ってるし権力もあるし、雇う雇わないって企業が決められちゃうし、一方で働いてる人たちっていうのは雇ってもらってお金をもらわないと生きていけないっていうやっぱ立場が弱いので、一人で非正規の人がすごい不安定な状況で払って、で実際休業保障を求めたらクビにされたって人も結構いるんですよね。いやお前何言ってんだ生意気だみたいな感じでいきなり首を切られるって人たちも結構実はいたんですけど、やっぱり労働者って個人だとすごく弱い。でも普通に考えて、例えば彼は塾で講師やってたアルバイトやってましたけど、もうほとんどその塾なんてアルバイトの講師で回ってるわけですよ。経営者なんて1人2人ぐらいいるだけで、ほとんどがアルバイト講師でその塾の経営って成り立ってる。だから本当は労働者がみんなで力を合わせて協力して声を上げてったら、本当は強いのは労働者の側なんですよね。でもみんな今日本社会でみんなそれがバラバラにされちゃってるから弱い。だからそこをどうやって結びつけてで戦っていくのかってことを、相談を受けながら一緒に仲間たちで集まって戦っていくって、それがもう本当にずっとやってることでしたけど、コロナの中でもよりそれを、やろうっていう、より弱い立場の人たちの労働問題、それをやっぱりもう明らかにやっぱコロナで起きたことって不公正の問題だと思うんですよ。非正規の人たちが簡単に切り捨てられる危機がもうすごい増えてますよね、今非正規の人たち世の中に。で多分サービス業なんですよね。コロナで対人サービスのサービス業が一番最初に影響を受けた。でそこを回してるのはほとんど非正規雇用の労働者たちなんですよ。でその中には学生や女性や外国人労働者がたくさんいるんですね。そういう人たちが社会を回して支えてきたのに、コロナになったらあっさり休業保障もしなければ首も切るって、こんな不公正許されていいのってところでやっぱり声を上げていくような運動が必要だったし、僕らはそれをやってきたのかなって思いますね。それこそなかなか分断されている中、声を上げづらいだとか声を上げていいのかもわからないっていうこの皆さんの立場があると思うんですけど、一方本当に身近で学生とか女性の方々、外国の国籍の方、外国籍の方もですけど、本当に身近で本当に近くにそういった立場の方っていらっしゃるじゃないですか。会場にも学生の方いらっしゃいますし、オンラインで視聴していただいている方々も同じ多分立場になっている方もいらっしゃると思いますので、ぜひともこのコメント欄とか会場からもそういった実際働いている場から働く場を奪われてしまったという方がいれば声を上げていただきたいなとも思います。実際今働いてみてコロナの影響、例えばですけどコロナの影響で働く環境が大きく変わってしまったみたいな声っていうのは実際にあるんでしょうかね。 YouTube 側でもいらっしゃいますかね。実際龍馬くんとかは今学生で多分バイトとかもしてるかと思うんですけど、実際そのバイト先で前コロナ後とかで環境が変わったりとかってありました？マイクぜひちょっとごめんね。結構最初の方2月の方で横浜でずっと働いてたんですけど、結構そこで今年から大学1年生で入学するっていう形から、ほんでいろいろと大学の資金だったり生活費、今美術大学の方に通ってて、だから結構学費だったりとかもすごく多額なんで、パソコンだったりとかカメラも必要だったりとかっていうので、今年はずっと1月2月3月働いてたんですけど、そこで結構貯めていろいろと生活にやっていこうと思ったらコロナで全部おじゃんになって、それであっちの方バイト先の方でも雇えなくなってっていう感じで、でも最初のスタートダッシュから一気にいろいろとグダグダになっちゃったっていうのもあって、やっぱり僕は
そこでもやっぱ最初の今年の1年生は全然なんか学校にも行けなかったりとか、Zoom での出会いだったりとか、縦のつながり、先輩のつながりっていうのもなかったりとかするので、結構俺は割と痛手なスタートダッシュもそうだし、あと他にも介護だったりとかもやってるんですけど、結構そこでシフトが減らされたりっていう感じで、だからなんかそこでのそういう部分ってあんまりお金の部分ってやっぱ相談できるところって少なくて、だからないってなったとしてもそこを学校に行ったとしてもあんま貸してくれなかったりっていう感じだったりとかっていう感じで、だからなんか大学側もそういう社会全体的にもなんかあんまそこが相談できる部分って少なかったなって思って、だからなんかそうですね、やっぱコロナ前と後っていう中では僕は結構ちょっとなんかどこに何を言ったらいいのか分かんなくなっちゃったなっていう感じはやっぱありますかね。なんかやっぱそうかなありがとうございます。それこそ本当に分断されてしまっていて、どこに何を言っていいか分からないっていう、でも本当にこれが特例ではなくて本当に一般的な学生の意見だと思うんですよね。そういう学生めちゃくちゃ多いと思います。そうですよね。報道でなんか困窮していく、コロナ禍で困窮していく、学生っていうのがすごい言われてますけど、まず学生がなんで困窮してるのかっていうその背景、なんか要は学費とかが高くて奨学金なんかもうあれもう要は借金みたいなことになってて、それでお金が必要だっていうところにすごいやっぱもうつけ込んでるようなもんですよね。その要はアルバイト会社とかもそういう状況がある中でやっぱ学生を働かせてやっぱ利益を上げてるっていう会社があるので、そういうところにやっぱ責任を問うっていうのがすごい大事で、あとなんか介護の仕事もやってるってなんか聞いたんですけど、やっぱもう世界ではエッセンシャルワーカーがもうこのコロナ禍でなんか危険なところで働かされたりとか、あとはもう安全対策とかなくて働かされたりして、それに対してもう自分たちのやってる仕事はエッセンシャルワーク、もうなんか拍手されるような仕事なんだけども、そういうような待遇を受けてないっていうことで、もうみんなバンバンストライキ打ったりして戦って、でついこの間もそのイリノイ州の介護施設で働く人たちがストライキで安全策だとか、あとはボーナスだとかもう全部勝ち取っているんで、声の上げ方っていうのはやっぱあるんで、そういうのをもうで日本でもやっぱ僕らみたいに労働組合とか入ってやること全然できるんで、そういうのをやっていけたらいいなとか思いますね。ありがとうございます。それこそ今労働組合っていうワードも出ましたけども、そもそも労働組合で活動を始めようと思ったきっかけとかっていうのは何かあったんですか？ポッセはもともと NPO 法人でやってるんですよね。で今も NPO なんですけど、で立ち上がったのが2006年で、当時はフリーターニート、若者非正規問題、今中高年フリーターとか言われてますけど、やっぱ2000年代って労働市場が大きく変わって正社員の数が減って若者の多くが非正規になっていく、就職氷河期って呼ばれてた時代がありましたよね。で当時は若者バッシングめちゃくちゃ強かったんですよね。フリーターニートはいや好きでやってんだろうと、若者ダラダラしてんだろうっていうので、非正規が構造的に増やされてきたにもかかわらず若者が劣化したから非正規増えたみたいな世論めちゃくちゃ強かったですよね。でその中でポッセ立ち上げて、その若者バッシングに対抗していこうってことでいろいろ活動を始めて、で最初にいろんな若者のフリーターの声3000人調査っていうのをやったんですけど、その中で見えてきたのはやっぱり多くの若者が違法状態の中にあって、でみんな違法だとは気づいてるんだけどみんな泣き寝入りしてるんですよね。どうしていいかわからない。だからこの若者たちの権利行使をどうやって支えていくのかで、当時はやっぱ労働組合ってものがあまりにも遠すぎるもう何それみたいな、いやむしろなんか変なねおっさんみたいなおっさんっつったらあれですけどちょっとやっぱりちょっと距離が遠すぎたんで、やっぱり NPO としてまずは相談窓口作って、で権利行使支えていこうってところでずっと活動してきて、それでブラック企業問題、ブラックバイト問題って取り組んできて、ブラック企業もうちの代表の今野がブラック企業って本書いて、それが結構流行語大賞を取ったりして
いろんなメディアで使われるようになって、今多分皆さんこれすごい言葉だと思うんですけど、多分働いてる人は誰でも一度は自分の働いてる先ブラックかもっていう問いを多分誰もが、ほとんど日本中誰もが持つようになった言葉だと思ってるんですよね。それはどういう意味があるかっていうと、これまでみんな自己責任だったんですよ。いや残業代払われないの自分が能力低いからダメなんだ、非正規でやってんのも俺が頑張れなかったからダメなんだ、そういう自己責任の意識をブラック企業って言葉は転換させた。いや会社おかしくないみたいな、この会社ブラックなんじゃないって問いを多くの日本人が持つようになった言葉だと思ってるんですね。でそういう意味ですごく意味があったし、その中でやっぱり権利行使をしよう、会社に相手に残業代を請求しよう、パワハラの責任を訴えよう、そういうふうに立ち上がる労働者たちが出てきた。その中で2014年に僕たちはじゃあもう自分たちで労働組合を作って直接企業と交渉しよう、戦っていこうってことで2014年に自分たちで労働組合ブラックバイトユニオンも含めて作って、でずっとこの5年6年活動してきたって感じですね。そうなると2006年ぐらいは本当に責任は働く側にあるっていう形で個に責任を求めていたから声が発しにくかったっていうところが、ブラックっていう言葉が浸透してきて、企業側に責任があるんじゃないか、企業側に環境を整えるっていうそもそもの責任があるんじゃないかっていうところで、ようやく企業側にもその矛先っていうのを正当に向けられるきっかけができて、ようやくこう交渉する、声を発する環境ベースが整ってきた。だからこそ戦うっていう今フェーズというか流れにあるんですかね。そうなんです。やっぱり言葉だけでは社会は変わらないですよね、意識がみんなブラックかもって思うようになったとて、じゃあブラックな環境がなくなるかといったら決してそうはならない。権力関係変えなきゃいけない。要するに残業代を払わないから長時間労働させられる、人を使い捨てても誰も抗議してこないから簡単に人を使い捨てられちゃう、それを許さないよっていう実際の実力行使をしていかなきゃいけない。そういう人を使い捨てたり違法行為をする企業の責任を社会的に追及していく。それをやったら自分たちは大変なことになるんだってことを身をもって分からせないといけない。そうしないと違法な環境がまかり通る今の日本社会を変えられないと思っているので、ブラック企業って言葉で意識が変わった、それ第一歩で、そこからやっぱり現実の関係を変えていくっていう戦いを作っていく、それが本当に大事だと思ってるんですね。本当に今の言葉が今日本社会を作っていると思っていて、個が本当に企業おかしいなとか、企業にこう意識が向いてると思うんですよね。この環境おかしいよなみたいな、土日働いてるけどこの給料出ないんだ、当たり前じゃないよなっていう疑問が多分個人でも湧いていて、でも企業はまだこう優位な立場じゃないけど、いやでも君お金必要なんでしょの立場がまだちょっと若干というか残ってるからこそ変わってない現状があると思っていて、でもやっぱ個がじゃあいきなり声を大にしておかしいだろっつって、いやおかしいよなっつって、どんどんまだ個が個を連鎖するっていうのはなかなかやっぱさっきの言葉みたいに難しい状況にあると思っていて、だからこそ第3のこの団体じゃないけど NPO 法人っていうところでそのサポートをしているかと思うんですけど、その NPO の活動としてどうやってその個の声を連結させるじゃないけど大にさせて、こう企業側と戦い方っていうんですかね、どういう交渉というか方法を取られているのかっていうのをぜひちょっと伺いたいなと。なんか僕の場合になっちゃうんですけど、そのブラックバイトの、さっき記者会見の映像映ってましたけど、要はその、僕が一人で声を上げただけじゃ、実際変わんないんですけど、でもその、僕と同じような状況にある人すごいいっぱいいるよねっていうことで、なんか会見中にもいろいろ案件を読み上げてましたけど、そういうことを、社会の問題として提起していく、戦いの中でそれをその社会の問題として提起していくことによって、一人一人声を上げづらいかもしれないですけど、でもそれがその問題なんだってなるよ、気がつくことによって、それを報道とかで見て、じゃあちょっとここ相談してみようっていう形で、やっぱブラックバイトユニオンだとかにもすごい相談に来てくれて、それで戦いが広がっていくっていうことになってますね。あと結構僕がやってて思うのは、もちろん戦うって
100人いたら100人やれることじゃないと思ってるんですよね。でもやっぱり1人2人3人っていう風にその中でもこういう風に戦っていくっていう決断選択をする人が増えていくだけで全然やっぱり変わってくる。で実際山本くんが戦った件途中で終わってましたけどどうなったかっていうと110人ぐらいいたんですよ。彼のアルバイト講師110人に給与保証されました。実際結果としてってことですよね。実際110人彼が1人声を上げただけで一切払われてなかった休業保障が110人のアルバイト講師全員に払われたんです。すごいな。そうでそういうことが、実際できたしそういうふうに戦ってる人たちが僕たちの組合にはたくさんいるんですね。だから1人2人が声を上げるってことのインパクトってやっぱり半端ないんですよ。でそれが社会を変えていく原動力になっていくかなっていう。今の話聞いただけでじゃあ俺もこのケースいけるのかなみたいな人って多分すごい出てくると思うんですよね。それをどんどん事例を作ってムーブメントじゃないけども声を大にしていくっていう感じですかね。そうで僕らがやっぱり今この先の話さっきの流れの話でずっと非正規の学生や女性の労働問題取り組んできたんですけど今一番力を入れているのが外国人労働者の問題なんですね。で今、カンボジアから来た技能実習生の問題それからスリランカから来た技能実習生の問題、取り組んでるんですけどそれもやっぱコロナの中で今ベトナム人技能実習生がいろんな犯罪に巻き込まれていったり借金を抱えたまま帰国を余儀なくされたりみたいなこと結構言われてますけどいやこれだってなんかかわいそうな外国人がいるみたいな話じゃなくってそういうふうに追いやった企業がいるわけだし技能実習生制度って制度の枠組みそれ自体が、人身売買って批判されているようなその問題があるわけですよ。だから責任の所在かわいそうだね助けようじゃなくってそういうふうに追い込んだ具体的な責任者にきちんと問題を問わなきゃいけないしそれはできないようにしていかなきゃいけないってことで今いろいろと取り組みを進めているとこなんですね。でその中で、この間9月10月実はそういう外国人技能実習生の問題取り組んできたしこの前先週2週間前日比谷で外国人差別やめろってデモも自分たちで企画してでポッセやブラックバイトユニオンに参加している10代20代のメンバー中心にデモなんかもやったりしたんですけどその中ですごく思うのはこういう戦いを声を上げていくっていう運動を作っていく中でもうなんてやっぱこの目の前にある不正義に対して当事者だろうが何だろうが関係なくこれおかしいだろうってことで声を上げる仲間たちがすごい増えてるんですよね。だからなんていうかなこれが日本中に広がったら多分革命じゃないですけど変わると思います。革命ですよ。でだからそれは一気には広がんないかもしれないけどでも僕はずっとこの間、山本君も含めそういう若いメンバーとこう関わってて思うのはみんななんつうんだろう社会正義に対する正義感すごい強い、不公正おかしいよねっていうこんな外国人使い捨てられるのおかしい非正規使い捨てられるのおかしいこういうの変えてこうよ声上げてこうよってところに全然違和感感じないおうやろうみたいな感じで割とみんなで、一緒になぜそういう問題が起きているのかって学習したりとか実際の現場に行って権利行使当事者と一緒に声を上げたりとか正義に声を上げたりってことを、やる仲間はすごいやっぱりこの半年このコロナの中で、問題がひどくなる反面そういう仲間たちも増えたっていうのは僕はすごいポジティブな面だと思ってるんですけどそういう運動がやっぱり広がってきてるんで。なんかそういうことをやっぱ地道にやっていくってことが本当に社会を変えていく未来を作っていく想像していくってとこにつながるのかなって思ってるんですよね。やっぱ僕らの世代、Z 世代とかって要はなんかこのすごい辛い状況がある中それをなんか受け入れて辛いなみたいな感じでやってるのにもう耐えられないっていうかもう不正義はもう明らかにおかしいことにはやっぱおかしいって声を上げるっていうのがなんか結構やっぱボランティア一緒にやってる仲間の感じも見てるとやっぱみんなおかしいことにはすごいおかしいって言える人たちがいて実際この社会に多分いっぱいいるんだろうけども
すごい違和感を持ちながら、生きていてもやっぱりその社会運動とかに出会えなくて、その違和感を戦いにできなくて終わってしまうってこともあるんですよね。でも僕らみたいにこうやって運動をやってる人がいるから、Z 世代みんなその違和感持ってたらやっぱ声上げていいし、一緒に声上げられるし、でデモの時とかもやっぱもう学生がすごいもうみんな声出して、みんなでその演説やったりとかやったんですけど、みんなそれぞれなんかできることって違うんですけど、結局みんな能力持ってるし、もうやっぱ力ない存在だってなんか思ってるかもしれないですけど、でも実際は僕ら結構力持ってるぞっていう話ですよね。素晴らしいですよね。それで実際変わりつつある現状があるっていうのがすごい希望というか大きい兆しがありますよね。それこそこの場でもじゃあ一緒に声を上げましょうって言って全員がこう声を上げるっていうのはなかなか難しいけれども、疑問に思ってるっていう人はかなり大多数いると思うんですよね。この会場でも今話聞きながらもそれを私も働く環境でおかしいと思ってる人はかなり多くいると思うので、その行動を起こしている人に対してどんどん加勢していってるじゃないけど、その輪が少しずつ広まっていくっていうのはすごい希望だなというふうに思います。ぜひともこの会場、それからコメント欄でもありがとうございます。それこそ今もちろんです。コメントといいますか疑問とか投げかけていただけたらと思います。すみません、また聞きづらくてごめんなさい。もう行動を起こしていることすごいなと思って今話を伺っていて、今この非正規雇用とかそういう問題って働き方改革とか国家戦略なんとか特別区域会議とか辺から始まってきてることじゃないですか。で皆さんの中で政治的な働きかけっていうのは何かやってらっしゃるんですか？いやまず僕らの認識からいくと、別に安倍さんになってから働き方が悪くなったわけじゃなくって、もうずっとなんですよ。80年代から過労死って言葉あるし、2000年代に入って特に非正規雇用って増えてきたし、もちろんその政治がそれを促進している側面はありますよね。2000年代で言ったら労働者派遣法ってものが規制緩和されて派遣労働者が増えていったとか、そういった政治や法律制度ってものがその状況を悪くしていくっていう方向で促されていくことはあると思うんですけど、僕らは政治が根源ではないと思ってるんですね。だって労働法って結構いい法律あるんですよ。労働基準法って法律あって、1日8時間週40時間までしか働かせてはいけませんって書いてあるんですよ。そもそもですよね。そうでもそれってその法律って守られてますかって話なんですよ。だから僕らはどんなにいくらいい法律や制度や政策があったとしても、結局その現場で声を上げてその法律を守らせる、あるいはその法律を超えてもっといい制度や法律を押し付けていくような労働運動がない限りは、どんなに政治に働きかけても現場は絶対良くならない。これが僕らが思ってることなんですね。でもちろん政治に働きかけていくことも必要だとは思ってるんですけど、でもそれ以上にやっぱり現場で今苦しんでる、今差別を受けてる、今生活できなくなってる人たちの問題に取り組んで、その人たちが声を上げて企業に責任を取らせていく。今貧困どんどん広がってますよね。多分この後瀬戸さん話すと思うんですけど、貧困広がってんのなんでって言ったら、非正規雇用の人たちが使い捨てられて声も上げられずにどんどん企業に切り捨てられてるからですよね。それを企業に責任取らせなかったら貧困拡大なんて絶対防げないし、それは制度や法律で変えられるようなことじゃないんですよね。だから現場の権利行使をどうやって支えていくかで、その人たちがやっぱり戦いをしてネットワークを作って、でどんどん自分たちの権利を主張していくってことで初めて法律や制度が機能するし、その先に政治を変えていくっていうことが実現できるんだと思ってるんですね。だからまずは僕らは現場の相談を受けて権利行使を支えていく。でその中でもちろん実はこの間僕らも結構政策提言やってて、7月に休業支援金っていう制度が新しくできましたね。あれは僕らが求めた制度なんです。現場で雇用調整助成金っていうのが全然機能してねえぞ、ふざけんな、労働者が直接請求できる制度を作りなさいってことを現場の問題から
働きかけをやって実現した制度なんですよね。だからそういうふうに政策の働きかけももちろんやるんですけど、でもそれはあくまで現場の取り組みがベースにあって初めて意味を持つ力を持つことだと思ってるんで、やっぱそこが大事かなって思いますね。ありがとうございます。それこそ本当に政策っていう部分ももちろん大事だけれども、今起きている問題に対してどう戦うか、それこそ声を発するかっていうところがより大事になってくるってことですよね。それこそ松井さんはこう近くで戦っている姿も見てると思うんですけども、彼らのこの戦う姿勢についてどういったところを感じられましたかね。そうですね。先ほどの短編を作りました松井です。そうですね。だから僕はやっぱり社会に対して、何か投げかけていくっていうのをやっぱりデモっていう方法しか頭になかったところがあって、やっぱりコロナ禍で、取材の中でお二人に会って印象的だったのが渡辺さんがこうよく戦わなければ社会が壊れるっていう言い方をなさいますよね。そういうなんていうかな、自分たちがいる社会ってそういう脆いものなんだとか、戦うことによって何か維持しなきゃいけない部分があるんだ、でそれが自分もできるんだっていうことを行動でやってらっしゃるっていうことを感じたんですよね。なんで僕はどう考えてもやっぱり今怒りが足りないとか、一人一人の怒りをもっともっと本当は面にしていかなきゃいけないっていう状況だと思うので、僕はドキュメンタリーという方法を通して面をいかに広げていくかっていうことなら、担うことができるかなということで作ってきましたし、これからもポステと一緒にやっていきたいなと思ってるって感じですね。はい、ありがとうございます。いや僕も松井さんとの出会いは結構めっちゃ覚えてて、なんか別の取材で来られてて、で、困ってる学生いませんかって取材だったんですよ。で彼がちょうど、休業補償払われてないからって言ってきて、ただ僕がすごい注文つけてたのは困ってる学生って描かないでくださいみたいな、かわいそうな学生って描き方やめてくださいみたいな、戦ってるんでみたいな、そういうせこい感じじゃないんでみたいな感じのことをひたすら結構言って取材来てもらって、で団体交渉の打ち合わせのところ最初来てもらったんですよね。でなんか面白いことやってますねみたいな感じで松井さんが終わった後声かけてきてあれみたいな。そうですね。で結構当時テレビの取材とかいっぱい来てて、もう正直めっちゃまたテレビかみたいな、テレビって大体こういうストーリー A 欲しいんでみたいな描き方あるんですよ。もう最初からこういう感じの人いませんかみたいな、語ってほしい物語を最初から持ってきて、それに当てはまる人を探してくるって取材すごい多かったんで、もうで大体求めてくる困ってるかわいそうな悲劇のヒロインを学生求めてくるから、そういう感じかなみたいな、嫌だなみたいな感じで、いやもう戦って変えていく姿を見せていく方が僕大事だと思うんですよねみたいな話を最初してたら、なんかそこになんかやったら共鳴してくる人いるなみたいな戦ってるディレクターが出てきたからねこの人他のあれと違うなみたいな感じがあって、で映像も映像作る時も、結構見てもらって皆さんどういう感想をお持ちになるか分かんないですけど、結構人を選ぶ映像になってるかなと思うんですよね。こんななんか怖いみたいな反応も結構もらうし、なんでこんな怒ってんのか分かんないみたいな人も結構見た中ではいるんですけど、でもやっぱり僕らはみんなに受けるようなかわいそうなお涙ちょうだいのドキュメンタリーに絶対したくないっていうのは、最初から松井さんにも伝えてたし、僕らも意図してたところがあって、さっき言ったようにやっぱり戦う姿を示していきたいし、それがこう少しでも100人のうち1人でもいいからこれが刺さって、なんかこうね僕らの運動に加わってくれるような作品できたらいいよねってことで、いろいろ制作過程から話してて、でなんかそういういい感じの、僕もさっきここで流れてるの改め見て、なかなか迫力ある映像だなと思いながら見て、俺ら戦ってるなみたいな、戦ってたなみたいななんかそういう、思い出があるんで、なんかやっぱりそういう単に声を届けたり伝えるだけではなくって、誰かの行動や生き方や価値観をこう変える、そういうなんか発信は僕らも常日頃からしてるし、それを今回映像ドキュメンタリーって形で一つこんな
ね戦うみたいな現場でもう松井さん僕らと一緒になって戦ってましたからねそう松井さん僕後ろから遠目で撮ってますんでとか最初言ってて分かりましたとか会社の前来たらなんかいきなりもうカメラでグイ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 会社の人撮り始めて、ドキュメントもそうだから今年はちょっと後ろから管理してますみたいな言うけど目バッキバキでこうあれなんかめっちゃ戦ってんなと思いながらそうですね、なんか本当に僕はいろいろ教えてもらったなと思ってるんですけど、その描き方としてやっぱりまずはその戦うっていうことをどう主体化してるのかっていうことですよね。僕は一番それに興味を持ったんですよね。つまりなんでそんなに戦うのっていうものすごいエネルギーだと思うんですよ、お二人も。でやっぱりねどんどん言葉が出てくるしある種社会正義っていうものに目覚めてると思うんですよね。ただその理由っていう内的な理由っていうことをどうやって突き止めていけばいいのかな。多分その怒ってるところだけ取ってもそれをうまくきれいに流せても多分ダメで、その理由の一番こう奥の方に行くと多分それが普遍的なものになるだろうっていうのがあって、それで今回の映像だとその山本さんがそのお父さんのことですよね、結構触れにくかったと喋りにくかったかもしれないんですけど、そのやっぱり子どもの頃からその両親がこう働きすぎて大企業でその父親が働きすぎて壊れていくっていうところを見てきて、でそんな風にその大企業でうまいこと入ってこう毎日働いててもどうせ壊れちゃうんじゃんっていうようなそういうような社会の像っていうものを山本君は最初から持ってた。だからやっぱり両親ってこう社会を映す鏡じゃないですか。最初のその鏡に映ったものがもう何かマジョリティなはずじゃないですか、大企業の親父なんて。だけどそれは本当に今の日本の姿で鬱っぽくなっちゃったりとかさ、そういうことが起きたんだよっていうね、そういうことを原点に持ってる人なんだなっていうことがやっぱり僕の中ですごく腹に落ちたので、そこと叫んでる姿っていうのは多分直線でつながると思ったんですよね。なんで組合のもちろん渡辺さんもこれから描きたいなって思ってるんですけど、その内的な理由っていうところを多分ほんの小さな理由一言でいいんですけど本当にそれが掴むことができたら僕はなんていうかな、怖い組合だとかその古いイメージだとかそういうことじゃなくて本当に人間の普遍的な感情にこうたどり着いていくドキュメンタリーができるんじゃないかなっていうことを思ってます。はい、結構そういう戦いをやっていくって時のポイント2つあると思ってて、1つは不公正との出会いなんですよ。僕は貧困問題だったんですけど、ネットカフェ難民っていうのを僕が大学入った時流行ってて、同世代の人たちがネットカフェで日雇いしながら苦しんでる姿を知って、一方で大学通ってる自分がいて、なんだこの世の中はみたいな、それが僕は出会いだったんですけど、ただ不公正と出会ってもそれが直ちに戦うってとこには僕はつながらなかったんですよね。でなんでそうなったかっていうと、派遣村があって、でたまたまそこにボランティアに行って、でポッセの同世代のすごい熱量ある仲間に出会って、そこで僕はこういう不公正な社会を変えていくって選択肢や方法や生き方っていうのがあるんだっていう出会いがなんかあって気づいたら10年くらい経ってたんですけど今事務局長とか偉そうにやってますけどそんぐらい経ってたんですよね。だから多分そういう不公正が蔓延してる社会、その中で違和感を持って生きてる人たちはいてもそこからいきなり戦うっていう風にならなくって、山本君の場合ももちろんいろんなものがあったと思うんだけど、それがどういう風にねこう戦うってとこにつながっていくのかっていうのいろいろあると思うんですけど、なんか僕も家族がどうこうとかありますけど、でもそれって別に僕がそっから戦いのエネルギー得てるわけじゃなくて、やっぱなんていうんですかね、僕もアメリカにいた時にすごいいろいろ社会問題に関心を持ってなんか例えば同じ大学で強制送還されそうになってる学生がいたりとか、そういうのをすごい知って、でこれって絶対おかしいよねっていう、そこなんですよね。それって共感するとかそういうことじゃなくて、もう
おかしいことはおかしいっていうすごいシンプルなことで、だって社会で絶対あってはならないことが起きてるっていうのがすごい僕の中でやっぱ運動をやっていこうっていうかっていうところになって、でそれでやっぱアメリカの同世代のやつらはなんかみんな結構やっぱ家とかの問題とかいろいろなんか奨学金めちゃくちゃ借金しててとかいろいろあるんですけど、そこになんていうんですかね、自分のアイデンティティとかを見出すんじゃなくて、やっぱ他者、外国人だったり、女性だったり黒人だったりっていうなんかなんていうんですかね、に対する不正義、これおかしいでしょっていうのになんていうんですかね、声を上げてるっていうのがあって、それを見てやっぱ僕はちょっとなんていうんですかね、日本でこうコロナ禍でみんな声を上げられないっていう時になんていうんですかね、僕がやっぱおかしいことはおかしいっていうような流れを作っていかないとっていうことは思って、やっぱこの戦いもやってきたのでですね、ありがとうございます。それこそ本当に弱い立場で懇願するとかじゃなく、おかしいものはおかしいって当たり前に言える、そのために戦うっていうことですよね。それこそ本当コメント欄でもポステの皆さんの活動に救われる方、勇気づけられる方、本当にたくさんいらっしゃると思いますと、この活動が他者に与える影響力、声を広げる活力になるっていうコメントもいただいておりますので、このままそれこそ成功事例じゃないですけど、おかしいものをおかしいと言ってそれが成立する、ニートの頃に個人がおかしかったっていう押し付けられてた時代から変わって、今は当たり前の権利として主張できるんだっていうところをどんどん証明していって、20代30代に限らず女性とか学生に限らず世の中を変える、それこそ革命革新を起こしていただきたいなと思います。本日は登壇ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ドキュメメント2020もいよいよ終盤でございます。次の登壇を紹介したいと思います。次の登壇は映像からのご覧になります。紹介させていただきます。森友学園の土地取引から全ては始まった。公文書改ざんを命令させた近畿財務局職員赤木俊夫さんは自ら命を絶った。妻赤木雅子さんから自殺した夫の指揮を託された唯一の記者相沢冬樹さんを追いかけました。それではご覧ください。真実に向かって書く。ごく普通に街の中にいる幸せな夫婦として暮らしてたはずの人なんですよね。これはこんな思わないことに巻き込まれてしまって、奥さんとしてはね、なんで改ざんなんかさせられなきゃいけなかったの。公文書を改ざんするっていう行為は、自分が誇りとしていた公務員としての存在価値をもう打ち砕いちゃって、それがね一番心を苦しくなる要因だったと思うんですよね。政局とかね、安倍政権がいいとか悪いとか関係ないわけですよね。彼女にとって一番大事なことは夫の死の真相なんですよ。もう俺これやるために記者になったと、そしてこれはすごく大きな話だっていう思ったんです。で結局それをずっとやり続けて NHK 辞めてもやり続けて今ここに来てるわけですけども、真相を知りたいから再調査してくださいって言ってるだけだから、それが実現できる方向に報道していくのが私の使命だなというふうに思ってます。いい感じに終わったんじゃないかな。俺こう言ってるけど、明日覚えてないかもしれない。多分大丈夫。人間が自分の信念に基づいて生きるべきだっていうことを新井さんが改めて知らしめてくれたってことです。その書くときに私はって書いてるんだけど、その私は僕じゃないんだよね。安倍雅子なんですよね。つまり彼女に成り代わって、彼女がまさに僕に降臨してもうそれを書いてる。いやあなたもし自分の身にこんなことをしたらたまんないでしょってね、その共感、だと思います。
ご視聴いただきましてありがとうございます。それでは紹介させていただきましょう。映像でも登場されてました相沢さんです。よろしくお願いします。そしてディレクターの久保田君にも登場していただきます。よろしくお願いいたします。こちらでよろしくお願いいたします。それこそ映像でもお話がありましたけども、森友問題を取材するためにこの NHK を辞めて取材をするというところのお話がありましたけど、そこの覚悟ではないですけども心境というところもお話しいただければと思います。まあ本当のこと言えば別に森友をやるためではなくてですね、はい、多分記者でいられたら辞めなかったんですよ。僕が一番したかったのは記者の仕事をずっと続けることで、はい、でもし例えばこの、2年前の人事ですけどね、私を大阪から外してどっか、地方の支局にやって、森友の取材はもうできないところに追いやるけど記者は続けさせるっていうんだったら私多分辞めなかった、それで辞めるっていう決断が多分できなかったと思うんですよね。ところが向こうが思い切ってもう記者を辞めさせるというふうに言ってくれたので、私も思い切ってだったら NHK 辞めたるわっていうふうに言えたわけですよ。そういうことです。中途半端じゃなくてよかったなと。そういうことです。それこそ赤木俊夫さんというのは国という大きい組織にこの圧迫されたっていう経緯があったと思うんですけども、それこそ奥様といいますか雅子さまはそういった部分では相沢さんに大きい組織を抜けてまで声を聞こうとした姿勢に信頼というところもしたのかなというふうには個人的に感じましたけども、2年経って今のこの結果だけ見てるとなんとなくそんなふうに見えますけども、実はそんな綺麗事でもないんですけどね。でもちなみに赤木雅子さんは昨日この会場に来てるんですよね。この会場にいました。でその会場から私に LINE を送ってきて、そこに何て書いてあったかっていうと、はい、変人集会の場所ですよって鋭い変人集会の場所ですよの後に笑顔マークがついてますから笑ってるんですけど、でもねここでいうその変人っていうのは決して悪い意味じゃない。だから私が考える変人っていうのはね、他人と違うことを恐れない人、自分の信念に基づいて行動できる人が変人なんです。なぜならば普通の人ってなかなかそれができないじゃないですか。人と違うっていうことはそれが良くない、もしくは怖いと思っちゃうし、自分の信念に基づいて例えば組織に立てつくとかね、そんなこと普通できないじゃないですか。上司が言ってるから仕方ないよなっていうのが普通の人でしょ。それに対していやそれはおかしいです、間違ってますからそんなことやるべきじゃないですっていうのが変人ですよね。その変人の典型が実は赤木俊夫さんなんですよ。つまり彼は3年前に2月26日に日曜日ですけどね、休みの日に上司から職場に呼び出されて、ちょっと君さこれちょっと改ざんしてくんないっつってどう言ったかは分かりませんよ。でも結論として呼び出されたこと、公文書の改ざんを求められたことは間違いないんです。その時に普通だったら仕方ないな上司にが言うんだからって言ってやっちゃうところを、彼はそれはおかしいからやるべきじゃないって言って反対してるんですよね。彼が反対したってことはその時彼を呼び出した上司本人が認めてるんですよ、赤木雅子さんに。赤木さんは最初から反対してたと。だけど彼はだからそういう意味ではまさに変人なんですよ。彼はね変人なんだけどその変人に対して組織はねそれじゃ済まないからいや財務省本省からねいっぱいもこうやって圧力かけられてんだと。で近畿財務局のトップのね、局長も、全責任を負うとまで言ってるんだと。だからやってくれって言ってやらしてるわけです。で嫌だったけどやらされちゃったと。でやらされちゃってでもやったことは絶対間違ってるんだから、それでそれを悔やんでずっと思い悩むわけじゃないですか。でもね思い悩んでる時にね、でも次の人事異動でもう僕がここから外れて別のとこ行かせてくれたらとりあえずこのことから外れられるし、とにかく人事異動で外してほしいってずっと希望してたんですよ。ほいで上司が、多分外れると思うよって言っていいこと言ってたんですよ。で蓋開けてみたら外れなかったんですよ。外れないだけじゃなくて彼に改ざんさせた上司とかその他他の人はみんないなくなって彼だけ残ったんです。じゃあどう思うかって言ったら、俺だけ見放された、みんな逃げてって
つまり改ざんの実行をさせられた自分だけ残されて、改ざんを指示した人たちはいなくなって逃げたなっていうふうに思いますよね。でそこから実はガクーンと悪くなっていって、休職して、その後もずっと追い詰められていって、それでおかしくなっていく。そこを赤木雅子さんはその、人間が壊れていくっていう表現をしてるんですよね。自分の大事な夫がすごく明るくて朗らかだった人がどんどんおかしくなっていって、暗くなって、ただ暗くなるんじゃなくて、とにかくもうそれを彼女は人間が壊れていくって表現したんですね。人間が壊れていって、で、しまいには結局命を絶つことになってしまうわけですけども、そのいきさつはね、だからその赤木雅子さんとお話をしないとわからないんですよね。でそれずっと話をしている中で分かると、やっぱりそんなこと許されないって思うじゃないですか。だから僕はこのね立派な変人ね、日本が誇るべきね変人はだから褒め言葉なんですよ。やっぱりね、言ってみれば自分の信念を貫いたがゆえに、貫かなかった人はみんな出世してんですよ、ね、なのに貫いた人は一人命を絶つところに追い込まれちゃったと。そんなのおかしいなと。この国って正義の国じゃないのかと、ね、正義が負けて悪が栄えるってそれいいんですかっていうことで、そういう意味でもね、さっきのビデオもちょっと政局とか政権とか関係ないって言いましたけど、本当そうで、日本人で完全懲悪好きじゃないのってね、最後に善は勝つ、正義は勝つ、悪は負けるっていうのが好きなはずじゃないですか。水戸黄門とかね、そんなまさにそういうものが。ちなみに赤木俊夫さん水戸黄門大好きだったそうなんです。水戸黄門のね決め台詞とか全部言えるそうなんですよ。だから要するにそう思って自分は公務員の仕事をしてたのに、その水戸黄門的な存在である職場の上司に言われてこんなことさせられちゃったわけですから、それはたまらないですよねということだというふうに思って今この話を、取材して字にしているということです。ありがとうございます。それこそ本当に我々もテレビのニュース報道だけを見ているとどうしても受け身になってしまうし、なかなか真実にはたどり着けないというところがありますけども、そんな中相沢さんだったり、もちろん赤木雅子さんは真実に向けてアクションをし続けているというところで、そのアクションについての映像をもう一本ご覧いただきたいと思いますので、映像をご覧いただきます。よろしくお願いいたします。迫ってくる感じがする。これさえなかったらね、死なんでよかった人がおるっていうのが辛いやろ。隠そうとしたのはもっと上の人でしょ。なんでやらされた人が責任を負って死んでんのにいまだに調査ちゃんとしてくれないって。ほんとかわいそうやろ。返してくれよ。返してほしい。あんまりここに生活感はないと思うんやけど、もう生活はしてないというか、風の吹いてると植物が揺れるのずっと去年から1年ずっと見てるような感じ。いつもここに座ってる。ここに座ると家の中を見なくて済むから多分ここに座るんやろね。今気づいた。眠れん時はここに来て一日過ごすかな。夜中とか飲み会で遅くなった時に待ってる寂しさと、もう誰も帰ってこない時のもう待つ過ごすだけの寂しさってまた全然違うというか。これもでも処分しようかなと思ってるんやけど、もう私は使わないから。分からんけど好きやったのね。
書道が詳しかったよ。本当に作品集を毎日見てた。これどう思うとかよく話して、この先生のこの字すごいなとか、私はこう思うよって言ったら、いやそれはこうやと思うでとか、あ僕もそう思うわとか、もうそんな会話を毎日してたのね。これは何やこれ。根気我慢地道に継続。面白くないこれ。あ、俺英語も勉強してた。目標470点だって笑かすなこのノートは初めて見たな。ちょっとウケるな。中国語、ここも中国語になっとるで、英語やめたな。もう英語諦めとるわ。めっちゃ面白いこれ。これはちょっと面白かった。今日初見、ちょっと元気が出るな。あったあった。最初来た時に喜んで、やっと待ちに言われたのが来たと思って開けて、ほとんど真っ黒。これが夫の亡くなった理由です。まあでも一人やかバカにされたような気がする。僕もそれはそう思います。絶対に舐められた。それはもう彼らは若井さんに何もできないと思っていいように言って、それで言うことを聞くと思ったんだよね。時間かかったっていいですよ。時間かかったってちゃんとできたらいいじゃないですか。2年十分まだまだ間に合う。間に合ったのかな。間に合いますよ。だから亡くなった人は戻ってこないけど、それはもう本当にどうしようもないけど、それ以外のことはちゃんとなんとかなりますよ。だよね。絶対に共感が広がりますから、賛同も広がるから。お願いですから、私と夫の立場に立ってください。皆さんの大切な夫や妻や子供が改ざんを強制されて自殺に追い込まれたことを想像してください。きっと私と夫の立場に立てば、そんなこと答える必要はないという回答がどれだけ遺族の心を傷つけるか想像できると思います。私は真実が知りたいだけです。夫が作成したファイルやメモを開示し、夫が自殺に追い込まれた具体的な経緯を教えてください。よろしくお願いします。3月3日やってんね。だから亡くなる4日前、3、4時間ここにこもってたのよ。もう六甲山の自分の決めた木に首をつって死ぬつもりやから、ここに来て衣装を茶封筒に入れて、ポケットが膨らってたから多分紐を持ってたんやと思う。ケーブルかなんかを。どんな気持ちやったやろ。すごい人からの目を気にしてたのよ。ずっと足元見てたんちゃうかな。で、山に登って帰ってくる人はみんな幸せそうやしさ、自分だけどん底やん。これがこの山にこもった日の夜。そんなね、なんで島には行けんの？私車で出かけるけど、それだけ許して。行けん、絶対嫌じゃ。一緒に行こう、車で。嫌じゃ眠てん。すぐ警察呼ぶ。1000番。R11000番。はあ。じゃったかな。へえじゃったかな。お父ちゃん、そんなんでさ、死ぬって頭おかしいなっとるよ。おかしいよ。
大丈夫じゃねえよ。とっちゃん車で死ぬんだってボレ人に迷惑かけるし、玉島にとっちゃん帰らにゃいけんなんで死んだら。まあ私からしたら現実やから、ここでご飯食べてたんですよって、同じようにここで亡くなってたんですよって、ここにね入ってたんだよ、ここにね。だからずっと大事にしてたんだなと思って。倫理って何なんやろうね。夫の人間がただあの瞬間に亡くなったんじゃなくって、こういう思いをしてこんなことをしてしまって、すごくそれを後悔してて、世の中の人に分かってもらえて、赤木俊夫がまた生き返ったというか、認められるんじゃないかなと思う。ご視聴いただきましてありがとうございます。ここで、赤木雅子さんとですね LINE でつないで通話で会話をさせていただきたいと思います。今からかけます。そうか、これで聞こえるんですね。こんばんは。はい、こんばんは。聞こえますでしょうか。はい、司会の高橋でございます。はい。すみません、ご参加ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひちょっとお話を伺わせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それこそ映像も撮影取材も受けられたかと思うんですけども、取材を受けたりだとかお話をするだけでも、辛い気持ちというところもあるかと思うんですけども、やっぱりこれそれでも声を発して、今日もこの場でこう発信してくださるっていうのは、やはり真実を知りたいという強い気持ちがあるということですよね。そうですね。でも今の一番の悩みはホテルの部屋の暖房が全然効かないことなんですけどすいません、寒い中ちょっとお話しいただいて、申し訳ございません。いえいえ、真実が知りたいっていうことが一番なことと、あとはやっぱり夫はなかったことにされてるので、それを久保田君が部屋の映像とか撮ってくれたことで、夫が浮き上がってくるような感じがするっていうか、そういう、希望があります。それこそ本当に今なかったことっていうワードがありましたけども、忘れられないようにっていうところのやっぱ活動っていうところでエネルギーはあるんでしょうかね。そうですね。エネルギーはもう満ち満ちているというか、誰にも負けないエネルギーを持って今戦ってます。雅子さん、こんばんは。久保田です。こんばんは。はい、どうも。ありがとうございます。やっぱり普段僕もカメラを回していて、雅子さんよく、自分の身が本当削られていくようだって取材を受けることでどんどん身を削られていくっていうじゃないですか。はい、それだけ心身を削って、僕もそれを撮っている側なんですけど、はい、それでもそこまでメディアに出たり裁判をしたりするっていうのはやっぱりなんでなんでしょうか。もうさっきも言ったけど、夫のことを忘れられたくないっていうのが一番ですね。で、夫はなんでこんなことになったのか、改ざんしなきゃいけなかったのかっていうことを知りたいので、そのためやったら、私の、できる限りのことはしたいし、夫がさっきの様子見てもらったんですけど、辛い時、のことを思ったら、今辛いことなんてちっとも大したことじゃないので、夫のことをとにかく、今からでも助け出したいなって思ってます。それこそ俊夫さんは国のために誇りを持って働
働かれていたと思うんですね。はい、そんな中公文書の改ざんというところでそのプライドとかすごい大事なところを傷つけてしまって悩ませたり心を揺さぶられてしまったと思うんです。はい、その中でもやっぱりその敏夫さんの誠実さっていうのをやっぱ雅子さんとしてはどうしてもやっぱ伝えたいですよね。皆さんに忘れられるのではなくその誠実に戦ったんだっていうところはやっぱ伝えたいですよね。はい、さっき相沢さんが変人と普通の人の話されてましたけど、夫は確かに変人だけど変人扱いされるやってはいけないことをやってはいけないっていう人が変人になる世の中がおかしいと思うんですよね。そっちが普通でないといけないのに今逆転してる世の中だと思うので、私も今変人、今日も変人やって言われてきたんですけど、ある方に私がやってることは全然おかしなことじゃなくって、知りたいことを知りたいっていうことが変人じゃなくってまともなことやっていうことを伝えてもらいたいなと思います。もちろんでございます。あと雅子さんはよくやっぱメディアにすごく出ていて、なんか人からはよくかわいそうな人なんじゃないかって人だと思われるのがたまに辛いと言ってたと思うんですよね。でも結構雅子さんは、会うとすごく、当たり前のことなんですけど、人はどんな状況でも笑うし、怒るしっていうところだと思うんですけど、よく怒りますね。久保田君ともよくちょっと、うまくいかない時もあるんですけど、でもそれも私やし、笑ってるのも私やし、悲しんでるのも私やし、全部自分なので、でもやっぱりかわいそうな人っていう風にテレビはどうしても作り上げてくださるんですよ。でもそれも大事やと思うので、誰も否定はしたくないけど、自分は自分やなっていうのはずっと思ってます。なんか答えになってないけど。そんなことないです。それこそ今2本の映像も見させていただいておりますけども、この赤木さんの声を相沢さんが代弁じゃないですけど、一緒のなんて言うんでしょうね、第三者として声を発するというよりかは本当に一緒になって声を発しているっていう姿勢がすごい感じられたんですけども、この相沢さんとのこの信頼関係といいますか、声を委ねるっていうところの感情はやっぱりあるんでしょうかね。やっぱり夫のことを一番分かってくれてる記者の人は相沢さんかなと思っていますが、でも今だんだん徐々にたくさんの記者の人が取材今でもしてくださってるので、今は本当相沢さん以外の方もたくさん取材はしてくださってます。久保田君もそうやし、本当ありがたいなと思ってます。感謝してます。そうですね、本当に赤木さんの声をもちろん敏夫さんの誠実さを伝えたいと共感している方はたくさんいらっしゃると思いますし、雅子さんのことを思って寄り添って並走している、記者の方も本当にたくさんいらっしゃると思っております。でドキュメントももちろんその姿勢で今こうやってお話をさせていただいておりますので、少しでも力になるというとおこがましいかもしれませんが寄り添えればという気持ちがございます。ありがとうございます。僕からちょっと雅子さんに質問なんですけど、裁判とかメディアとかですごく頑張ってる雅子さんを見て、その敏夫さんはなんて言うと思いますか？そやね、まーちゃんよう頑張ってるねって褒めてくれてると思います私は毎日褒められてたんですよ、いつも毎日何やってもご飯作っても、掃除しても洗濯しても何しても褒められてて、だから今も褒めてくれてると思います。ありがとうございます。それこそ今本当に、会場もそうですしYouTube という形でたくさんの方の応援メッセージも届いております。
そうした方々にこう向けてこの場を借りてこう伝えたいことといいますか、発信したい、もう雅子さんの口から発信したいことがあれば、ぜひお伺いさせていただければと思います。とにかく正しいことを、自分が正しいと思うことをできない、特に夫のいた公務員っていう立場で国民の皆さんのために頑張って働いてるのに、夫は正しくない改ざんをしてしまったんですけど、夫は本当を言うと犯罪者なんですね。で、犯罪を犯してしまったんだけど、でもどうしてその犯罪を犯してしまったのか、今国はそれをなかったことにして黒塗りのものでごまかそうとしてるんですけど、私はそれをどうしても知りたいし、これを知ることでこれからこういう犯罪がなくなるというか、苦しむ人が減ると思うし、夫みたいにうつで苦しんでる人が今もたくさん世の中いると思うんですけど、そういう人の少しでも助けになれたらなって思うのと、今夫の上司とかたくさんの人が今でも苦しんでると思うので、その人たちが本当のことが喋れるような職場になるように何かなれたらなって思ってます。ありがとうございます。はい。それこそ相沢さんからも雅子様に向けてこの場を借りてお伝えすること等がありましたら。実はですね、忘れられないっていうか、忘れられた事件だったっていうのがすごくこの森友の場合はキーワードになるんですね。森友って実は2度忘れられてるんですよ。3年前の2月に最初こんなおかしな土地取引が行われてるっていうのが分かって国会で火がつきましたけど、あれがどうして消えていったかっていうと、籠池さんの補助金不正っていう全く別の話が突然大阪府が持ち出してきて、そっちの方を中心に検察の捜査も行われて、そっちの方にわーっと報道が流れて、ふと気がついたら籠池さんが起訴されたらもうそれで事件終わったみたいになってね、全然別の話なのに土地取引のおかしさの話消えてしまったんですよ。でこれでまず一遍忘れられた。で次に思い出されたのはその翌年の2018年3月、朝日新聞が公文書書き換えの疑いという特ダネを書いて、でこれで改ざんなんかしてたんだっていうことが分かって、これでまた火がつくわけですね。ただその中で5日後に赤木俊夫さんが命を絶つという事件が起きますけれども、でその時に近畿財務局の職員が赤木さんの家に来て、赤木を殺したのは朝日新聞やって言うわけですよ。でもその時に赤木さんはもうその瞬間に思ったそうです。殺したのはあなたたちでしょって。だって朝日新聞は改ざんの事実を書いた記事にしただけ、改ざんさせたのは誰って考えたら、それは近畿財務局財務省の上役たちだから、明らかに誰が殺したのかを考えればそれは明らかなんですね。でこれでいっぺん火がついたのにまた忘れられるんですよ。これはなぜかっていうとですね、赤木雅子さんが黙らされたからです。赤木俊夫さんが残した手記、そこに改ざんの経緯が書いてあります。これは当然世の中に明らかにしてほしいから書き残したんだって最初から分かってます。だけど財務省の人たち、近畿財務局の人たちがね、繰り返しやってきて、もう絶対にマスコミを近づいちゃダメだと、マスコミなんか怖いから絶対近づけちゃダメだと、で名指しでね、特に朝日新聞と週刊文春はダメだと、これは正しいですね。でなおかつ俊夫さんの手記いきなり見せてほしい、その時は手記という言葉で言ってませんけどね、遺書があったら見せてほしいって言ってね、亡くなった翌日にね弔問にやってきた人間がなんでね遺書見せてほしいって言うかって、もちろんそこにやばいこと書いてあるんじゃないかと思うからですね、現に書いてあったわけですけど、でとにかくそれはもう見せられませんって断られたら、とにかくこれはもう出しちゃいけない。だから赤木雅子さんをとにかく抑え込んじゃうわけですよ。恐怖でもってね、出したらとんでもないことになるから出しちゃダメだって言って抑え込みました。だから新しい情報が出てこないからマスコミもそのまま収束しました。でこれで2度忘れられたんですよ。でこのままずっと忘れられてて、3度目また思い出してもらえた。それが今年の3月18日の赤木雅子さんが公表した俊夫さんの手記全文公表と、それから国と佐川当時の理財局長相手の裁判を起こしたと。
これでまた火がついてね、で世の中手記全部読めばみんな分かるわけですよ。こんなことがあったのかと、なんでこんなことになったんだと、全ては佐川理財局長の指示だって書いてあるけども、まずはっきり書いてあると、じゃあ佐川さんこれ説明しなきゃダメだ、そして本当佐川さん自分の独断でこれやったのかというようなことを含めてね、全容解明しなきゃダメだってことでまた火がついて、でタイミング的にたまたまねコロナがちょうど広がり始めるタイミングだったので、なんでそんな時にっていうことはよく言われました。それはね両方から言われました。つまり安倍政権に批判的な人からは、こんな時に出したら目立たないじゃないかというような批判をされました。安倍政権を擁護する人からは、コロナで大変な時にこんなことで騒ぐんじゃないって言って批判されました。でもね、そもそもそれは政権是か非かを軸に考えるからそうなるんですよ。そんなこと関係ないんですから。真実はいつだって明らかにすべきじゃないですか。そしてその真実を明らかにするのはもちろんこの式を公表するっていう手段ですけども、そう簡単じゃなかったわけですよ。夫敏夫さんが亡くなってから財務局から散々圧力かけられて、怖くて悩んでどうしようってずっと悩み続けて2年経ってね、結局財務局の人たちは自分に誠意ある答えをしてくれない、絶対に真相を説明してくれないって分かって、もう裁判を起こすしかない。裁判を起こすんだったらこの式も当然証拠として出すしかない。だったらそれは世の中に公表するしかない。あとはいつかっていうタイミングが今年の3月7日が敏夫さんの3回忌です。それから3月末には雅子さんと敏夫さん2人の誕生日があってね、3月はいつも2人の誕生日をお祝いしてたそうです、一緒にね。だから3月ってすごい大事な月なんですよ。だからその3月に提訴したいっていうのがあったんですね。だからそれがはっきり言えばたまたまそこにコロナが重なっただけであって、別にコロナなんか全然関係ないですから、最初からね。っていうかコロナの対策するからこの問題を調べることはできないなんてことはありえないわけですし、だからそういう意味では3月の提訴には意味があったわけだし、そして2年経って雅子さんが決断してくれたおかげでやっと世の中をもう一遍3度目思い出してくれたんですよ。そしてそれを式を見てみんながね、こんなのきちんと調査しなきゃダメじゃないかっていうんで、再調査の署名に35万人署名が集まったんです。チェンジ.orgっていうキャンペーンサイトでやりましたけど、これもチェンジ.orgの主催者がびっくりしちゃって、こんなに集まったことないわけです。日本新記録なんです。それでその35万人の署名を、首相官邸に持ってきました。こんだけの人が再調査に賛同してるんですから再調査してくださいって言った時に何と言ったか、当時の安倍首相も麻生財務大臣も、調査は尽くした、新事実はない、再調査はしない、もうこれだけです。何回問われてもずっとこれを繰り返してるし、そして安倍さんが辞めて菅首相になって菅さんも同じことを聞かれて同じことを言ってます。でもこれ本当ですかね。そもそもね、新事実はないって言い切ってますけど、これまず嘘ですよね。だって真実ありますもん。敏夫さんの式には固有名詞入りでいっぱい詳しく書いてあります。財務省の調査報告書にはそんなこと書いてありません。もうそこ見ただけでも新事実はあるわけですね。新事実はないっていうことは嘘なんだけど、権力者が新事実はないって言い続けると、その元を知らない人、敏夫さんの式とか財務省の調査報告書を見てない人は、首相がそう言うんならそうなんだろうと、真実はないんだろう、じゃあ再調査なんかしなくていいじゃんってこうなっちゃうわけですよ。つまり忘れさせることはね、権力者にとってとても都合のいいことなんです。権力者にとって都合の悪いことが浮上した時に一番いいのは忘れてもらうこと。そうだって忘れてくれたらなかったことにできますから。彼らはね、この森友はすごいなかったことにしたいんです。今赤木さん、雅子さんは改ざんの真相を解明してほしいって言ってる。改ざんの真相を解明すると、改ざんは一体何のためやったのってことになってくる。改ざんした書類は全部森友との土地取引の文書です。そしたら土地取引におかしなことがなければ改ざんする必要ないじゃないですか。じゃあ土地取引におかしなことあるんだろう、なんでそんなおかしな取引したんだって話になっていって、ここが権力にとって一番やばいところなわけですよ。だって森友学園の小学校の名誉校長安倍昭恵さんだったんですもん。それを公文書に全部書いてあったんだ。それを消してるんですもん、改ざんで。だから権力者はそこが嫌だから、安倍首相が国会で私は妻が関与してたら総理大臣も国会議員も辞めるって言っちゃったもんだから、あれはね、安倍さんのポカだと思います。私がって言っときゃよかったんです。私が関与してたら辞める、
私か妻がって言っちゃって、あなた妻のことよく分かってるんですかと。いや、どんな夫婦でもそうですけどね、妻に確認もせずに妻が関与したらやめるって、それダメでしょ。で、どういうふうに関与したかどうかは別にして、名誉控除であることは事実なんですから、それはともかくとして、結局そうやって権力は何が何でもこれをなかったことにしたいから忘れさせようとして、で今まで籠池さんの詐欺事件っていうものを持ち出したり、それから赤木雅子さんに圧力をかけて黙らせたりして忘れさせてきたんだけど、今回はその赤木さんが勇気を持って立ち上がっちゃったもんだから、どうするかって言ったら、いやだから真事実はないから知らないっていう、そう言い張るしかないわけですよ。彼らはまた同じ手口で嘘ついてなかったことにしようとしてるわけです。で、なかったことにしようとしてる人に騙される人もいっぱいいるわけです。だったら僕らっていうか、つまり報道する側、記者の仕事としてはね、それはあったことはあったと言い続けるしかないし、なかったことにしようとしてる人たちに対してさらなる真事実を突きつけてね、あんたら結局こういうことがあるからね、一生懸命なかったって言ってるんでしょっていうものを突きつけていかなきゃいけない。そしてそれはね、私一人では足りません。さっき私が赤木さん降臨して書いてるってビデオの中で言ってました。あれは確かにそういう部分はありました。でもそれはね、ビデオを収録してるのは、あれは多分今年の夏7月か8月ぐらいのことだと思います。でもね、その頃からね、他のマスコミの人たちがどんどん取材するようになってきてるんで、さっき赤木さん自身がおっしゃってましたけど、他のマスコミの記者の中でも心ある人たちがどんどん赤木さんを取材し始めてます。そしたらね、そっちの方がよっぽど大きなパワーになるわけですよ。一人が言うよりも多くが言った方がいい、多くのマスコミが書いた方がいい、ね、もっとはっきり言えば朝日新聞が書くより産経新聞が書いた方がいいんです。その意味は分かりますよね。関西でいうと朝日放送が放送するより関西テレビ、これ富士系列ですが放送した方がいいでしょ、ね、だからそういう意味では本当にね、いろんなマスコミの人が入ってきてくれるのがよくて、で現に今大阪ではそのカンテレとか産経の人たちがね、赤木雅子さんに取材に来てくれてるから、だから変わってきてるんですよ、潮目がね。そういう意味ではいっぱいこう報道してもらって、でそういうふうに報道してもらったらね、もう私に赤木さんが降臨する必要はないわけですよ。ということでそのステージは変わってきてますんで、これからはところがね、例えばね、関西テレビが赤木さんを取材したと、で独自の素材を出してニュースにしましたと、で富士系列だからフジテレビに送るわけですよ。富士はこれをね、全国ネットに採用しないんです。だから関西の人は知ってるけど、他の地域の人は、東京の人もそうですけど知らないっていうことが起きるわけですね。で例えば産経新聞とか読売新聞でもそうですよ。大阪本社版では載ってます。でも東京本社版には載りませんっていうことが起きるわけですよね。だからなかなか東京にいるとそれは分からないと思いますけど、僕は今かなり積極的にそういうカンテレさんがこんな放送してるとか、読売とか産経がこんな記事書いてるっていうのを書くようにしてますんで、皆さんそれを見かけた時にこれを富士やってないだろうと、ね、産経の東京本社載せてないだろうと思ったら言ってください、マスコミに、フジテレビに。なんで大阪の関西テレビがこんないいニュースやってんのに、なんでお前のとこ全国放送しないんだと、おかしいだろうって、忖度してんのかって言って怒ってやってくださいね。産経新聞、読売新聞の東京本社にもね、お前んとこの大阪本社こんないい記事書いてるじゃないかと、なんでそれ載せないんだと、もっと全国の読者に知らせろというふうに怒ってあげてください。そういうことで動き、そしたらね、それはね、大阪で頑張ってる記者の応援になるんですよ、間違いなく。だからみんなで声を上げて、そういうふうに志持ってね、取材して報道しようとしてくれてる記者たちを応援してあげてほしいなと思います。どうもありがとうございます。ではさっき変人って言って赤木さんに怒られましたけど、会場の変人の皆様ぜひ声を上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと変人ネットワークで皆さんに伝えてほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後に赤木さんからもこの会場、そして YouTube をご覧の皆様に最後に一言思いの丈を伝えていただけますでしょうか。はい、おしゃべりな相沢さんが全部おっしゃってくださったのでもう十分です。ありがとうございます。本当に忘れてほしくないという言葉がありましたけども、我々も真相を知りたいですし、
相沢さんがおっしゃってたように我々もアクションできること積極的に協力させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご参加ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。相沢さんもありがとうございます。改めて相沢さんと赤木さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。コメント欄でも、相沢さんそして赤木さんへの共感の拍手が、多数寄せられております。ありがとうございました。そうですね。了解です。ありがとうございます。次が最後の登壇になりますが、お食事、そしてドリンクですね、最後のオーダーになりますので、今もしオーダーする方がいらっしゃいましたら取りに行っていただければと思います。食事、お酒を楽しみながら最後までドキュメメント2020ですね、楽しんでいただければと思います。昨日からですね始まりましたドキュメメント 2020Day1、そして本日が Day2 でございますけども、次の登壇が最後でございます。本当に会場の温かい共感の拍手ももちろんですが、YouTube のご覧の皆様のコメント、登壇者にも届いております。本当に力強いサポートでございます。ありがとうございます。続いてが最後の登壇になりますので、もう少々お待ちください。それでは最後の準備が整いましたので、最後の登壇移りたいと思います。映像のご紹介をさせていただきます。コロナ禍に困窮者たちはサポートを受けられず助けを求めていました。その SOS に向き合い続け、当事者と並走し続けている方々がいらっしゃいます。どのようなアクションを起こしているのかご覧いただきましょう。優しくない社会を生き抜くために。ネットカフェのネカフェ難民のネットから調べて、今所持金がもうなくて、仕事もなくて携帯も止まってるんで助けてくださいみたいな、なんかそんな感じで言ったらすぐに返事が来て。もしもし、SOS が来ていて、要するにもう携帯みんな止まってるんですよ。市川付近で車中泊の男性150円しかないと。はい、明日の12時半に道の駅市川に行きますと。お金がない時はもう車で生活したりとか、3月の初めあたりからもうふつふつと減ってって、それで今はもう本当に何入れても、派遣の仕事入れても何でもキャンセルばっかりになって、ネカフェもどんどん休業してって、もう本当にどん底に陥ってる状況ですかね。黒ですか？はい。黒ですか？黒で、全面です。来ないで、来ないですいませんと。あれさ、こっちはあるか？はい、あります。で、上着とあるの？これ上着あるよね。それでいいよね。で、とりあえず使うのと、1万2000円と、虫食べてないから、その5000円、一応2万円渡した。それでね、ほらガソリンがもうほとんどないから。で、ガソリン若干入れて、ゴミ捨てて2万円返して。そう。それ瀬戸って言うけどね。瀬戸ね。これさ、はいな。チェックインが用意だから、ゆっくりご飯食べちゃって。はい。本当に助かってます。もう、ここまで、ホテルまで用意してもらって、寝るスタンまで用意してもらってるっていうのは本当嬉しくて。
ば5日間あったとしたら5日間のうち3日以上この感じだった。昨日も昨日やってる。昨日だけやってない。あ、昨日やった。昨日江東区行ってる。その前の日が前の日だ。その前の日がまた都内。じゃあね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。自分の責任なんですかね。もうちょっと長い見通しで、例えば半年1年ぐらいにどんな状態になってたらいいなと思いますか？そういうのはちょっとないっていうか、なんだっけ、なんか給付金で10万円支給するとかなんとかってやってるんですけど、あれって自分たちももらえるのかなっていうのもどうなのかわかんないんですけど、住所がないから渡せませんとかなったら、やっぱりさすがにちょっと自分たちは10万あるかないかでだいぶ変わるんで。聞こえてますか？はいはい、 OK です。この間のその現状報告と問題提起もしてほしいと。労働相談の方がこの間でまた増えて、累計で1200件はいってるかなと。土曜日は新宿で食料品の配布もやってるので、それ1回120、30人ぐらいの方が来ます。無料定額宿泊所とか、コロナ対策がほとんど全くできていません。ネットカフェが休業になってしまって、かなりもう路上に押し出されているという状況です。自治体の生活保護の窓口、そして生活困窮者自立支援制度の窓口ともに相談者が殺到していて、対応ができないと。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、僕が危惧してるのは、今のその政府がこの層については切り捨ててもいいんだっていうふうになるんじゃないかとかです。はいはい。で彼女の場合は、フリーランス電気が5月5日から止まるから、それが、2万円ぐらい本当に来てくれたみたいな感じになってるから、そんなことが世の中であるんですかみたいな感じになったから泣いてたよね。貧困っていうのはなんていうかな、優しくない社会の結果じゃないかな。だって優しくないからこうなったんじゃないの。東日本大震災で、仕事がなくなって、ちっちゃい時はもう貧しかったんで、今まで車の中でも生活とか全然してたんで、ただ自分がしたくないのはやっぱり路上生活まではしたくないかなと。ちっちゃい時から友達いなかったんで、そこまで孤独を感じ、お金がなかった時に孤独を感じたかなっていうところですかね。僕ら自身がやっぱり見えてきたのは、死にたくないけど死んじゃうということなんですね。生きていたいけど死んじゃうと、そういうことをやっぱりね、当事者たちが言います。次の集会の時に僕はもう会えないかもしれない。何を言ってるかというと、その支援崩壊というか、もっと我々自身も本当にこの支援の枠を広げていかないと倒れてしまうなというふうに思っています。なんで僕らが民間で基金を集めて、その現地に行って、とりあえず今日ね、泊まってくださいと、今日とりあえず飯を食べてくださいとやんなきゃいけないんでしょうか。役所に行って、今日お金がないと言ったときに、今日のね、食べるお金を渡していただけるような実際がまたおかしいじゃないですか。僕ら自身はやり続けますけど、非常にやっぱり限界があると思います。
これだよね。ここ。そうだよね。木がね、茂っちゃったね。毎年ね、この日にはずっと来ようかなというふうに思ってるんで、ね、だからここでほらロープを引っ掛けて、その時にやっぱそういうサインがさ読み取れなかった。その原発事故でまあね、家族との分断というか、その避難することに対して、ね、ご主人が反対をしていて、で彼女自身が、そういうね子供たちを守っていくために2012年8月にねこっちに出てきて、でその時からずっとね働き続けていたから、だからやっぱり今回のね、まあコロナ災害の問題で大量にねそういうふうに路頭に迷う人がいて、路頭に迷うっていうことで言うとそのキーワード1個で、それをやらざるを得ないというかさ、っていうかすごいよね。だから現実がね、もしもし、その女性っていうのは年代わかりますか？20代で何かその困難事故ってありますか？で僕はそれは絶対助けなきゃいけないと思ってるんだけど、死んじゃうから。ご視聴いただきましてありがとうございました。会場には、映像にも登場しておりました反貧困ネットワーク事務局長の瀬戸さん、そしてディレクターの松井さんに、ご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。はい、今日は瀬戸さんに来ていただいて本当に光栄に思ってます。ここに来る前も六本木で SOS の連絡があって行ってらしたということなんですけども、僕は本当にこのドキュミームを始めるきっかけがやっぱり瀬戸さんのこの支援にあったんですね。先ほど見ていただいた映像の中で、撮っていた日ですね、日が、瀬戸さんと初めてお会いした日です。これはNHK の番組で、中川さんという方が、コロナ禍を撮るということで僕はカメラマンとして参加しました。でその時にやっぱりSOS 支援というものに初めて見てみて、どんなものなんだろう見ていくうちにすごく衝撃的だったのが、瀬戸さんが困窮している方によって感じでいくんですよね。どう元気みたいな、お風呂入ってるって言ってましたけど、すごくなんか親戚のおっちゃんみたいな感じで、それにすごく安心している困窮者の方がそう語ってくれるんですよね。あの人はこっち側だっていう言い方を僕にしてましたけども、そういうことが瞬間的に起こる、これはどういうことなんだろうっていうことがすごく衝撃だったんですよね。でそれで帰ってからどうしようかな、僕は自分の仕事がドキュメンタリーなんだけれども、今こうやって悩んでる瞬間にも瀬戸さんはあちこち行ってんだよなっていうことがずっと頭にあって、それでやっぱり問われたというか、お前は時代にちゃんと応えて動けるのかっていうことを、もちろんそんなこと瀬戸さんは言いませんけども、僕は瀬戸さんの支援から問われて、ドキュミも始めました。はい、なんで今日はですね、この映像をだいぶ前の4月の後半から撮り始めた映像になりますけれども、そこから現在までのSOS の最前線でコロナ禍の日本を見てきた瀬戸さんが、どんな変化が
あったのかなということをまずお聞きしたいと思います。マイク入ってますかね。入ってるね。お疲れ様でございます。僕も結構今日疲れていてですね、実は昼からずっと茨城の方にいて、茨城の土浦かな、その仮放免で出されているその50代の男性が、僕もほら脳内出血で1回倒れてるんだけど、同じ脳内出血状態で半身麻痺の状態なんだけども、もういるところがないと。で、日本人が助けてるんじゃなくて、同じそのイランのその仲間たちがその家に泊めてあげていて、その仲間も仮放免なんですよね。それで、もうこれ以上具体的にやっぱりね、その財政的に厳しいと、自分も仮放免だと、そういうことがあって、具体的に何かしなきゃいけないということでね、急遽茨城に行ってました。で、なんとかね、経営団地の方に入れるようにちょっとしていきたいなという感じで、その対応していて、いや、その後やっぱり仮眠してから行こうかなと思ったら、六本木から SOS があって、六本木の SOS は320円かな。31歳の男性で、その建築の関係でですね、1ヶ月前にその仕事の首を切られて、2週間、ネットカフェと、公園、そこで暮らしていると。で、彼自身は荷物何にもなかったんですよね。ネカフェで全部荷物を盗まれて、免許証もないし、そのキャッシュカードもないし、すべて失っていると。で、来週の火曜日に、来週とあさってね、あさっての火曜日にその生活保護の申請動向をして、アパート転宅に向けてやろうと。で、まあ、今そういう話をしていて、ずっとこの9ヶ月間ですね、ずっとそういう形の状態です。だから状態としては、何もやっぱり変わっていないかなというふうに思っています。で、この間でいうと、やっぱりこの間昨日もね NHK でやっていて、数日前にも黒源でねやっていましたけども、本当にこの1ヶ月間で極端に女性からの SOS で 80% 以上が20代10代です。その4月の頃とは違って、いろんな層の人たちが具体的に SOS を上げてると、そういうちょっと状態ですね。で、どうしても僕の映像って金配ってるんですよね。で、TBS の時も金配っていて、金配りおじさん化しちゃってるんで、実は違っていて、なんていうかな、実際その SOS が来て、具体的にあそこでアセスメントをやってるんですね。今日も六本木であって、大体40分間ぐらいやってます。それでどうやってその生活についてね、今後進めていくかってことについて話をして、次の行動を決めて、でその時終わって、例えば今日の彼で言うと2日後に生活保護の申請動向に行って、その後そのアパート転宅、そこまで具体的にずっとやるんで、大体その1人にそのかかる日数が大体4日間ぐらい、4日か5日間ぐらいね、普通にやっぱりかかると。それを大体僕1人で250人やってるんでね、かける4日やれば1000日になっちゃうわけですよ。それを何人も何人も1日あたりでやると、そういう人の日々が続いてますね。そしたらこう一時金としてただ単に渡しているわけではなく、これ次の次のステップの足がかりっていうところの、例えば生活保護の申請だったりだとか、その住む場所の提供までのここまでの期間っていうところの道筋を示してあげるみたいなイメージですよね。いや、実は僕にもですね、ドキュミームをやり始めてから何かこう今困窮している人っていうなんていうかな、シグナルがこう少し感度が上がって、あ、この人やばいなとか、そういうことが少しずつ感じられるようになってきたんですよね。で、実は何回か撮影とはほとんど関係なく瀬戸さんに連絡をして、今こういう人いるんだけどということで来てくださいって言うと、本当に3時間ぐらいで来てくれて、で一緒に相談に乗ってくれたりっていうことがありました。で、なんか自分の中でちょっと自分がこう少し瀬戸化しているというか、こうちょっとこうなんていうかな、
僕もなんかこう酔ってやりたいんですよね。そういう人のところに行って親戚のおじさんみたいにどうよっていうことをやりたいなと思って、これはなんか撮影につながるつながらないと特に関係ないんですけど、そういうなんていうかな、僕は瀬戸さんの活動を見てるとどういう事情であるにせよね、今この人が死ぬかもしれないんだっていうことがあるじゃないですか。なんかそこに対しての命への無条件の肯定っていうかな、これが一番大事なんだよ、生きるってことが一番なんだっていう、そこを一番感じるんですよね。こういうイベントすごく難しく喋るんだよね。でなんていうかな、やっぱり単純に所持金が例えば100円しかないとかね、そういう状態になった時に今日その公園でね寝るだろうと、で明日死んじゃうかもしれないと、そうした時に行くしかないでしょとね、僕はそれだけ実はね。でそういうふうに思っていて、そのことを積み重ねていくしかないと。それでね、今日その基金の話があったんだけど、今役所ってどんなにお金がなくても絶対ねそのお金についてはその日にねお金が出ないわけですよ。でその日に何も食べれないということに対してどうやって向き合うのか、その政治もそうだし自治体もそうだし、そのことについてやっぱりね非常にどういうふうになるだろうということについての想像力、その問題についてやっぱり僕自身はちょっと考えているんです。だから大体夜9時半ぐらいにそのメールが来て、でそうした時に大体その所持金を見るわけですよ。今日生きていけるなっていうふうになったら明日やるんだけども、今日も生きていけないと。先ほどね女の子たちが今増えていて、もう所持金がそういう状態の時にそれはもうねできませんっていう話にはちょっとならないなと。そのことを4月ぐらいに始めていて、今こういう状態になっていると。でやっぱりその想像力だと思うんですよね。どういうふうにその彼女とか彼が今日その公園で寝てるのか。実際女の子たちは寝ていませんよね。歩き続けてると。そういうことだと思いますよね。ありがとうございます。それこそ今想像力っていう言葉ありましたけども、なかなかこの4月とかのコロナ禍って余裕がある人っていうのがなかなかいなくて、どうなるかも分からない、自分ってなっていて、他者に対して関心がそもそもなく、自分が良ければいいっていうところで、なかなかこう他者を思いやって、この人今日どうなってしまうんだろうとか、ましてやその人のために今自分が動くっていう行動まで移すっていうのはなかなかできている人も少ないと思っているんですけども、そこの実行力に即時に移すっていうところのこの思いっていう、さっき言った通りです。そんな堅苦しいものではなく、やっぱそのシンプルにこの人が今日どうなってしまうんだろうっていうところですよね。そうやっぱり今日ね自分自身が行かなかったら死んじゃうとかね。で僕自身毎朝本当に夢を見てんだけど、もう本当にその夢の中でこの人のところに行かないから死んじゃったとかね、そういうの夢が毎日毎日見ていて、先ほど最後のところにその原発避難者のお母さんが亡くなられたというねそのシーンがあったんだけど、実は僕自身がその支援してきてるその原発避難の母子避難のお母さんを一回死なせてしまってるんですよ、そういう意味で。でその彼女のことがあってやっぱり非常にねそのこと自身で絶対ねそのことについては繰り返してはいけないと。でその彼女自身が、要するにその苦しいと死にたいと言った時期があって、その時に十分やっぱり駆けつけることはできなかったんですよ、ね、そのことが非常に今でも記憶にあって、そのこと自身はねその原発事故のその彼女の自殺以降ね自分自身がなぜかね決めてるのかなという感じはしますよね。それこそ映像の最後にも今助けに行くしかないと、そうじゃなきゃもしかしたら死んでしまうかもしれないっていう、やっぱそこのが行動するしないじゃなくてするしかないっていうところの選択肢になるっていうことです。以前インタビューした時に瀬戸さんがこう支援に行くのは何かこう
僕が聞いたのは使命感なんじゃないか、だから全然そんなことないっていうふうにおっしゃったんですよね。で同時に言ったのがいや支援に行こうか行く前か悩んで本当に嫌だったら俺行かないよっていう。ただやっぱり行きたい行って自分がそれにやりがいを感じたりこういう言い方するとあれですけど楽しいんだよっていう言い方をなさってたんですよね。俺は背広を着てる人たちと一緒にいるより毎回こうやって SOS で出会う人たちと一緒にいる方が性に合ってるっていう言い方をなさってたんですよね。瀬戸さんにとって支援で出会う人たちの関係っていうのはどういったものなんですかね。だから楽しいっていう言い方はおかしいんだけど、やっぱり現地に行って会うじゃないですか。でやっぱり死にたくなくても死んじゃうという話があったんだけど、行くことによっていや生きててよかったですというなるわけですよ、相手がね。いやストレスを出してよかったですと。その時にやっぱりね、今日行ってよかったと、そのことだと思うんだね、単純的にね。でやっぱりこういうふうに来てくれるとみんな誰も思ってないわけですよ。突然ね、変なおっちゃんがね登場してね、元気みたいな形で登場して、そうした時にやっぱり随分救われている人たちですね、心が救われた、そういうような実感というかね、そういうやっぱり触れ合いというかね、そういうこと自身が毎日の日々なのかなというふうに思っていて、それだけ、だからそのこと自身が実は後で出てくるかもしれないんだけども、このこと自身は実は役所とか自治体ができない話でも何でもないですよ。ね。そのことも思いますよね。でやっぱりみんな一人ぼっちでいて、で出会う人のほとんどがやっぱり友達がいなくて、で僕自身はさっきね、嫌とかねいろいろやるじゃないですか。そうした時になるべく役所的にやらないんですよね。でなんていうかな、気軽に話せる状態に持っていって話をすると。でほら、生活保護の申請する時にいろいろやっぱり聞かなきゃいけないんですよ。借金がいくらあるとかね、いろんな話があって、そうした時に支援の時にその時にお金を渡すわけじゃなくて、その後が長いから、その信頼関係をどれだけ30分40分の間の中で作るか、そういう時のやっぱり関係性作りの中でそのコミュニケーションの取り方を考えるとかね、そういう感じですよね。最初にポケットに小銭しか持ってない方が、その後どうなっていくかっていうことは僕はちょっとフィルムの中では触れられなかったんですけども、うまくいけば段階的にどんな風な段階でいわゆる立ち直っていくんでしょうか。ほとんどアパート電卓でやってます。ただ通常はアパート電卓で終わりたいなというふうに思っていたんです。っていうのはだって支援していて200何十人300人400人になるとそれは大変なことになりますよ。だけども今度のちょっと土曜日にね、そういうイベントを初めてやるんだけども、アパート転宅した後に今回のコロナでいうと以前の生活保護をね利用してその後仕事する、そういう道筋があるんだけども、僕らが支援してきているその人たちの8割以上が実はね、今の段階でも仕事がないんですよ。5月ぐらいにアパートに転宅した若い子が具体的に11月になっても仕事が見つからないと。でどうなってるかというと、新たなね孤独孤立で何もすることないから部屋の中でずっと悶々としてるわけですよ。そういう状況が今頻発していて、今度の土曜日にそういうねお仕事の仕事作り、仕事起こしネットワークの会ということをね初めて立ち上げるんですね。そうした時に出てきたのが今まで一人で生きてきたじゃないですか。だけども話がしたいということをみんな言い出してるんですよ。
で特に女の子ね、女性ね。それで自分たちその苦しい思いしてきた思いを持っている私とね、一緒に瀬戸が支援してきたその別のね、その、ね、方がいて、その人同士で話がしたいと、そういうことが、ね、最近分かったんですよ。今までほら支援ってその役所に行っても一人一人がその個人情報が厳しくて絶対合わせない、そういうことがやっぱりその支援のテーゼだったんだけど、この間ちょっと話してみるとみんなその何回かそういう場があったんです。雨宮かりんさんが来てね、一緒にその取材するとかあるから、そうした時に楽しそうにそのみんなで会話してるんですよ。なんでお前どこでさ瀬戸さんと会ったのとかね、所持金いくらだったのとかね、どこクビになったのとかね、そういう話をしだすんですよ。でこの間会った時にどの精神安定剤が一番いいかなとかね、そういう話も含めてやってるんだけど、やっぱりそういうようなその当事者同士のやっぱりネットワーク作り、それをやっぱりやんなきゃいけないなというふうに今ねすごく感じていて、そのことを始めようと。だから要するにその個別に支援するだけじゃなくて、その本当にその苦しい思いした一人一人が横でつながり合う、そのことができればいいかなというふうに思うんです。そのことはね、裏を返せば本当に一人一人のやっぱり孤立がしんどい、で支援してきた人たちと話すよりも苦しみを持った人たち同士が会話をする、そのことの大事さ、そこが今一番ね大きな課題になっているかなというふうに思います。その経済的困窮というところ以外にもその孤立っていう部分で不安を強く感じている状況がやっぱあるっていうことですね。はい、今思い出したのがこの最初に会った日にですね、おられたネカフェ難民として瀬戸さん駆けつけたあの人はですね、その後も僕はインタビューしていたわけなんですけど、やっぱり生まれた時から貧乏だった、で、友達もずっといなかった、で友達がいた状態がないからもう欲しいとも思わないし、その人といて嬉しいとかそういうことも思わないんです。で自分にはネットカフェが清潔でいい場所なんですと。だからそれ以上の暮らしを別にしたいとも思わなかったんですっていうことを言ったんですよね。で僕はやっぱりそれを聞いた時に何て言うかな、僕はやっぱり人間の基本的な幸せだったりとかやっぱり人と会って話したりつながったりすることの喜びってやっぱりどんなに辛くてもやっぱあると思うし、それを飢えてるっていう状態なら分かるんですよ。ずっと派遣労働で切られてそれに飢えてるんですっていうんだったら理解できるんですけど、最初から飢えとかそういうことがないんだっていうことにすごくショックだったんですよね。やっぱりこの孤立を生んだものは何なんだろうっていうことをやっぱりずっと考えることになって、彼がもう一つ言ったのは自分のせいだと思うっていう、自分の責任なんですかねっていうことを言ったんですよね。こんなに深くある意味底辺の人に自己責任論っていうのが深く染み込んでるんだっていうこと、やっぱりこの社会が何十年もかけてこういう人を生んでしまったんじゃないかっていうふうに僕はその時感じたんですよね。なんかそれをやっぱり瀬戸さんが優しくない社会っていうふうに呼んでいたと思うんですけども、この優しくない社会でこれから生きていかざるを得ない人がいるわけですよね。そのためにどうしていけばいいんでしょうか。生き抜いていくためにはどうすればいいんでしょうか。すごいですね、質問がね。疲れちゃった。それでね、すいません。この会話をやっぱり10時ぐらいにやるというのはすごいよな。で今ほら結局今の話ってすごくよく分かって、生き方を知らないというかさ、結局僕今ね土曜日に週のお仕事のね交流会があって事前のアンケートを取ってるんですね。で自分自身はどういう仕事をしていて今後どういう仕事をつきたいかというふうにアンケートが入ってるんですよ。で今まで清掃の仕事をしていて、
で次はどういう仕事したいって言った時に清掃の仕事になってるんですとかね。でみんなその似たようなパターンですよ。でそうした時に聞いてみるとやっぱりそういうようなそのなんていうかな、自分自身が清掃であれ建築であれ物流であれそういうやっぱ仕事しかやっぱしてきたことがないと。でそういうそのなんていうかな、その仕事のやっぱ選択肢とか生き方の選択肢をもともとやっぱり持てなかった。でそういう人たちがやっぱり大半なんですよね。それで松井さんともこの間ね数日前にお会いした、今日見てるのかな、で話していて思うのは、例えばその女性がいて、で多くの今日どこまで言っていいのか分かんないんだけども、その子のことじゃなくて一般的にねいろんな何人か出会っていて、その性風俗のやっぱり仕事をしている子たちと池袋周辺で何人も会ってるんですよ。でそうした時に自分自身がやっぱり昼間ねその企業にいていろんな辛い思いをした。そうした時に自分自身が救われるところがそこのねそういう産業のところのお店しかなかったと。でそこで生きていくんだと。そうした時に僕自身はやっぱりねそういうそのところっていろいろブラックなところもあるからいろんな話をするじゃないですか。だけどもそこで生きていくこと自身が自分自身のやっぱりね唯一のその心の中のちっちゃな解放なんだと、そういうふうになるわけですよ。でそうした時にその別の世界もあるとか別の社会もあるよということについて具体的に想像させてあげられない、そのこと自身は非常にやっぱり深刻だなとですよね。だから大体ねその後アパート転宅やって仕事をしてる子で派遣で働いてる子はね結局最後は派遣に戻ってくるんですよ。大体そうです、ね、そうした時に僕らの社会っていうのはもっといろんなね広い意味でのいろんな社会があるのに、なぜそういうその社会について、ね、広がりをねなんていうかな作ることについて想像を持てるような社会をね作れなかったんだろうということについては非常に感じますよね。でみんな戻ってきますよ、そこは非常に僕自身はこの間やっていて驚く。本を書くとかそういうことじゃなくて自分の実感として、だから本当になんていうかな、多分松井さんも分かると思うんだけど、本当になんていうかな、こんなことで楽しかったんだとかね、そういう話はあんまり僕は彼らだけは聞かないんだよね。ずっと楽しくなかったんだと、ね、そのことはもう本当にこの間の経験で痛感をしている。ね、そういった意味ではこの自己責任っていう言葉で片付けるんじゃなく、こう第三者であったりだとかこの横のつながりというかコミュニティ居場所を作ってあげるっていう言葉が適切ではないと思うんですけど、新しい居場所とか新しい選択肢っていうのをやっぱ必要としているっていうことなんですか。あれじゃないかな、彼らがさ生きてる社会の中で思うのはね、さっき変人の話があったじゃないですか、はい、で変人とかダメでいいんだとかいろいろあるよね言葉がね。でそういうこと自身もそういう話をねするとニコッとするんだよね。ニコッとするので、ダメでいいじゃんとかね、で変人でいいじゃんっていうさ、そのこと自身はねもっともっと要するにほら決められた社会の中で自己責任っていうのは決められたルールがあって、自己責任で生きること自身がこの世の中の中で一つのやっぱりねベースになっていて、そこがやっぱりこぼれ落ちていくことに対して容認しないってことじゃないですか。でそのことのやっぱりその逆の世界をやっぱりね見せていくってこと自身が非常に大事かなと、と思うんだよね。だから僕ら自身ってほら結構その彼らと連絡を取るじゃないですか。だいたい昼間寝てるんだよ。ね、それでいやそういうことに対して怒るんじゃなくてほとんど約束破られてるからね。そうした時にそのことについてゆっくりお付き合いながらね、それでもいいけどさっていう話をしながら一歩一歩なんていうかな付き合っていくっていうかさ、そういうことってやっぱり非常に大事で、もうこの社会自身がやっぱり窮屈すぎちゃってね、そう感じませんか。
で大体このメンバーってそういう意味で言うと真面目じゃなくてダメ系の人たちの集まりですよ。2日間通じてずっと言われ続けてる。ダメでいいじゃんっていうことはなんでそのこと自身はやっぱりしっかり見せないとさダメじゃんっていう感じ、そう思うよ。で大体さ俺大体今日夜9時半に呼ばないでほしいなと思った。すいません。やっぱり大鳥でやってもらわないとと思って。だから本当にそういう意味で言うとさそのなんていうかな笑わないとかさそういうことってあるじゃん。これ驚いちゃうの。なんででやっぱりその本当に申し訳ないというふうに僕と会うと申し訳ないという感じになってなんでそんなに頭下げなくていいのになというふうにやっぱ思うよね。やっぱりこう自分のせいじゃないかとかいや僕が招いた結果だからって思ってる人っていうのはまあ多くいると思うんですよね。特例ではなくそういった方々に向けてこう最後なんかメッセージじゃないですけどだからダメでいいじゃんって俺言ってたのよ。そうですね、ただねいやそれでいいと思うんだけどやっぱりねこの社会がねやっぱりね今日こういう中途半端になっちゃってるからなんだけど僕は外国人の問題やってるじゃないですか。で外国人たちが今公的支援を受けられなくてその仮放免の人だとかそういう人たちとも付き合ってるのね。そうした時にやっぱりその差別の問題とか排除の問題がすごくあってそのことがあってね思うのは今日やっぱりイランの人と会って思ったのはねお金がないのになんか支え合っちゃってるわけよ。ね、そうした時にいやそのダメでもいいしそのお金がなくてもいいけどもさみんなでさねやっぱり助け合っていこうぜっていうねそういう社会がやっぱりあるからこそそういうことのやっぱり市民の動きがあるからこそね政治を変える力になると思うわけで僕ら自身やっぱり日常がそういうふうになっていかないとやっぱり社会変えられないなと思う。だって渋谷の事件あったじゃないですか。渋谷の女性が、でそうした時に何人かねやっぱり声かけをしてると思ったんだけど本当にねそうした時にああいう事件があった時に思うのは本当にさなんていうかな何人かの人たちは声かけしてたらしいんだけど本当になんていうかな僕だったら本当にもうそこで出会っていたら結構最後は力ずくでやったと思う、ね、要するに話をしてで何回も話してねそうした時にそういうことをやっぱりみんながやっぱりやれるようなやっぱり状況を作りたいなと思う。じゃないと本当にこれ変わらないと思う。でやっぱりなんていうかなこの間ずっと支援活動に入っていて思うのはやっぱり友達いっぱい作りたいよねとかねそういうことっていうかやっぱり楽しく生きてほしいな少しはねそのことをやっぱり願ってるんだよね。やっぱりそこが一番大事かな。ちょっと疲れててすいません。すいません。本当に疲れて本当にね疲れて。改めて本当に瀬戸さんのその想像力そこから来るこの実行力じゃないですけど。こんなもんでいいんですか。そこで多分自分では何ができるんだろうとか行政のことを批判するだけじゃなくて自分には何ができるんだろうとか。でも行政ダメよ。もちろんですそうです。だからさっき言ってたけど本当に政府とか行政は全くダメですよ。本来そこができることも今あるはずなのにっていうところはあるんですけどやっぱ行政がダメだからっていうところで言葉片付けるんじゃなくやっぱ自分でも何ができるんだろうって、行政がダメだったらその行政がダメな時に国やそのね行政の責任だけしていてもしょうがないわけであって自分たちでやるしかないんですよ。だけどもその国よく渡辺君に怒られてるんですね。ポステの渡辺君にはいつも怒られてるんですよ。そうなんですか。助け合いばっかりしてんじゃなくて瀬戸さんも戦ってくれとで俺だって戦ってるよと思ってね本当に。でも助け合うことをやってそこでね毎日一人で死んじゃったらいけないわけですよ。そうですね。それをやりながらその問題の生きるとか死ぬの問題をしっかりねその現場の事実として突きつけるしかないですよというふうに思います。はい。ありがとうございます。もう少し体調がいい時読んでないすみません遅くにありがとうございました。瀬戸さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。
ただいまの登壇をもちまして、ドキュメメント2日間にわたりまして、お送りしましたが、ドキュメメント2020閉園でございます。ありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。2日間にわたりましてですね、本当にコロナというね、本当初めての体験でこうみんなが困惑する中、やっぱ自分になってしまって他者を思いやる気持ちとかがなかなか足りていない中、こういったアクションができて、いろんな人の声に耳を傾けることができて、皆様にも何か伝わるものがあればと思っております。本当に2日間最後にありがとうございました。松井さんからも最後一言ございますか？大丈夫ですか？それではね、本当に、昨日も、お伝えさせていただきましたが、ドキュメメントの開催は本当に皆様のサポートがあって実現することができております。最後に協賛企業、紹介させていただきたいと思います。協賛は、東京ドックス様、そして東京ビデオセンター様、女性としてアーツカウンシル東京様、協力は、旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会の皆様、演奏およびデザインはサムワンズガーデン様、上映設備は鈴木映画様、配信はバオバブデザインカンパニー様のサポートがございました。そして、ご来場いただいた皆様も誠にありがとうございました。そして YouTube を視聴のご覧の皆様も2日間ありがとうございました。コメントの方も大変勇気づけられております。コメントはね、本当に特に当事者の方々も、感動していただいております。なかなかこう声を発する場がなかったりだとか、埋もれてしまう声に対してこういった形で共感をしていただけることに当事者の皆様も非常に喜んでおりました。2日間ありがとうございます。また毎年1年に1回とは言わず、こういった場で皆様の声に耳を傾けていきたいと思います。引き続きドキュメメント応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この中でですね、やっぱり一番は、当事者に耳を傾けに行った、ディレクターの方々の、行動力というところに私自身非常に感銘を受けました。ディレクターの皆様にも最後大きな拍手をいただけたらと思います。ありがとうございました。